お邪魔します。大変なことになってます。圧巻の光景。上から下まで全て備蓄10年保存水が大量。よくコンビニって言われます。コンビニの在庫よりありそう。そして上もいっぱいサランラップ敷いてますね。そしてすごい、ここが大量のエルメス部屋。上にもぎっしりオレンジ全部出します。もう食器も全部出します。見えるのにみんな全部見えるって人に見えてないんですよ、これ実は。これをみんなめんどくさがるから選ぶんです。泥棒に入られた時に段ボールで隠して押し入れの奥に入れておけばわからないかなと思って、こういうとこ見るとすごい不安症なんですよね。空き巣に入られたら地震が起きたらっていう、もうあらゆるトラブル不安を想定しながら生きてるから、まあそれは生きづらいと思うし。すごい煙が出てた。煙ですか？危な。はじめまして、ルルと申します。54歳で49歳の夫、ミツと2人暮らしをしています。で、将来的には自宅も車も売却して、夫婦で利便性の良い 1LDK の賃貸マンションで手軽な暮らしができるように少しずつシフトしていければなと思ってます。こんな感じで手放していきます。僕こんなにエルメスの箱一気に捨てること人生でもうないだろうな。捨てるのはもったいないので、妹を譲るのなしにします。もうこの思考でいくと絶対片付かないです。すごい。ということで、今日一日でこんだけ不要品がいっぱい出てますが。はい、ということで、3日目です。最終日、頑張りましょう。ついに備蓄に手をつけていきます。全部出します。言葉が出ないですね。特に人間って不安な時に買うんですよ。ネガティブなそういう地震がありましたとか、殺人がありました、交通事故がありましたって後に商品の CM 入れると、人間不安になってる状態だから買っちゃうっていう。うわー、どんどん積み上がる不要品たち。じゃ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 ん。おー、綺麗。完成しました。全部。すごいじゃん。ということで、この部屋お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで今日も物を減らしていくんですけども、今回ミニマリスト渋の YouTube 史上一番ナンバーワンの備蓄の量を誇る方のご自宅に行ってきます。ということで今回はルルさん54歳の女性の方 2LDK の一軒家にお住まいで、早速申し込み動機を読ませていただきたいと思います。YouTube で渋さんを知り応募させていただきました。夫婦2人で子供はいません。ゴールデンレトリバーがいます。夫49歳、私54歳です。2LDK 一軒家で部屋自体は片付いており、一見すると綺麗です。ただ実際に暮らしている部屋は6畳のキッチンダイニングのみで、あとは寝るだけです。ですが私が強すぎるこだわりがあり、備蓄の量がものすごいです。トイレットペーパーやティッシュ、マスク、ウェットティッシュ、備蓄食品などが山のように5年分くらいはあります。それも幼少期から向きや位置がミリ単位でちょっとでもずれると耐えられないくらい強いこだわりがあります。昔集めたミニチュアコレクションやブランドの空箱やブランド品も全く使わないのにどうしても処分できません。また父が残してくれた真偽不明の骨董品もすごい数があり、きれいに整えていますが処分できません。ソファーも購入したのに2回も座ってないものや空の家具も多いです。それでも渋さんに影響されてミニマリストになりたく、メルカリや粗大ごみで処分した方だと思います。子供もいないのでいずれは家も売却して 1LDK 賃貸マンションに引っ越したいのですが、全てにおいてこだわりが強くてどうしようもありません。今年から収納や備蓄の YouTube を始めてからは一段とひどくなっています。 YouTube ではいかにも防災について備蓄について語っている自分にも嫌気がさしています。私も散財のせいで50代こなしの割に貯金額も30代並みです。ブランド品も売ってお金にしたいですが決心がつきません。購入しても一度も使っていないものばかりです。持っているのが安心みたいな感じです。病気並みに心配性で備蓄品がどんどん増えてきます。お部屋の片付けというよりは部屋はきれいに整っている状態からのスタートですが、渋さんに大量のものを手放す決意を手伝ってもらいたいです。よろしくお願いします。ということで、とにかく備蓄がたくさんですごいことになってるみたいなので、早速ご自宅に片付けに行きたいと思いますが、その前にお知らせがあります。最近ミニマリスト支部の公式 LINE をリニューアルしまして、今まで一緒に片付けた人たちのその後減らして1年後どうなったかとか追跡調査をする動画もどんどん追加しているこの公式 LINE なんですけども、他にも無料登録で13個のプレゼントがあります。 YouTube 未公開視聴者お片付け動画5本、コーチングで減らし終えた人との対談動画30本、手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト思考が深まる渋の言葉50選、スマホが片付く壁紙&アプリアイコン画像150個セット、生活費がわかるミニマムライフコスト計算シート、 AI の支部に相談できる AI ミニマリスト支部など、これ全部無料です。
そしてこの特典予告なく配布終了することがありますというか、過去にも何度も配布終了してきたので、本当に今すぐお早めに登録を概要欄下からお願いします。ということで動画本編にどうぞ。おはようございます。はじめまして、ミニマリスト支部です。よろしくお願いします。ということで、この度YouTube の方も申し込んでいただいてありがとうございます。はいちょっと前向きに出演の方もご検討いただければとは思ってるんですけども、せっかくなので、今、ズーム越しにちょっと、お部屋の方を少し見させていただきたいです。備蓄が大量にあるところがここになります。下が結構詰まってますね。これが全部備蓄でうすん。エルメスの空箱ばっかりがザラーっとあって。お時間いただいてありがとうございました。ちょっありがととうございま一す。緒に頑張って減らしましょう。はい。よろしくお願いいたします。お邪魔します。はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。ということで、今回お邪魔しますのは、こちらの、じゃじゃん、ルルさん夫妻になりまして、すげえ中庭綺麗っていうので、さっきワンちゃんもちらっと来ましたけども、お二人暮らしで素敵なお家に来た。ちなみにワンちゃんの名前はダリアです。ダリアちゃん。はい。すごい大型犬、犬種が。ボランティアで預かってるんですけれども、はい。犬種はゴールデンレトリバーになります。早速なんですけども、ここで生活されてるお二人にちょっと片付け前のルームツアーをさせていただきたいと思います。はい、ということで、まずですね、お片付け前、玄関がこんな風になっておりまして、すごい素敵な中庭と、ダリアちゃんが脱走しないためのケージと、その手前にペット用品が置いてあって、ここに靴がありますけども、こちらが玄関。素敵な植物だったり、アートが飾ってあったり、鏡があったり、で、反対から見ると、こんな形で、こちらにドアがありますが、こちらは本当はクローゼットなんですけれども、今はちょっと備蓄部屋みたいになって、すごいことになっています。すごい、もう初っ端からいきなりびっくりな物量が出てきて、床の奥底までヘルメットしかり防災用品が固まってて、上から下までぎっちりきちんと整理収納もされてあって、こう引き出しで出せるようにとか、まあ食品、これ皿うどんかな、贅沢な備蓄があったり、ここにあと靴があったり、まあなので玄関のこことこっちに靴があって2つに分かれてるっていうような状況ですね。他にあったりします？靴2階に私の靴があります。ほらルルさんのがまだあったりっていうので、本来であれば多分ここ靴箱だと思うんですけど、もう結構備蓄空間になってるっていう。そうですね。まあ、あとなんかあそこに素敵なカゴとかでちゃんと分類はされてあるから、まあ、整理収納はすごい綺麗ですね。あとあそこに野菜ジュースがあったり、水分補給するものがあったり、あとはここに傘があったりとかですね。ちなみにここ以外にも防災用品ってどっか備えたりしますか？あります。まだありますね。まだすごいことになってます。すごいことになってるそうなので、ちょっとそのまんまじゃあ続きを見させていただこうかなと思います。失礼します。という感じの玄関から今スリッパいただきまして、逆側すごい素敵な中庭が緑も置いてあって、そのまんま左に行くとこっちがダイニングキッチンがあって、ダリアちゃんが日向ぼっこされていますが、床に物が散らばっててとかはないんですけども、すごい大きな収納がありますね。めちゃくちゃここもなんか、それこそ上とかは空いてるし、ぎゅうぎゅうに物が詰まってるわけではなく、ちゃんとここにレシピ本があったり、お薬があったりとか、使うものが置いてあるかなという感じはしますが、ただちょっと床にこういうカゴ置きのものがあったりとか、めちゃくちゃ綺麗でもないっていうのが率直な感想ですし、ルルさんご自身もそう思ってご依頼してくれたと思うので、もうちょっと減らしたいですね。そうですね。あとここがちょっともうごちゃごちゃしてます。そう、ここが一番問題ですね。冷蔵庫がこことそっちにも実は2つあるのと、こっちですね、問題は。こっちの素敵な収納棚にこんな感じで雑多に物が入ってるっていう感じですかね。メイク用品、お薬だったり、文房具だったり、あとあっちにプラモデルあるな。ガンプラっぽいのがあるけど、そういった趣味のものを含めていろいろ入ってますね。あと収納棚の上にはパソコンだったり、ちっちゃいテレビとレコーダーとかを、あそこにもガンダムがいますね。初代ガンダムかな、あれは。っていうのでいろいろ置いてあります。ガンダムはどちらの趣味でしょうか？旦那さんですね。という感じで、ここからも中庭が見えるという素敵なキッチンになってて、そっちにも扉がありますね。こちらも失礼しますが、いきなりちょっとこれやってください。これなんて読むんだ？なんて読むの？小園の選手。本当だ。カープが。これどちら
ルルさん。あ、旦那さんですこれも。はいなるほど。じゃあ野球とガンプラが好き。そうですね。もう常にこれを洗面所で使うお手拭きタオルみたいな。そうですね。いきなり名前で言ってたら推しのアイドルかなんかかと思って野球選手ですね、でそのまんまこっちに素敵な洗面所がありまして、例えば上に収納はあるんですけどここ置いてないので、ここは素晴らしいですね。だいたいみんなこういうところに物をどんどん置いてそうでっていうすね。意識的に置かないようにされてるのは感じますが、そのまま横を見るとここがはい私の下着とかそういうもので、上がちょっとごちゃごちゃしてます。そうですね。ここに、下着や肌着、部屋にもあるかな。あとタオルがあるのはすごい動線的に。ちょっと多すぎかなと。そうですね。タオルに関しては真っ先に僕も減らしていいところかな。特にお二人暮らしだし、洗濯機もあるから、頻度的に言うとね、あんだけなくなることはないと思うんで、そこはちょっと早速減らす余地がある場所かなと思いますが、特段散らかってるとかもないんですけど、少なくもないっていうところで、ここもちょっと減らしていきたいですし、こっちにそのままスラムダンクとゴルゴ13しかも何が面白いって実は26巻30巻24巻っていうなんかお気に入りの巻なのかなみたいな。この263024って並びはなんか思い入れがある巻ですか？思い入れがあったのかもしれない。なるほどなるほど。聞いてる感じは特に規則性はなさそう。なんとなくあるって感じだと思うんですけど。とかがお風呂場横に置いてあって、あとここにタオルと部屋で、これ部屋着か。パジャマとかが置いてあるっていう。ここは旦那さんのものですね、全部。なるほど。この棚がもうそのまんま旦那さんのコーナーになってるっていうところですね。はい。この上の棚は、はい犬のシャンプーで、はいじゃあ私のものです。ちょっと一部じゃあルルさんのものもはい入ってるコーナーにはいなりますじゃあちょっとここら辺も汚い。そうですね。で、ここにちょっとね、突っ張り棒で収納を増やしていたりとか、収納結構広いんですけど、またここに収納が付け足されてあるっていうのと、また床にいろいろと物は置いてあるというはい。状況でそのす。ジムに行く一式なんですけど、はい。これもすごく邪魔で置き場所がないんですよね。そうですね。ここも置き場所がないのと、そのまんま床に、これは床下収納ですかね。ここにはもう何も入れてないです。了解です。ちょっと一応はい見てもいいですか。一応チェックしますが、空です。この床下収納はね、極力入れない方がいいです。やっぱ使いづらいし。という感じの水回りになっておりました。で、また廊下に戻りまして、こっちがお手洗いですね。はい。失礼します。お手洗いすごくすっきり、めちゃくちゃ綺麗、もう理想の状態ですね。素敵な植物が映えております。ここはもう特に文句の言いようがありません。とても美しい。そのままこっちですね。こちらのお部屋が、はい。なんかいろいろお茶をですねご用意していただいて、ここはなんか客間みたいな感じですか？これは、はい今日のためにここ何度から出したんですけど、はい。いつもは犬が遊ぶ部屋とか、うんうんうん。旦那さんがここで犬と一緒にはい。寝ますので、ワンちゃんのためのスペース、大きなページ柵があったりとか、旦那さんがここで寝たりする空間でもあるっていう、結構いろんな用途で使われてそうなお部屋ですね。ここはそこまで物は多くないですね。これがはい。階段下ですね。ああ、そっか、そこに階段がありますが、こっちにいっぱいプラモデルあるんで、ちょっと後で突っ込みますけど、先にこっち行きます。ここに階段下の収納があって、ワンちゃんのペットフード用のお皿だったりとか、ここのコード類だったり、庭の手入れアイテムだったり、布団乾燥機かなとかもろもろ。ただ意外と奥の方に結構詰まってますね、あっち。よく見ると、キューピーコアドリンクがいっぱい。ここも備蓄なのかストックとか、もろもろが結構ここは入っております。そして扉を開けてすぐ左のところにもまた素敵な観葉植物とワンちゃんのこれはミニチュアみたいのがありますね。ダリアみたいなゴールデンレトリバーかな。ワンちゃんと植物が好きというのが分かりますね。という感じでここはワンちゃんが広々生活されてる空間で、そのまんまこちらがじゃじゃじゃん。ちなみにここはもう旦那さんのスペース。そうですね。ここですね、ちょうど階段もあってその横にデスクがあるという感じで、デスクが結構コンパクトですね。見てもらっての通り多分横幅がほんと6070とか結構コンパクトで、ここにお仕事用のパソコンとかですか。そうですね。なのでここで結構お仕事されることが多かったり、デスクトップパソコンではなくこのノートパソコンをディスプレイに投影してキーボードとマウスがあったり、
あとこっちに普段使ってる細々とした文房具だったり仕事関係の書類があったりなどなどですね。下はシンプルにゴミ箱と配線があるだけですが、決して綺麗ではないですね。めちゃくちゃごちゃついてるとかもないし、コンパクトだからちょっとぎゅうぎゅうになってるのあると思うんですが、決して綺麗ではないのと、そのまま後ろにはですね服がありまして、特にここにね結構服がそのまんま脱ぎ散らかってたり、大量の空の紙袋がかかっていたりとか、あとネクタイとかもかかってるんですけど、でもこれオールシーズン旦那さんの全ての服ではないですよね。私の服も少しだけかかってます。ここにルルさんのも入ってるのか。この冬物は、ルルさんのものも入ってたり、だからここはなんか出かける前に取り出しやすいからっていうので、ルルさんの服もあったりするんですけど、僕だったらもう玄関の防災部屋2つてて、僕だったらそこに吊るしますね。そうですよね。本来であれば、出かける前にこれを着たいのであれば、ここまで取り来るのめんどくさいと思うし、っていうのはありますが、ここはお二人のものが一時置き場としてあるって感じかな。ネクタイもほとんど使ってないんじゃないですかね。使ってないですね。だからもう僕に片付けの依頼はしてるので、なんとなくこれはいらないみたいな目星はあると思うんですけど、実際あそこにちょっと使ってないネクタイがあったり、さっき広島の選手カイトさんの通りがありましたけど、ここにカーブ好きなのが見えますね。でそのまんまここです。じゃじゃん、大量のガンプラ。しかも大体世代が分かりますね、見てると。ファーストガンダムからゼータとかそこら辺の世代のガンダムが好きなのかなっていうのがあるんですけど、これはもう旦那さんのそうですね。ガンプラが好きってことです。そうですね。僕もガンダムは好きなんで、ちょうど僕もお父さんが今56とかなんですけど、父親がガンダム好きだったので、まさにファーストガンダムからゼータガンダムぐらいまでを一緒になんか見たりして、映画館見に行ったりとか、ちょうど僕も思い入れがある世代ではあるんですけど、多分僕のお父さんとも年代近いから結構趣味は近そうなっていうので、ここにガンプラがいっぱいあります。ちなみにこの中で特に好きなモビルスーツありますか？ジオングですかね。ジオングここにありますが、一番でかい気がする最近のこれ G カックスですよね。僕も好きなんで、結構最新のガンダムとかも一部ちょこっと置いてありますね。あとはそのまんま上に漫画があったり、ここにも一部ガンプラがあったりはしますが、もろもろ本だったり、よく見るとスラムダンクかけたやつがここにあったりしますね。でここはもう旦那さんの趣味の棚という感じで、あとルーターがあったり、また多分仕事関連の書類もあるんですけども、ここはすごい綺麗に趣味のものがディスプレイされてあっていいなと思うんですけど、ちょっと上の部分とかもうちょい片付けできるところあるなと思いますね。続きまして2階に行きます。ここにも植物があったり、すごい動物のアートが首から上がありますね。羊とウサギ、このウサギ結構怖いそしてここにも植物とじゃ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 ん、ここがちょっとすごいことになってます。ということでここが2階なんですけども、ここが物が多いとのことなので行かせていただきます。もうただの物置部屋ですかね。せっかくの和室が物で埋まっちゃってます。ここもマスクがいっぱいあったり、コロナ禍の名残でしょうか、大量のマスク、すごいハイパーブロックマスク、めっちゃ強そうなマスクが大量に積んであったり、こっちわお、本当だ上から大量のトイレットペーパーと、そしてティッシュと、まだここにもマスクと、しかも贅沢潤いマスクみたいないいマスク、これ結構高いんじゃないですかこれっていうので、ここもいっぱい備蓄がありまして、ここにもあと Wi-Fi ルーターが多分2階用が置いてあったり、そのまんま下はカセットコンロなどなど、ここは備蓄部屋だけど、備蓄部屋としてしっかり備えてるってよりは、単純なめんどくさくなって積まれてるただの空の段ボールがあったり、ガラクタ部屋になってるっていうのがありますね。ここはもうやればすぐ減らせるとこだと思うので、ちょっと頑張って片付けましょう。でそのまんまこっち外見ると、なんと階段がありまして、これ3階があるってことですか？そうですね。屋上は特に物あるとかないですよね。物
は植木鉢ぐらいかな。3階のベランダ屋上があるってことは説明しておくんですけど、特にめっちゃ物が多いとかはないので片付けたりはしないんですけども、まあそれくらい家が広いっていうことですね。ちょっと見える範囲だけ見せますけど、ここからしか入れないですよね、この階段。ってことはまあベランダ行こうと思ったらここを絶対通過するわけなので、ベランダ行くためにこのゴミ部屋って呼びますけど、ここ通過しないといけない。ちょっと気分は良くはないですよね。ちょっとね、ここもちゃんと期限に通過できるように片せていきましょう。という感じの和室になっていて、抜けたすぐ先にも扉がありまして、こちらはトイレですかね。そうです。じゃあちょっと失礼します。じゃ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 ん。まあトイレははい相変わらず綺麗なので特に言うことないです。でトイレを抜けてそのまんまこっちが、まあ、ここもリビングになるのかな。すごい贅沢なホール、廊下ですね。まあ広いホール付き廊下というか、素敵なソファーと鏡と撮影用の三脚かなとか贅沢な空間がありまして、すごいなんか木目のおしゃれな家具がテーブルだったり引き出しだったり。ちなみにここはどういったものが入ってますか？ここははい。何も入ってないです。こういうの。あーなるほど、リモコンだけ入ってて中身空ですね。こっちは空です。よかった、ここも物がぎゅうぎゅうに詰まってるとかではなくて安心したんですけど、収納として見たらもったいないけど、どっちかと上に物を置いてディスプレイするための、まあ、飾り台になってるというような感じですし、ちなみにこちらはルルさんの趣味ですか？そうです。こういうなんかまあ、結構観葉植物だったりとか木のぬくもりがあるものが好きっていうようなはい。感じかな。素敵な家具ですけど、どちらで買われたんですか？これはメルカリです。あ、メルカリで買ったんですね。すごい。メルカリで調べて、すごいいい買い物されてますね。まあ、他にもですね、実は廊下のこっち側にもこういう海外で買った飾り物とかも買ってね、置いてあったり。はい。もうまだ出会って10分ぐらいなんですけど、だいぶ懐かれてます。じゃあそのまんまこっちですね。こちらのホールを抜けて、じゃあそのまんまこちらがですね。おー、というので僕の目に見えてるのはこちらになります。素敵な家族写真と、まあ、一部アウターがかかってたりっていうのですごい奥行きのある、まあ、ウォークインクローゼットといっぱい引き出しがあります。で入ってすぐ左にはですね、こちらこれはメルカリで売る用品。あ、そうですね。今はちょっとあまりやってないですけど、まあ、メルカリ頑張ってた時の頑張ってる、はい。梱包資材がいっぱいまとまってますね。ヒューパケットだったり、あと椅子のカバーとか、あと大量の、クッションが使ってないクッション。うんうん、割と雑多にもう上から下まで、押し入れから押し入れをビチっこにしちゃったもんですから、はいもう使ってないはい、布団とかです。うんうん、そのまんまこっちですね。こっちがクローゼットですね。はい。失礼します。このクローゼット絶妙ですね。なんか真ん中に仕切りがあるからちっちゃいパイプハンガーが3つあるみたいな感じで、ここに旦那さんのスーツだったりシャツなど、まあお仕事用のものがあるのかな。はい。ここのクローゼットってスーツ屋さんとかにあるようなお店でしか見たことない感じの区切り方をされて、まあこういうのがすごいおしゃれと思って多分マイホーム作る時にお願いしたって感じですよね。多分。うんうん、すごい贅沢な空間というかですね、なかなかこれまあ大体アパレルとかお店用にはあったりするけど、これが好きで多分自分の自宅に作ろうっていうので、旦那さんがこういう風にデザインしたのかなと思いますが。で、あと奥の方もこんな形で服が置いてあるんですけども、まあめちゃくちゃ多くはないかな。これが全てだったら。まあここに服が畳んであったり、カゴ入れしてあったり、このクローゼットの後ろにもタンスがあるんですけども、これちょっと失礼しますね。はい、ここハンカチが置いてあったり、こっちも、まあ靴下。靴下だったり、ここ旦那さんのですよね。私あ、ここそうなんだ。旦那さんのですよ。混ざってるんですね。混ざってるんですね、めちゃくちゃに。なるほどなるほど。なんかこう旦那さんの服があったから旦那さんゾーンかと思ったら全然使ってないものがいっぱい。ここはなんか、はい、手袋だったり、これはルルさんのやつ。はい。あ、結構二人のもでの混も使って在してますね。ないですね。という感じのクローゼットになっておりまして、そのまんま寝室抜けるとダリアがまた床でペターンと寝そべってて、どこでもリラックスしますねこの犬というので、そのまんま、素敵な寝室、お二人のものがベッドそれぞれあって、真ん中にサイドテーブルがあったりして、キャンドルだったり、これもキャンプとか防災用で使われるランタンがあったり、それも壊れてるっぽいです。ベタベタして。壊れてる上に確
確かにベタベタしてるわっていうのでなるほど、なんかすごい丁寧に生活されて使ってるように見えて壊れてたり実はベタベタしてるっていうあとここにルルさんが使ってるハンドクリームとかお薬も置いてあってっていうので、パッと見はすごい素敵な寝室だからいいと思うんですけど、問題はこっちかな。寝室にもう2つ目のクローゼットがあって、ここもウォークインクローゼットでなんと広いですというので、まず1個目こちら、この靴も、はいなんかちょっと通販で買って履けなかったのとかがもうそのまま置いてある感じです。とかもろもろ上から通販で買って履いてない靴だったり、ブランド物のカバンだったり、カゴのカバンだったり、アートだったり、ここにも素敵なアンティークのチェストがあるんですけども、ここにネックレスしかりアクセサリー類がすごい素敵にディスプレイされてあって、ここにもワンちゃんだったりクマなどやっぱ動物全般が好きなのかな。ここはすごいセンスよくいろいろ置かれてますね。なんか海外のハンドクリームのパッケージだったり、なんかこれはむしろこの動画を見てる方にも、こういうインテリア素敵みたいに思ってる人はすごいいそうな。そのまま隣もですね、素敵にサングラスだったり、ブローチだったり、いろいろ綺麗にディスプレイはされてはいるのですが、上にそのまんま服が。そうですね。ちょっと着てないのだったり混ざってる感じです。なるほど、着てないものが混ざってたり、ここだけ見るとなんか本当に素敵なアパレル屋さんみたいな、しかもなんか可愛いピンクのカーテンがあったりっていうので、素敵な空間だとは思うんですけども、使ってないものが多くて悩んでるっていうところですね。でそのまんま後ろこんな形で奥行きが深いウォークインクローゼットがあって、まずここにまたハンガーラックがあって、カバンが飾ってあったりとか、あとここに服が何点かかかってますね。そして下にもまた畳んであったりっていうので、結構あっちこっちに服が割と畳んであったり吊るしてあったりっていうのは垣間見えますね。すごい広いです。奥こっちにも素敵なお人形さんがいっぱい、海外とかで見るやつ、こういうなんていうのかな、海外のアンティークな家具とか人形が好きっていう感じですよね。そうなんですね。小さい時からルルさんの小さい頃からの趣味で、ここもすごいです。大量にコレクションがあってですね、こういうのをメルカリとかで買っていくみたいな感じですか？でも、結構売りました。結構売って、今こんな形で棚2つに収まってはいるけど、もっとあったんですね。はい。こちらになんか何の人形っていうのか、作家さんのミニチュアベアみたいな。クマのミニチュアだったり、こういったものが好きでいっぱい買い揃えてきたっていう感じですね。そしてこっちにもまたいっぱい吊るしてありますが、ここはクリスマス関連のものがあったり、クリスマスも好きですか？はい、好きですね。だいぶ減らしました。ちょいちょいクリスマス系のものもあって、で今撮影日が11月ということで、クリスマスが近いということで、街中歩くと今もうねイルミネーションがあったり、これからクリスマスですけど、テンション上がりますか？そうですね。いいですね。クリスマス大好きなルルさんなんですけども、その前にじゃじゃん、ここに大量の戸棚。こちらも旦那さんと同じようにクローゼットが壁で仕切られてるタイプですね。ここもなんかぎゅうぎゅう詰めではないんですけど、でもなんか着てないのとかはあります、ね。着てない服もあるし、見てて美しくはないですね、正直。なんか物はいいクローゼットなんだけど、そうハンガーですからね。そうハンガーが正直言うとなんかすごいこんだけ素敵な空間なのにハンガーが安っぽいというのが一つあるかな。お金のかけどころで言うとクリーニング屋のハンガーをそのまま使ってる感じです。そうですね。なんかこれのせいですごい安っぽく見えますね。1本あたりね100円とか、もろもろ多分数千円で簡単に直せるとこだから、僕だったらまずハンガー買えるかなってちょっとありますね。明らかにお部屋に対してハンガーのクオリティが合ってないっていうところと、あとクリーニング屋さんに行ってそのまま袋かけたままっていう、これ外すだけでも多分もうすぐスッキリはすると思いますし、あと奥の方にも服はかかっていて、でここもそしてすごい、ここが大量のエルメス部屋実はここだけじゃなくて上にもぎっしりオレンジエルメスの全部空箱です。中には一切入っておりません。すごい、僕人生でこんなにエルメスの箱もう見ることないだろうなっていうくらい、もうどこ見てもエルメスの箱でいっぱい。エルメスのお店開きますねこれっていうくらい大量のエルメスがこのクローゼット、てかもうクローゼットの半分ぐらいエルメスに使ってますもんね。贅沢な空間ですね。でこれめちゃくちゃ大きいエルメスの箱があるんですけども、梱包材しか入ってなくて空です。中身は何も入っておりません。あとシャネルの箱が1個だけありましたけども、
という感じで見てもらったの通り、もうどこを見てもオレンジの箱でいっぱいなんですけども、なんでここまでエルメスの箱を取ってあるのか、ちょっとお聞きしたいです。いやーなんか昔からの憧れで、うんうん。オレンジのボックスがあるだけでうんうん。心ときめくので、はい。うんうん。空箱なんですけど、はい。飾ってあるだけでテンションが上がるっていうか。すごい。確かにね、もうここまでいっぱい綺麗に、しかも同じ形のもので重ねてあったりとか、綺麗にディスプレイされてあって、コレクターの方からするとたまらない空間だと思うんですけども、まあいろんなブランドあると思うんですけど、特にエルメスが好き。そうですね。ね今はもうそんな使わないですけども。まあ本当にエルメス好きな方なんだなと思って、単純なハイブランド好きな方だったらなんか、ここになんかわかんないですけど、ティファニーとかさっき言ったシャネルとか多分いろんな箱置くと思うんですけど、全部エルメスなので、これはこれでなんかもう本当に価値観が出てるなと思って。本当ですか。まあ素敵な空間ではあるのは間違いないんですけども、という感じでまあこういうシャネルいっぱいの空間に住まわれてるルルさんのお部屋なんですけども、ちょうどここでルームツアーも終わりなので、ちょっと改めてここからなぜこういうお部屋に暮らしてるのかとか、エルメスしかり、まあアンティークの家具やミニチュアしかり、ルルさんパッと見はすごいこうミニマリストと真逆、むしろマキシマリスト寄りの生活が好きそうだし、なんで真逆のミニマリストの僕にこう依頼したのかっていうとこ含めちょっといろいろ気になってるので、このまま自己紹介に移りたいと思います。ということでお部屋を紹介させていただきありがとうございました。ありがとうございました。はじめまして。はじめましてということで、大丈夫です。すいません。はい、ということで今お部屋を見させていただいてたんですけども、お友達が今回お片付け協力してくれるということで、お友達のフーさんです。プーさんです。はい、お願いします。お願いします。ちなみにお二人はどういうご関係というか、例えば学生時代の友達になられた経緯みたいな。高校時代のからの同級生です。だいぶ長く知られて。だいぶ長く知ってます。今回なんか結構ゴミ出ししたりとか、結構大型家具も減らしたいということはおっしゃってるので、ちょっとそういうところいろいろご協力いただけると助かるので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで片付け前のルームツアーをさせていただきまして、ここからルルさんとミツさんに、自己紹介だったりとか、あとなんで申し込んだのか、今抱えている悩みと物を減らしてどんな生活をしたいのかをお伺いしたいと思います。はい、じゃあ順々にまずルルさん自己紹介をお願いします。はい、はじめましてルルと申します。54歳で49歳の夫ミツと2人暮らしをしています。2LDK の一軒家に住んでいます。一昨年までは長年会社員をしておりましたが、退職後は再就職にも有利っていうことで YouTube の編集の勉強も兼ねて、動画編集のちょっと学びたかったものですから、それで私自身も今年の2月から備蓄をしてたものですから、YouTube をやるんだったら備蓄がいいかなと思って、防災系の YouTube を細々と始めたところです。ルルさんもちゃんとご丁寧にもうメモも作っていただいて、それを読みながらのお話になるんですけども、なので今お二人暮らしをされていて、これから話してもらう悩みにも通ずると思うんですけど、見た感じ率直にも二人暮らしに対して家めっちゃ広いなっていうところ、ゆえに物が増えてしまう、収納できちゃうっていうところだったり、備蓄がいっぱいあるので、ちょっとその件の話もお伺いしようと思います。続きまして二つ目、なぜ申し込んだのか、今抱えている悩みをお伺いしたいです。40代後半から心配性になりまして、特にコロナ禍下で世界中がパンデミックに陥って以降は備蓄が欠かせなくなってしまい、昔からあとは希少で散在して購入すると満足してしまい、物に対する執着も全くなかったんですけれども、50代に近づくにつれて物が手放せなくなり、備蓄に対しても1年ほど揃えないと安心できない精神状態になってしまいました。でそれでも渋さんに憧れて家具や洋服や雑貨類の半分以上は処分して、備蓄も家族に分けるなどして減らしてきたつもりではあります。なるほど。もう備蓄がなんで1年分ぐらいあったりとか、特にコロナ禍によって物が増えたってことで言うと大量のマスクがあったりもしましたけど、多分これルルさんのライフスタイルってもう本当にミニマリストと真逆、さっきマキシマリストっていうキーワードも使いましたけど、と同時におそらくプレッパーって言われるような生き方と近いのかなと思ってて、プレッパーって聞いたことありますか？
はい、なんとなく。備える人たちっていう意味合いで、実際にこれ、海外とかでちゃんと使われてる言葉です。ライフスタイルの一つとしてあって、まあ、サバイバリストとか言ったりすることなんですけど、結構そのプレッパーっていうのが、要は、まあ、それこそコロナ禍とかそういう強行が来た時に備えて、とにかくたくさんもう備蓄はあればあるほどいいっていう価値観で、まあ、それこそイメージ地下室とかを作ったりして、そこにもう食料さっき言った1年分とか、もう多い人だとそれをもうなんか、数年とか10年とか、もうとにかくあればあるほどいいっていう価値観のもとどんどん備蓄を増やしていくっていうのは、どんな強行が来たりしてもサバイバルできるようにっていう価値観にちょっと近いのかなっていう現状が。その結果多分1年分積もり積もってきたけども、もちろん別にそういう生き方があるのも否定はしないし、むしろね、それこそコロナ禍の時だって実際まあ備えがあったらね、多分安心したでしょうし、ただやっぱりこう、僕に依頼してきたってことは、1年分の備蓄はあるけど、これもやっぱそれぞれ賞味期限があったりとか、保管するスペースも必要ですけど、ここから先増やそうと思ったら、それこそ地下室作るとか物置コンテナ増やすみたいな、どんどん増やす方向でいかないといけないから限界出てきますし、増やせば増やそうでやっぱり掃除したり、さっき言った期限切れチェックしたりとか管理も大変になってくるからってところで、結構まあお家も散らかってきて、まあ限界感じてきて、僕にご依頼をしてきたっていうところですね。もともとだからコロナ禍以前はでも別にそこまで物に執着がなかったっていうことだと思うんですけど、東日本大震災以降、ちょこっとずつ備蓄が増えてきた感じですね。で、コロナ禍に入って、すごいことになってしまったっていうか。ちゃんと東日本大震災で備蓄を置いたりとか備えるようになったらよかったけど、コロナ禍で拍車がかかって、ちょっと遠すぎる感じになってきたっていうのがあったり。これがないともうダメなんじゃないか、どうしようっていうのが。ちなみにこれと、なんかどっちかというと旦那さんよりもルルさん側の方のご意向が強いって感じですかね。そうです。全く私だけです。でなんか旦那さん目線だと、こんなにたくさんはいらないのにとかやりすぎとか、逆にまあ別にあってもいいかなとか。僕はあまりそういう執着がなかったので、それは大事かなと思ったんですけど、ちょっと多いなっていうのは思ってました。まあだから備蓄すること自体は大事だし、まあ僕もやってます。5日分とかは、まあそれこそローリングストックで普段の食材を日用品使いと使い分けるとか、防災カバンとかもあったり、まあそれこそヘルメットしかり意外とちゃんとあるにはあるんですけど、本当に何を信じるか諸説あるんですけど、国の方が発表しているものだと大体残す量っていうのが、まあ3、5、7っていう基準になってたりするんですよね。最低もとにかくどんな家庭でも3日は絶対備えててくださいっていうのが最低基準としてあって、で、そこからまあ5日分とか、まあ多い人は7日分あると安心ですよね、みたいな話もあって、まあ逆に言うと7以上っていうのは結構もう、それこそさっきの賞味期限がとか、増えてくるとまた管理も大変になってくるから、まあ一旦3、5、7っていう基準で推奨されてることが多かったりするんですけど、1年分あるってことなので、かなり量あることがわかると思います。で、さっきYouTube チャンネルをしてるって話が自己紹介のところにあったと思うんですけど、実はルルさんですね、チャンネル登録者が今2700ですかね。ルルミニマルライフっていう名前で、実は YouTube チャンネルをお持ちで、9ヶ月前に投稿されてたので、まあまだ投稿し始めて1年経ってないくらいで、でも実はそれで2700人って実はすごいことで、一般的に YouTuber っていうと、まあ僕みたいな10何万人いるとかトップは100万人いるみたいな、なんか数万単位いないと YouTuber としてはなんかすごくないみたいなイメージあると思うんですけど、多くの人はもう1000人どころか100人もいかずに終わる人がほとんどなので、実はしかもそれが9ヶ月前ですから、すごいですし、何よりも実はルルさん防災の動画が多いものだと7万再生されてたりとか、まあ平均してでもね、2万とか再生されますもんね。だから登録者以上に実は結構再生されてるってこともあったり、あと僕はずっと気になってたんですけど、ルルミニマルライフっていう割にも真逆の生活してるから、そこも含めちょっといろいろ聞きたいんですけど、おそらく最初はこの状態から脱出しようと思ってミニマルライフってその目指す過程、ミニマルライフ目指そうと思って名前をつけて、で動画を上げていったら、多分たまたま上げた備蓄の動画がめっちゃ伸びたからですか。片付けのこととかも上げてるんだけど、備蓄の動画上げたらそれがすごい伸びちゃったし、もともと多分そういう備蓄をいっぱいやってたからこそ、語れる分野。そうですね。たまたま備蓄の整理の動画を上げたら、それが2月に初投稿して、3回目か4回目ぐらいに、ちょっとプチバズりみたいなのをしちゃって、そこからそんな感じになっちゃいました。
YouTube チャンネルやってて、ミニマルライフを目指す過程の動画を上げるつもりが結構防災備蓄のところがすごい伸びちゃって、で、やっぱりYouTube 伸ばす時の鉄則としてやっぱ伸びた動画をひたすら擦るっていうのは戦略的にすごい正しかったりするから、多分求められることだから、つい多分備蓄の動画いっぱい上げるようになってしまって、ルルミニマルライフって名前なんだけど、なんかもうめっちゃ備蓄買い揃えてる動画が今上がって、それが再生数伸びちゃってるみたいな、その多分ジレンマにも悩んでるところですよね。そうですね。だからなんかご自身としてはもう本当僕の YouTube 企画にもこう申し込んでくるくらい今減らしたいっていう気持ちはあるんだけど、自分がやってる YouTube チャンネルではなんか備蓄のことすごい求められてるから、まあそっちを出さざるを得ないし、備蓄の動画見る人たちっておそらくミニマリスト的に最小限の備蓄を備えるってこと以上に、さっき言ったこうプレッパー的ないっぱい買い揃えていっぱいある動画を見たいのがいいんですよね。だから多分さっきの玄関にあった備蓄部屋とかも多分視聴者さんからすると憧れなんですよね。私もこういう風に多分備えたいとか多分どうですか、言われたりします？そうですね。それは、はい、あります。だからもう本当に備蓄めちゃくちゃやりたいっていう人からすると、おそらくあの空間はすごいいいと思うんですけど、まあちょっとミニマリスト的な価値観でいくと結構真逆というか、逆にちょっとこれ減らさないとまずいよねっていうこの葛藤、多分揺れ動いてる状態だと思うんですけど、まあでもやっぱ気持ちとしては減らしたいというところですよね。はい。そう、まあなので後でちょっとまたね、あそこにある1年分の備蓄をどこまで減らすのかっていうところもちゃんと話し合わないといけないですし、まあそこ減らすってなってもあとはね、もう、ルルさんがちゃんと捨てるマインドを持ってできるかってところがちょっとこの動画の見どころというか頑張ってもらいたいところですね。減らすとちょっと心配な、どうしようっていう気持ちもあります、正直。そうですね。だからまあこの3日間今から減らしていくんですけど、ちょっと減らせるかも心配してる。そうですね。まあ、そこは僕がもう全力で後押しはするのでちょっと頑張ってもらいたいんですけど。ちなみにミツさんはルルさんが YouTube やられてるのは知ってる？知ってます。で、そこで多分結構備蓄の動画がすごい伸びててってことも見てるとは思うんですけど、そういうふうにこう物減らしたいけど備蓄の動画も伸びてるし、そっちにも答えなきゃみたいな、なんか悩んでたりとかっていうのは近くで見られてなんか思うことありますか？そうですね。まあ減らしたいっていうのはよく言ってるんですけど、でも物が増えてるっていう矛盾は自分もちょっと感じてたので、でも結局は減らしたいんだろうな、でもちょっと安心したいんだろうなっていうところはあるのかなと思いました。矛盾してるようで、でもどっちの気持ちも本音みたいなところがあるからこそ今悩んでるんですよね。そうですね。まあだからどっちにも言えることは別になんか備蓄いっぱい備えるにしろ、ミニマルに暮らすってことにしろ、まあよりよく生活したいっていうところは共通してるわけで、まあでもやっぱり和室が特にそうだったと思うんですけど、収納もしきれてなくて溢れてるっていう状態はやっぱり良くないと思うし、そこはやっぱり見てて気持ちよくもないから、まあそこは脱出したいっていうのはありますよね。なのでそんな風にちょっと今心が動いてるルルさんがどこまで減らせるかちょっと楽しみですね。で、今回は体力のあるうちに家具や不要品を減らして就活も兼ねて身軽な生活を目指したかったので、渋さんの YouTube 企画の物減らしコーチングに応募させていただいた次第です。ありがとうございます。で、まさにもう僕本当に今が一番若いからっていうことと、やっぱり物減らすのってすごい体力使います。それ肉体的にもそうだし、いるいらないっていう意味でも脳のエネルギーも使うし、今回一応3日連続で勝たせていくんですけど、でも1日8時間確保していただいてます。まあでもそれくらい時間かかるんですね、片付けて。物のいるいらないだけじゃなくて、分解してゴミ袋詰めて外に出してとか、多分今から減らしたい大型家具もあるみたいなので、分解して運搬してとか。っていうのは結構もう頭も体もすごい使うからこそですね、僕も物減らすのはスポーツだって言ってるんですけど、これ本当にもう若ければ若いほど有利です。やっぱり体力も使いますし、もっと言うと年を重ねるにつれて、やっぱり長い年月、お金と時間をかけて残してきたから、まさに今回備蓄を多分1年分たくさん備えてきたからこそ捨てづらいっていうので、本当にもう今が一番若いので、もう別にこれが20代であれ、もう50代であれ、60代であれば、もうとにかく皆さん今が一番若いので、物減らしましょうってことをよく言ってるのですね。まあ今減らすべきだと思って申し込んでくれたってことで。じゃあ続きまして質問3つ目。物を減らしてどんな生活をしたいのかお伺いしたいです。はい。物を減らした後は、持っていないという不安状態から抜け出せる努力をして、必要なものだけで安心できる、心が軽くなる暮らしをしたいです。で、将来的には、自宅も車も売却して、夫婦で利便性の良い 1LDK の賃貸マンションで、身軽な暮らしができるように少しずつシフトしていければなと思ってます。すごい、もうそこまで具体的に目標が固まって
っていて、一つキーワードとして身軽に暮らしたいというところがあったと思うんですけど、やっぱり今のお家の広さだったり、備蓄の多さだったり、やっぱ生きててちょっと人生が重いなみたいな感覚があるってなんですかね。部屋が広すぎて、渋さんの本で収納が、死蔵っていうはい。キーワードみたいなのがあったと思うんですけど、それじゃないですけど、し部屋みたいな使ってない部屋もほとんどですし、寝室はただ寝るだけで、ほとんどキッチンダイニングだけで生活してるので、やっぱりちょっと二人暮らしには広すぎる。で、体力のあるうちに整理をして、身軽な暮らしにシフトしていきたいなというふうに思ったわけですけれど。実際にもう 1LDK で生活したいみたいなところまで理想が固まってますし、実際確かに見てる感じだと、本当にもう身軽に暮らせば、ここまでの広さは必要ない。本当に1LDK に近い広さで全然生活できるくらいの物量にはできると思いますね。あとはもう車も家もみたいなところも出てきたと思うんですけど、こういう場所で暮らしたいみたいな理想ってありますか？ちなみに今動画撮ってる場所は中部地方でちょっと車が欠かせないとこで、ど田舎でもないんだけど都会でもないみたいな。そうですね。でも車がないと不便な場所なので、地下鉄沿線沿い上だったりとか、あとはもう病院が近いですとか、買い物も歩いて行ける範囲とか、そういうところに住みたいです。なるほど。それこそまさに今後もご年齢的に言うとここからちょっと生前整理だったりとか、老後に備えていくっていうようなフェーズだと思うんですけど、さっき病院が近い方がいいっていうキーワードだと思うんですけど、まさに老後ほど僕意外と都心部に暮らした方がいいと思ってて、やっぱ田舎に行くと何か緊急で体崩したり病気にする時にも、やっぱまず病院に行くまでにすごい時間かかったりとか、で多分買い物に行くにも今車乗ってるみたいな。だからそういう風にちょっと都心に行きたいっていう理想の暮らしは頭の中にあるのに、でも今の物量、今の暮らしだともう気軽に引っ越しできないからこそ暮らしておきたいっていうのがあるって感じですね。あと家具がすごく多いですね。確かに。今これお家がめちゃくちゃ広いから、別に家具置いててもごまかせてるというか、別にそこまで圧迫感はないんですけど、でもやっぱ使ってない、さっきもね、2階にあった木製の棚とかはね、中身が来たらもうリモコンしか入ってないみたいなものがあったり、実際今この部屋にある、視界に映ってる茶色の棚とかも結構中身スカスカだったりとか、さっき死蔵っていう言葉が出ましたけど、使われずに眠ってるものも多かったりしますし、もうし部屋っていうキーワードも出ましたけど、もう和室なんかまさにそうですよね。部屋絶対なくても暮らせますもんね。でもマイホームとはいえ実際ね、和室を買うためにもお金払ってるわけですから、使ってないもののためにお金払ってるっていう、物の所有はコストだって話をよくするんですけど、まさにちょっとお金とかもそうだし、あれを管理するための手間暇、時間も無駄にしてるっていう状態だと思うので、理想の暮らしがここまで思い描いてるからこそ、ちょっと物減らしを得られるように頑張りましょう。はい。ちなみに今のこういう風にもう少し物減らして、もっと便利なところに暮らしたいから、もう 1LDK 暮らしたいみたいな、すごい今理想、具体的に語ってくれたルルさんなんですけど、これ聞いた上でもう、ミツさんご自身も同じ思いなのか。そういう思いはあるんですけど、車がなくなった時とか、そういうのを考えた時に実際どうなのかなっていう不安はちょっとありますね。でもあるけど、そういった老後に備えて、もうちょっと利便性のいい場所に住まなきゃいけないっていうのは、そういうのはありますね。共感をされてる人なので。なので今後、別に今すぐ引っ越しが決まってるとかそういうわけではないんですけど、やっぱ今後そういう風にちょっともっと移動の選択肢増やすためにも、もう物減らしておくに越したことはないですし、何よりもやっぱり備蓄のとこですよね。1年分あるっていうところに対するモヤモヤはずっとあると思うので、これを解消できるように3日間物減らし頑張りましょう。話を振った本人がね、こんな中途半端な盛り上げ方したんで、戸惑ったと思うんですけども、頑張りましょう。よろしくお願いします。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに、概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。ということでじゃあ早速物減らしていこうと思うんですけども、最初どこから減らし始めるかお分かりでしょうか？備蓄部屋ですか？いや、服からいきます。服から。はい、ということで2階の寝室クローゼットに上がります。はい。
はい。ということで、早速物を減らしていくんですけど、まず、服からということと、で、今回、ちょっと3日間のうち、旦那さんが参加できるのは、ちょっと最初の1日目だけになるので、先にちょっと、ミツさんがいらっしゃるうちに、ミツさんの服から減らしていくんですけども、僕の片付けでは服から減らし始めるっていうのをやっていて、でその理由としては、まず服から減らし始めると、次の日朝起きた時から密着する時に変化を感じやすいっていうところですね。やっぱりもう片付けていく中で、やっぱり変化感じないとモチベーション続かないですし、やっぱり物が多い人のご家庭行くと、やっぱりクローゼットの中やっぱパンパンになってる人が多いです。ミツさんはめちゃくちゃ多いわけではないんですけども、もう少し見直すところがあるかなっていうので、服って結構減らすの難しくて、やっぱり自分の好きな色だったり、素材だったり、好きなブランドとか考えることも多いんですよね。いるいらないを考えるときに、それこそトータルコーディネートって言葉があるように、アイテム単品じゃなくて、着回しも考えながらとか、結構自分の価値観も強く出るとこだし、着回しも考えなきゃいけないしっていうので、結構服減らすのってすごい頭使うし、服減らすの苦手って人も多いと思うんですけど、ここ服減らし終えると、もう後の紙の本とか書類とか趣味のものとか、そういったものがどんどん減らせるようになるので、なのでまず服から減らすのをお勧めしてます。で、服減らし始める前にまずやってほしいのが、家にある服を全部一箇所に固めるっていうこと。そうしないと、さっき言った通り、アイテム単体で見ても実は着回ししづらいとか合わせると微妙みたいなものが多いから、全部集めて比較検討しながら減らすっていうことで、で、早速クローゼット来てもらったんですが、まだ1階部分とかにも服ありますよね。で、このタイミングで、ルルさんも家中にある服をもう全部クローゼットの前に固めます。で、もしかするとここにもルルさんの服とか混在してますよね。そうですね。こっちとかにも、はい、そういったものもちょっと今出してもらいます。というので今、ルルさんの服を出してもらってます。ちなみにそれぞれちゃんと専用のクローゼットがある中で一緒に入れてる理由ってあったりしますか？特にないです。もう特にないですね。もう行き当たりばったりでそっちに行っちゃったみたいな。そうですね。入れるところがないのでこっちに入れてるっていう感じ。なるほどなるほど。というのでちょっと一旦じゃあベッドの上を置いといていいです。はい、というのでルルさんのはルルさんのクローゼットに固めていきます。でそのままじゃあミツさんとガンダムのところ行きましょうか。ということでこちらですね、ミツさんこちらにも服がありますので、はい、これをですねもう全部一旦上に持っていきます。わかりました。はい、特にお家が広い方にあるあるなのがもうクローゼットが何箇所にも散ってるっていう。で何箇所にも散ってると自分の服の所有量が把握できなくなるので、それで管理がどんどん甘くなって、そうじゃなくても、結構お部屋の人とかになると服があっちこっちに脱ぎ散らかってるとかっていうことになってて、クローゼット一箇所に集まってないってことが多かったりするので、ありがとうございます。という感じでもう今全部出していただきました。残りの小物も僕持っていきますね。というので家中にある服全部固めます。実はまだありますね。どちらにまだありますか？これは洗面所ですね。洗面所にもパジャマとか部屋着以外のものが欄にある。そうですね。ということで大移動。ということで次洗面所に来たんですけど、こっちにもまだおしゃれ着があるということで。おしゃれ着というか、旦那さんの T シャツとか。T シャツ、はい。ここもシャツですね。はい。このシャツはどういったシャツ？これは多分下着系ですね。肌着系ですね。はい。これは普段着系。なので、下着とかはここでいいかなと思ってます。お風呂場上がってきてそのまま履くので、タオルとか下着はここでいいんですけど、普通におしゃれ着で着るようなものとかはこれですね。ここどんどん上のクローゼットを持っていきます。というのでどうでしょうか。改めて、そっちにもクローゼットあるんですけど、多分これでミツさんの服全部かな。そうですね。クローゼットにかかってる分とか畳んである分だけだとめちゃくちゃ多いって感じはしないと思うんですけど、ここも出してみると意外とあるなっていうのは気づきますよね。そうですね。ここにもちょっと服あるので、ここもですね一旦全部出します。ということでとにかく全部出して空にしていきます。出せ。めちゃくちゃあるなっていうおっしゃってましたが、出してみると意外とありますよね。ありますね。すいません。ありがとうございます。空っぽですがまだこっちにもあります。こっちにもありますね。そうですね。これごと一旦出しちゃいます。僕だったらもうこれなしでやっていけるように減らしていきたいですね。こんなにすごい。そう、あっちにもまだ。こんなにあったんだ。そうなんですよ。めちゃくちゃあるんですよ。意外と。というのでまだこっち側にもですねいろいろ服ありまして、ダウンだったりですね。そうですね。夏物とか季節物が置いてあったり、下にもまだまだあります。こっちもあります。こっちはあんまり。こっちにも棚がもう一個あって、ほぼほぼ空ですねこの棚。
ですね。まあ、趣味の野球のサインボールとかなそうですね。があったりするくらいですが、まあ、ここに服は入ってませんが、まあこのタンスもいらないんじゃないかな。はい、ということで全て空にしまして、こちらに服が全部出ておりますが、意外とあるなと思いますよね。ありますね。はい、でお家が広いがゆえにこう、まあ、分散化して置いてあったからパッと見少ないように見えたと思うんですけど、やっぱ出すとちゃんとありますね。よし。でここからはとにかくもういるかどうかで迷ったら減らすっていうのを徹底してもらいます。で少しでも手に取った瞬間に迷ったらそれはいらない可能性が高いっていう、はい。まあ、例えば、スマートフォンどうかしてるかで迷います？迷わないですね。迷わないですよね。そう、スマホなかったら、まあ、仕事にもプライベートに支障が出るし、人間明らかに必要なものに対しては迷わないんですよ。逆に手に取った瞬間迷うってことはしばらく使ってないなとか、まあ、デザインが好きじゃないとか、例えばシワができてるとか何かしらいらない可能性が高いです。っていう風に、もうとにかく少しでも迷ったら手放す。これを徹底してもらいたいので、で、今ちょうどもう冬の時期に差し掛かっていくので、去年着なかった夏服とか、畳んである T シャツからちょっとチェックしていこうと思います。はい。で、まずここにですね、T シャツがいっぱい畳んであるので、ちょっとこちらを一着一着手に取っていただきながら、少しでも迷ったら教えてください。で、いるやつはどんどん手元にこっちに置いてもらって、これははい迷ってるやつ。お迷ってる、これとこれ迷ってるっていうので、はいこの2つが迷ってるというのでちょっと開いていただきます、僕が持ってる方がこれ「鬼滅の刃」T シャツでユニクロとコラボした時の UT ですね。そうですね。とそっちがガンダムと鬼滅系で、まあ、結構趣味のもの好きなものだと思うんですけど、こちら迷ってるということで、はい迷った理由というか、もう何回も着て、もうあんまり着ないかなっていうのと、こっちはヨレヨレになっちゃったんで、まあいいかなっていう感じですね。っていう風にやっぱ手放すからには何かしら理由があります。もうしばらく着てないとか、まあ、それこそヨレヨレになってるっていうのも、シワになってるシャツは着たくないとか、いろいろ価値観が出てくるので、っていう風にこれどんどん手放していきます。はい。鬼滅も好きでした？鬼滅も好きですね。そうですね。鬼滅もまあ流行ってますしね。はい。僕も入りましたけど。はい。これ最近の映画のやつですか？そうっすね。去去年買ったかな。あ、去年か。コラボしてるやつはちょっとつい買っちゃうっていう。おー、なるほど。でミスさんはコレクター気質があるっていうので。アニメとかがじゃあ結構好きっていうことですね。はい。なるほど。でももうこれは一旦、まあ、ガンダム他にプラモデルとかあります？あります。というふうに、じゃあこれは手放していきます。で、今ちょっといらない短パンが出てきたんですけど、まあ、こっちは残すやつですね。はい、で、まさにこれなんかはもう、シンプルに色違いですね。色違いで多分、お気に入りで買ったのそうか、ですね。多分買ったんだと思います。買った時の記憶も結構、はい曖昧になってきてるっていうので、これもシンプルに同じ機能のものがあるから片方いらないっていうので、まあ、こっちの方が多分よく着てる色。そうですね。まあ、着回しもしやすいのはこっちですね。はいなので、こちらは手放します。はい。これは何だろう、着なくなったやつ。これはですね、着なくなったのは、だいぶ古くなったし、もうだいぶ着込んだので、似たようなのもあるので、これもいらないですね。そうですね。これも似たようなパンツが他にあるし、もういっぱい着たので、はい。手放すという感じで。わかりやすく、まあ、同じ素材、同じ機能のものとかはもう被ってるので、まあ、一つか二つあれば十分だと思うので、はい。これは減らしていく。はい。で、こちらも、パーカーになってるんですけど、多分これもいらないです。おー、これも、もうだいぶ古いかおーいっぱい着たパーカー、ミニですよね。昔のミニのタグが、これは好きで買った感じですか？もらったとか。これどうやって買ったかももう、あまり記憶にもないですね。ああ、なるほど、なるほど。はいミニマリスト的な価値観で言うと、まあ、両立で、どんどん数を絞っていくってことと同時に、物の数が少ないからこそ、こう、一個一個も語れるくらいの熱量のものを今後は買ってもらいたいですね。なんで、これはもう特になんか、語れるほどのエピソードもないし、ないし、ないです。じゃあこれも手放します。こちらも、はい。いらないかな。いらないですね。おーこれもまた似たような感じなので、パーカーですねパーカーですね。ちょうどカメラの裏に奥さん、ルルさんがいらっしゃるんですけど、はいなんかあんまり着てるの見たことないなみたいな。見たことないですね。なので結構まあ、ご夫婦とかで片捨てる際は片方になんかこういう風に着てるの見たことあるとか似合ってると思うっていう風に確認してもらいながら減らすといいですね。まあ、ルルさんもこれも着てるの見たことないっていうので。はいじゃあこれも手放します。これはいらないですね。お、なんかこの辺り畳んであるシリーズですね。畳んであるシリーズも、これも全然いらない着て。ないよね。それうんは畳んであったものって何年前に買ったとか思い出せます？ 10年近く経ってるかな。近く経ってる？うん。すごい綺麗に畳んであったから意外と使ってるのかなと思ったら、ここまで取りに行くとかっていうことをあんまりしてない気がします。あ、そっか。これを切ろうと思って。
基本的にはもう洗濯機から取り出して、で、1階に置いてあるものから取ってきていくっていうようそうなですね。生活されてるから、2階の奥までわざわざ来ないですよね。わざわざ来ないです。まあ、家が広いからこそだし、多分こういうことがあって、まさに使ってない部屋があるとか、うん家が広すぎて、取りに行くのもめんどくさいからもっとコンパクトに暮らしたいっていう憧れがあると思うんですけど。これも買ったけど、はいちょっと柄がちょっと嫌だしたので、履かなくなった感じ。確かに言われてみればなんですけど、減らしたものの中に柄物のパジャマとかあそうって、ですねで残してる服にほぼ柄がなくて、結構無地のものが多いかな、そうですねワンポイントとか。柄物あんま好きじゃないっていうのも、減らしてみてるとわかりますよね。そうですね。だから今後は多分あんま柄物極力買わない方がいいかなっていうのと、これなんか試着とかはされました？してないと思いますね。あ多分サイズ見て、まあ、買った感じです。お店には行ったけど、もう試着せず、まあ普段、まあ、M サイズだし M 着るかみたいな。はいで、この買い方も良くないですね。服買うときは今後も絶対に気になった服は試着してもらいたいです。あーはい。普段 M 買ってる人でも、ブランドとか服の作りによっては、M サイズだけどちっちゃかったり大きすぎたりとかっていうのがあったりするので、いつも M だからとこう過信せずに。試着するとやっぱりなんか意外と思ってたのと違うとか、はサイズが合ってないってことになりがちですし、まあこれ手放した服に関してもそうですね、これ試着してないっていうのがやっぱりはいはい。一つ失敗の理由だったかなっていうのもあると思うので。わかりましスーツ系もちょっと見ましょうか。た。ワイシャツ系は、はい。最近夏でもこの半袖のワイシャツ着てないんですよ。はい。うんうん。ここいっぱい。お客さん先に行く時とかもはい着る場合もあるので、はい残すんですけど、はい。いらないやつが多いの。多いですね。結構なんか綺麗にクローゼットに吊るしてあったから、ここら辺はいるの多いんかなと思ったら、あんまりもう着ないので、こいつらはもういらないですね。すごいクローゼットの目立つところに置いてあった。多分スタメンなんだろうなとか思ったら、全然着てなかった。これもいるかなと思ってちょっと迷うけどいらないですね。おもういらないです。まさに迷うけどっていう時に手放してほしいです。そうですねみんな結構迷った時に、じゃあいつか使うかもっていうのを残しがちなんですけど、迷った時ほど手放してほしいですね。そうですねちなみにこれなんか何で迷いました？これはちょっとあんまりなんか好きな柄なんだけど、でもそう言ってもそこまで着てないよなっていうのがありますね。そう。まさに着てないよなっていうのが答えで、迷った時に、まあ着用頻度を考えてほしいですね。迷ってるってことはやっぱりなんだかんだ着てない可能性が高いですし、過去に着てないっていう実績がもうそのいらないことの証明になってるので、じゃあこれは大丈夫。そうですね。っていうので、結構意外とクローゼットに吊るしてあったワイシャツたち、結構いらないの多いですね。そうですね。やっぱりこういうなんか柄物とか派手な服っていうのはもうなんか今のミツさんに合ってないんだなっていうのもよくわかりますね、見ると。これも迷うので多分いらないでしょうね。着ないでしょうね。まさに迷うっていうことは、これもちなみに最後に来たのいつとか思い出せます？これいつ来たかなーっていう感じ、2年前に来たんだろうかっていう感じですね。なるほど。見たことない。ルルさんも見たことが。多分いらないですね。これも着ないんでしょう。ここにずっとあるっていうことはもう着ないと思いますもん。なるほど。クローゼットって傍から見てると、ここ多分スタメンでよく着てるから吊るしてるんだなと思ったんですけど、逆で全然着てないからここの2階のクローゼットに眠ってるっていうそうですね。感じですよね。なのでこれも最後に来たのは、去年来たのかなっていう感じですね。着てないと。着てないと思う。もうルルそうですね。2人ともなんかもう見てないっていう感じだと思うので、これも手放して大丈夫です。このなんかクリーニングかけてる系とか、そうですね。多分カバーかけてる系は使ってるのかな。使ってその後何も使ってないから、はい。この2つはいらないやつです。いらないやつですね。まあ、使わないから手放すんですけど、使う場合はもうやっぱこういうクリーニングの服はすぐ手放しておく。外してほしいですね。はいはい。やっぱこれ見てもらっての通り、結構破けてたりとかだいぶ年季入ってるから多分これも使ってないんですよね。使う場合もこれ外してあげた方がやっぱりすぐ使いやすいですよね。使う気になるんじゃないか。まさに使う気になるっていうキーワードだと思うんですけど、見てて美しいのはこっちだし、はいパッと取り出して使えるし、こっちの方が通気性もいいから物持ちよくなるんですよね。はいはい。で、やっぱり取り外したんですけど、やっぱちょっと若干こう、クローゼットの長年眠ってた時の特有の埃っぽい顔とかやっぱりあったりして、それって、なんかこれに包んでたら一見守られそうなんですけど、やっぱ通気性が悪くなってるのか、そうなんですね。そうなんですよ。やっぱ、これ包んでるからこそ逆に起きちゃうんですよね。今後こういうカバーとか含めあったらもうどんどん外してほしいですね。これも多分もらったやつだと思いますけど、はいこれも多分、100% 着ないと思います。両方とももらい物っていうので着てないですけど、はいもらい物だからこそ自分で選んでないから、いみつさんなりにも着たいデザインとかこだわりってあるだろうから好みじゃないものをもらってしまってでももらい物だから捨てづらいっていう。そうですね。そういうのはあります。
そういうのって捨てづらいのはすごいわかるんですけど、やっぱ着てなんぼっていうのもありますし、特にもうこれ着ないでもう何年もはい。埃かぶってると思うので、これは手放しましょうかね。というので減らした結果ですね、こっちが全部いらない服で、いる服はこれだけだから、ちょうど3分の1になったかな。だからもう3分の2の服はいらなかったっていうことですね。いっぱい捨ててます。こんな感じで T シャツからズボンまで、あとスーツ、シャツなどもろもろアウターも含めてこれだけの不要品が出ました。いるのはこれだけです。で今ですね、服をこっちのクローゼットにかけてくださいっていうつもりだったんですけど、ここにある服っていうのがほとんど使ってなかったんですよね。使ってないです。せっかくこう素敵なウォークインクローゼットがあるから、みんなここにたくさん服をね多分かけたくてこういうお家作ったりすると思うんですけど、もうみつさんですね、全然そんなことなくはい、もうここは、さっきに渋谷っていうキーワードが出たんですけど、デッドスペースですよね。みつさんの場合はここほとんど使い切れてないっていう状態だから、ここにいる服戻してもおそらく使わないだろうなと思うし、めんどくさいですよね、こっちに来るの。めんどくさいですね。と思ったので、もういる服結構少ないので、これもう一個ありますよね、下に。ありますね。これ2つ使ってもう1階にクローゼット作っちゃいましょう。僕大体こういう片付け企画やると、残した服っていうのをこういうお家に備え付けのクローゼットに戻していくことが多いんですけど、あまりにお家が広すぎて2階ほとんど使ってないということなので、もう1階にクローゼットを作ります。別にそうした方が絶対暮らしやすいですもんね。よし、でもこんだけ服減らしてくれたらいけます。ちょっと残した服持って1階に行きましょうか、という感じでこれを下に運びます。で今これを下に持ってってるんですけど、こっちにもガンダムの前にもクローゼット同じようなものがあるので、もうこの2つに収めていこうと思います。はい、ということで1階のワンチャンスペースにこんなに開放的に置ける空間があって、こんなおしゃれな空間でルックブック的な撮影したの初めてです。ハンガーラック置いても余白のスペースがあるので美しいというので、そこにじゃあ残した服をかけていきましょう。はい。こういうズボンとかは普通に折ってかければいいですか？そうですね、ズボンの収納の方法についてちょっと質問があったのでお答えしておくと、一般的なこういう三角形のハンガーのところにこうやって吊るしてもらえれば問題ないです。で今後ハンガーとかにもしこだわりたい場合は、例えばおすすめで言うと僕2つハンガー2種類おすすめがあって、マワハンガーって言われるドイツ製の丸いハンガーと、ワンガーっていうそのちょっと一筆書きの独特な、僕が使ってるのはこれなんですけど、今後ハンガーこだわってでちゃんと減らすとパンツが何本トップス何本みたいにちゃんと数も把握できるようになったら、こういうですねパンツ用のハンガーとかも買ってあげると、これボトムスなんだっていうのは一目瞭然でわかるので、パンツ用とボトムス用で分けてもいいし、それがめんどくさいよって方はこういう三角形ハンガーだったりとか、僕が使ってるようなワンガーってやつだったらパンツもボトムス両方もいけるので好みで大丈夫なんですけど、ちゃんと分けたいっていう人はボトムス用のハンガー買ってもらって、めんどくさいっていう人はこういう兼用できるものを使ってあげるといいですね。はい、ということで減らした結果、なんとここに全てオールシーズンの服がかかりました。すごい、どうですか？すっきりしましたね。とても。そうというので、みつさん本当にもう必要な服厳選したらここに収まるんですね。こんな贅沢な空間の使い方なかなかできないですけどもというので余白いっぱいのこのハンガーラックにですね、こういう冬物のダウンだったりとか、ちゃんとジャケットとか、あとネクタイなんかも全て吊るしておりますが、ここにちゃんとオールシーズン半袖ボトムス含め全部あります。じゃあこのまま全ての服ちょっと数えてみましょうか。はい。30ですね。30プラス、自分が着てるもの入れても32。もうオールシーズン32着あればでも全然いけますよね、これで。そうですね。実際着てるのがもうこんだけですもんね。そうです。というのでいかがでしょうか？いや、すっきりしましたね、これは。はい。いつも着てる以外は結局あんまりいらないんだなっていうのが分かりましたね。そうです、まさにもうこれ以外の服ってもう持ってても結局クローゼットの奥にホコリかぶるだけなので、まさにいらないっていうのが答えになりまして、素晴らしい。ちょっとルルさんもすごいっていうので。っていうかはい、あんなにあったのがびっくりしました。服があんなにたくさん。そうですよね、まさに2階の奥のウォークインクローゼットの奥だったり引き出しだったり、あともっと脱衣所洗面所の周辺にあったり、ガンダムのプラモデルの前にもあったりっていうので、お家が広いがゆえに何箇所にも散ってて、パッと見たくさん持ってるっていう自覚がなかったと思うんですけど、すごい少ないと思ってました、う
一番。やっぱり一箇所に集めて減らしてみると意外とあったっていうので、ちょっとそのまま2回戻って捨てた服ちょっと見に行きましょうか。はい。はい。で、2階に戻ってきていただいたんですけど、この手放した服たちちょっと全部カウントしてみましょうか。はい。ということで、いらない服を数えた結果、54着ありましたね。なので、下にあった服、残した服が32と、捨てた服が54着なんで、まあ、86着もともとはい。あったんですけど、もう3分の2、54着がいらない服だったっていうので。どうですかね、こう減らしてみての反省点だったり、こういう傾向あるなとかなんか気づきありますあれですね。年齢を重ねる上で、着なくなる色とかがやっぱり分かったので、その時に捨てずにまた買い足してたっていうのは分かりましたね。まさにそうですね。もう結構10年、15年代のものがあったりして、まあ、ここにあるものとかそうですけど、結構ピンクとか、こう柄物の服とかっていうのは結構着ないなっていうのが分かって、結果残った服も結構シンプルな色味の、まあ、無地のものとかが多かったですし、もうまさにおっしゃってた、やっぱり年齢重ねるにつれて派手な色は着なくなったっていうので、その時に捨てておけばよかったっていう反省点はあったと思うんですけど。っていうふうに僕、物を減らすのは究極の自己理解って言ってるんですけど、まあ、減らせば減らすほど、残した服から自分の好きなものだったり価値観が分かってくるので、まあ、それこそ、そうだな、残した服たちで言うと、割とアウトドア系の、まあ、カジュアルな服の方が好きだったりとか、あとシワになりづらい素材の服とか残ってたので、今回の反省点から同じような服買わなければ失敗しないで済むので、はいなので今後はもうこういったものは買わず、今ある服たちを中心にシンプルなものを着ていけば失敗も少ないと思います。って感じで、もう旦那さんはあっという間に始まりまして。で、これ減らした結果、もうここからですね、ほぼほぼ。あと、カバンとかはあるんですけど、それは私そこ、ルーさんなんだ、カバン。じゃあ、ここに、奥さんのものが混じってるっていうね、これもちょっと全部出しましょうかね。そうですね。コストコのカバンが物が多い人の家には絶対あるコストコ用品なので、ここもちょっと一旦もう全部出して空にしちゃいます。カバンが奥さんのものだったので、本当に全部ないですね。そう、本当に全部空になってしまったんですけども、このまま服を減らした後に見たいのがカバンと靴ですね。カバンどちらにありますか？カバンははい下にあります。カバンほぼないので、なんか思い当たるカバンもなんか 1,2 個しかないみたいな。それこそはい。 2つしか持ってないので、カバン2つ。カバン自体は複数ないです。本か6個とかないので、カバンこれとこれ2つしかないので、少ないで、普段使ってるカバンが2つと、あと野球応援カバンっていうので、そうですね。これ普段使いっていうのは趣味のアイテムっていうので、この3つしかカバンがないので、はいこれでもうカバンもすっぽり全部収まってます。余裕です。本来であればあと肌着とか運動着、部屋着的なものが一緒に置いたりするんですけども、水回りに置いてますもんね。基本的に言うとパジャマの置き場とか皆さん迷う人多いと思うんですけど、僕は結構お風呂場おすすめです。水回りですね。はいもうすでに置かれてるから問題ないんですけど、パジャマとか部屋着着るシチュエーションって大体普段は仕事から帰ってきたら着替えて、でお風呂入って上がった後とかにパジャマ着たりとかすること多いと思うので、そういう動線で多分水回りに置かれてると思うんですけど、なのでここに置く必要はないっていうので、もうだから本当にクローゼットにかけておくべき服、これで終わりですね。でもこんなにコンパクトだったらぶっちゃけ1階に作れると思います、旦那さんのクローゼット。ちょっとここにクローゼット作ってみましょうか、一旦仮で。はい、というのでちょっと一旦仮置きですけど、クローゼットをここに作りました。でここにクローゼット作ったので、もうすぐそこに鏡もあっていいですよね。ここで服選んで、そうですね。コーディネートも効率はいいかなと思いますね。ここにクローゼットが出来上がったので、続きまして服とカバンを見直したらセットで見てほしいのが靴ですね。要はトータルコーディネートって言葉があるように、もう今ここにある服たちと着回せる靴だけを残していけば OK なので、はいこのまま靴もセットで見ていきます。そんだけしかないですね。もう4つですか？ずっと今履いてるやつ。そっか。っていうので、もともとこことそっちにあった靴はい計5足、はいもうだいぶ少ないからぶっちゃけもうこれでもいいと思います。はもともと靴はもうミニマル、数少ないっていうので、はいでも残した服32着とこれでも十分オールシーズンいけると思います。なんか僕片付け企画やって靴減らさなくていいですねって言ったの初めてです。あ、そうですか。はい、前は買ってたんですけど、はい、すぐ悪くなっちゃうので。ちゃんともうボロボロになったら履き替えて、そうですね。しかもちょうど残してる靴っていうのがもうレザーブーツも2つあってスニーカー3つっていうので、フォーマルもいけるし運動もいけるしっていうので、もう本当にこれだけあれば困らないですね。はい。じゃあこれで旦那さんの衣類系は全部見終わりましたね。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。
という感じで、なんと捨てた服たちがもう45リットル、1、2、3、4、5、6、7、8、8袋出ております。ということで、旦那さんの服が減らし終わって、ちょっと休憩したんですけど、お友達がこのソファ欲しいっていうので、もらってくれます？ありがとう。娘さんが。ちなみにルルさん、これはもう手放して OK なんですか？これははい2回か3回ぐらいしか座ってない。1時間も座ってない。そんなっすか？買ったのいつ3、4年ぐらい前。？3、4年前に買って1時間も座ってない座ってないです。すごい、なんで買ったっていうレベルのはい、というので車に詰めることが判明したので、後にはめた。これを今から撤去します。というので、ミツさんが参加できるのがもう今日までなので、先にちょっともう減らしたい大型家具とかあれば全然どんどん教えてほしいですね。男手で運びます。多分来た方がいいです。めっちゃ寒い。寒い。ありがとう。借ります。してくださいって言われて借りたんですけど、何気なく久しぶりに黒以外の服が違和感ありますね。めっちゃそわそわします。よし。はい、ということで運んできたんですけど、広やばい、すっからかんになりました。そうですね、この空間見てると本当もったいないというか、贅沢な空間の使い方だなっていうのと、さっきおっしゃってたいずれはもうちょっとこの家売っ払って手放したいっていうのもよくわかります。そうですね。持て余しますね、これ。うん僕がここ長く住むとしたら多分ここ旦那さんの部屋とかにしてますね。ここ実際カーテンとかあるので仕切ったりして個人の部屋は作れると思います。階段の上り下りがめんどくさくて使ってないということで。はい、ということでソファーの運び出しも終わって、みつさんの服も減らし終わって、で今日しかちょっとみつさんが参加できないので、そのまんまここもみつさんゾーン行きたいと思います。ここはちょっと電気がつかない、ちょっと暗いと思うんですけども、はい、こんな形で、デスクとここがあって、服減らした後は紙の本と書類僕おすすめしてます。で紙の本とか書類って、結構それこそあんな形で意外とかさばってこういう風にスペース取りますし、何よりも最悪手放したとしてもまた本屋さんとか古本屋さん行けば買い戻しができたりするので、そういう意味でもこう減らしやすいです。減らしやすくて効果も出やすいので、服の後は紙の本行くのをおすすめしてます。そのまんま上にあるですね、紙の本漫画これ全部出します。ということでここ本は全部出しまして、残るはガンプラだけ。そしてじゃじゃん、出した結果こんだけ本がありました。さっきお友達がもうしばらく読んでないでしょうっていうのはおっしゃってたと思うんですけど、実際もうね読んではいるけど、また読み返したくなるからっていうね、撮ってるとは思うんですけど、もう少し減らせるかなとは思うので、ちょっとこうもう一通り見て、服と一緒でいるかどうかで迷ったものを教えてほしいです。グローが好きだったんですか？歴代のグローがいっぱい。付箋に載ってるところが全部自分が出てたんです。自分が出てたんですか？この黄色の付箋があるところはルルさんがモデルですかね？読モだね。読も読者モデルされてたんですね。こういう風に、ちょっと雰囲気だけですけど、こういうグローっていう雑誌の、渋谷ヒカリであった賞とかにもこれルルさんですね入れられてて、これが40代前半の時ですね。そうですね。はい、入れられて。スクラップだけでいいの？まさに僕ちょっと今それを提案しようと思ってたんですけど、一応もう捨てていいって話ではあったんですけど、おすすめは、結構動画見てる皆さんも雑誌が捨てられないですっていう方が多くて、多くの人は自分が出てるから残してますって人ほとんどいない、読者モデルしてる人はなかなかいないと思うんですけど、雑誌撮ってる人の多くの理由が雑誌の中にこの特集の号が好きとかいうものがあったりして、そういう方はまさにプーさんが言ってくださったスクラップブックにするっていうのがおすすめで、スクラップブック何かっていうと、自分の好きな残したいページだけを切り取ってそこだけ集めていくっていうような感じにすると、そもそもじゃあ読みたい特集があったとして、今付箋がありますけど、という感じで、ルルさんがちょっとこんな感じで出られてるこれが12年前ですね。でこういう風に出演されてて、このページだけ切り取ってとか、このページまで行くのもちょっと大変、探すのも大変じゃないですか。スクラップブックにするともう開いた瞬間全部自分の好きなページなんで、探しやすい、アクセスもしやすいし、傘が減ります。体積が減るので、こういう風にボリュームがあるから、この黄色の付箋のページだけ切り取るか、写真撮るとかでもいいんですけど、これだけスクラップブックにしたらだいぶ薄くなりますよね。すぐパラパラめくれるので、っていう風な管理方法がおすすめです。雑誌はいいですね。こういう本棚見てると、その人が何に悩んだかとか何に興味があるかっていうのはよくわかるんですけど、16時間断食の本があったり、もっと知りたいパリの収納っていうので、
ルルさんかなりクローゼットの中の収納とか綺麗に整理されてましたけど、こういう本読んで学んでたから結構ミニチュアのコレクションとかすごい綺麗に配置されてたりとか、すごいまるで巣のようなパリのミニマリストのお部屋気になる。これも大切にとってあるんですおお、けど、ミニマリストも実践する絶対捨てられる37の手法、ちょっと気になる。いいこと書いてますよ。ここに本の捨て方が書いてあります。本を手放すときは読み返すか再度入手可能かっていうのを考えると思います。電子書籍化されてるならいつでも再入手可能って書いてありますので、電子で買えるものとかはまさに手放してもいいと思うし、チェックリストがありますね。当てはまる項目が2つ以上なら保管、以下なら捨てる。1、現在の仕事で使う機会がある。2、過去1年以内に手に取った。手に取りましたそれ？全部手に取ってないです。で言うと、他にもあと読み返す時間がこの先1ヶ月から2ヶ月以内にあるか。そうやって言われるとないですね。いろいろ基準書いてあるんですけど、僕もこの2つの基準でいいかな。なんかチェックリストがババババババってあって、いろいろあるんですけど、僕も基本的に服と一緒で、直近1年以内に読み返してないとか、目先3ヶ月以内に読む予定ないんだったら手放していいかなと思いますね。とか、人生のバイブルに当たる本みたいなのってあります。ここにありますよ。例えばこれか。これいいですね。道を開く。もうこれは繰り返し読んでるってことですか？繰り返し読んでるっていうか、はい。そんなに1ヶ月に1回とか読まないないけど、でもまた読みたいまた読みたいっていう、もうこういうふうにバイブルなんですかって聞かれて、パッとこれが取り出せたのはすごくいいかなと。これ残してもいいと思うんですけど、スラムダンクが残りが出てきたんですけど、23、31、25っていうので、前巻はないですね。前巻ないですね。そうだ、あっちにもあるから、旦那さんにも持ってきてもらってます。という感じでですね、他にもちょっと旦那さんの本がこっちにもありましたね。漫画があったので、これももう持ってきます。っていうのでも服と一緒で家中にある本を今集めてます。というので今ですね、ルルさんは自分が出てるところだけ写真撮って今手放していってます。こういう風に語ってなかったらこれも見返すことなかったと思うんですよ。そうですね。今見てて懐かしいっていう感じ。懐かしいっていうアルバムを見てるような感じです。そうですよね。本当でも本当に今ちょっと一種思い出のものもあるんですけど、思い出のものもやっぱり見返してなんぼですし、ずっとこうやって埃かぶったまま見返されずに終わるよりは、手放すことにはなりますけど、多分スマホで写真撮った方が定期的に見返せますしっていうので、思い出を大事にするためにも記録に残して今手放してもらってます。はい、という感じで見てもらった結果ですね、もういる本はこれだけ、いらない本こっち全部。ちなみに残ったものはですね、本当にバイブルとして読んでるほど、ガラスの仮面とオークと花の刑事、この3つの作品がはい、笑うくらいめっちゃ読んでたんですね。多分買い直しました。もう花の刑事なんか3回買い直してますから、それくらい大好きな作品と、あと一部少しだけ小説があったり、ビジネス書とか実用書もあるっていうような感じで、でもだいぶ少なくなって、こっちは本当にいらなかった、手放してもいいっていう風に決めた本たちだったり、雑誌も手放していただいて、この量だったら本当にそれこそもう 1LDK に引っ越すみたいな時も全然スペース取らないしいいと思いますね。素晴らしい。あとの書類の整理もしていただきました。多分仕事の書類とかもろもろもチェックしてもらってあんだけですね。これ多分全部戻してもここだけに全部収まると思いましたのが。そうですね。よし、ちょっと戻しましょうか。ちなみに読者モデルするきっかけみたいなのあったんですか？もともとスカウトとかされてて、やってみたいなって思ってたんですけど、なんとなく日々が過ぎてってで、40代ぐらいにプロの読者モデル、たまたま本屋さんで見てた時にモデルを募集しますっていうのが出てて、それで応募して、で書類審査が通って二次審査は東京の出版社に行って通ったって感じです。素晴らしい。じゃあ若い頃からもともと憧れはあって40代前半の時に申し込んでっていう。そうですね。やってみようかなと思って。おお、すごい素晴らしい。ちゃんと夢を叶えてというので、これは手放すことになったんですけど、でもねもう出た当時の思い出っていうのは頭の中にあると思いますし、だから僕よく言ってるのが、思い出のものに関しては写真撮って手放すのをおすすめって言ってるんですけど、このものそのものはなくなっても、ものにまつわる思い出っていうのはまた写真見返したらいつでも思い出せますし、もうねその時の体験、ランウェイに立ったとか自分の頭の中に思い出としてずっとあると思うので、大事な思い出として、そうですね。なんでこれはもう大丈夫ですね。はい。という感じで厳選した本をあそこに戻していきます。話し合った結果、ガンプラちょっとここの段階で本こっちにします。ここにあるガンプラたちはいつ頃から買い集めたものがあるとか。あれ2000年か2001年ぐらいだったかな。
おお、ちゃんと年代も覚えてるから、まあ、25年前ぐらいですね。はい、という感じで本棚の真ん中を開けたので、もうここにします。目線の目指すところに本を固めていきます。はい、というので今本を入れ替えていってるんですけど、僕基本的に高さ順これが一番高くて、あっちの花のケージが一番低いので、まあ、こういう風に低中大みたいな高さごとにこう揃えてあげると綺麗になりますね。すげえ。という感じで整理した結果、本が漫画のコーナーができました。すごい目線のちょうどど真ん中にぴったしはまりましたね、残した漫画が。でももうここ全部関数増える漫画じゃないからこれで固定ですもんね。もしかしたらガラスの仮面は出てくるかも。ハンターハンターよりも9歳長いガラスの仮面ですけど、まあ一旦増えることはないでしょうということで、もうルルさんご夫妻のバイブル本、もう人生で特に何回も読み返した漫画だけがここにあるっていう。どうですかルルさんこれ。ああ、すごい。いいですよね、はい、なんか大好き。目線の位置に好きなのがいつでも読めるっていう。いつでも読めるし、旦那さんの大好きなガンプラとルルさんの好きな漫画とっていう、まあ、好きなものが際立った空間になってますね。なんか前までは一番上だったので、はい、もう読みたくてもうちょっと取るのが面倒でももういいやと思っちゃったんですけど、ここだとすぐに取って読めるので嬉しいです。うんうん、よかったという感じで、あと残りの本はもう実用書、参考書だったりビジネス書なので、もう下の段のここに入れていきますという感じで、じゃじゃん、上にたくさん積んであった本たちもですね、もうここに全部下に集結してます。まあここは実用書、まあ、ビジネス書しかり、小説、参考書など、ここはちょっと仕事関係の書類っていうので一旦こんな風に置いてます。いいですね。まあ、あとちょっと細かいところで言うと、このケーブル配線とかちょっと今から整えていこうかな。本棚のここにですね、LAN ケーブルとかがあるので Wi-Fi をここに置かないといけないっていうので、ちょっとここも整理します。はい、ということでケーブル配線を隠すためのなんかいい感じの箱ないかなと思って、この例の備蓄部屋に来て、理想はああいう感じで穴が開いてある、あそこの穴からケーブル通して箱に隠せるとスッキリするかなと思ってここに来たんですけど、いや相変わらずの備蓄の量、さすが1年分ということで、これ使ってもいいですか？はい。これなんか入ってんのかなこれ。入ってないです。これ入ってないんですか？これ入ってないんですかこれ。なんかこんだけあって、はい、使ってないんですか？もうこれも空箱ですけど、よくよく見たら、おお、なんと備蓄してるって言ってたから大量に詰まってんのかなと思ったら、なんとあそこら辺一体全部。はい、入ってないです。ああ、じゃあなんか今後買い揃えてここに入れようみたいな。そうなんです。もう収納から先に買い揃えていって。ちょっとホッとしました。僕3日間でこれ減らし終わるかなって不安があったんですけど、そこら辺入ってないんだったら意外といけるかもというので、なんとこれ空だったので、これをなのでちょっとこのまま配線ボックスに使っていきます。はい、ここのケーブル配線をちょうどこれがジャストフィットなんじゃないかなと思って、ジャスト、よし、これでうまくきれいに隠していきます。はい、こんな感じで今入れ込んでて、でここをさらにきれいにするためにこれ使います。なんとこれ余ってたらしい。なんか掘れば掘るほどいろいろできますね。まあちょうど欲しかったんでありがたいんですけど、まあでもこういうねちょっと100均でいろいろ買ってるのも、整理収納の本とかもありましたけど、多分そういう時に使おうとしてっていうんですよね。そうですね。買っても使い切れてない。なかったやつちょっと使わせていただきますが、って感じで今こんな感じで今ケーブルを束ねております。まあ、という形でこの配線のやつ借りてですね、うまくすっぽり収まりました。であとのそのまんまもうこの蓋をかぶせれば、じゃじゃじゃん、こんな形ですっきりしました。はい、ということでここも整理終わりまして、ケーブル配線も綺麗にすっきりになりました。いかがでしょうか？はい、もうここもこんな綺麗になったんだ。そうですね、おかげさまではい配線ケーブルのやつがあったので、こんな方法ちょっと思いつきもしなかったので、いつもここら辺は配線でごちゃごちゃしてて、配線にホコリがすごいんですよね。はい、うんうん。なのでちょうどこういう風に蓋付きで綺麗に収まって嬉しいです。備蓄のものが役に立った瞬間。まずぜひ皆さんもこういう家にカゴが余ったりしたらこういう風に使い回すのおすすめです。よし、最後みつさんのここ行きます。でここも一旦デスクの上どんどん出しちゃって大丈夫です。特に気になったのがここですね。ちょっとここも出しちゃいましょう。丸ごと出しちゃっていいです。ということで今机の上にあったものも出していただいて、例えばさっき大量の紙袋があったんですけど、これいります？いらないですね。すぐに使わないし。紙袋いらない。こういうのいいっすね。これ多分綿棒かなんかのケースにいろいろ雑多に電池があったり、ドライバーが使い分けてるのかな、違うドライバーなのかわかんないですけど、ここに領収書がバッてやってるみたいな。そうですね。なるほど。もう綿棒のこのケースが大活躍っていうので
でここでいるやつは極力ここに置かずに、本当にここで使いたいやつだけをこっち置いて、さっきの経費とかはあっちでもいいと思うんですよねっていう風にちょっと仕分けをしていって、ここに置く量を減らしていきます。なのでもうここから先に今本当にここに置くべきものだけを今厳選してもらって、ペンとカレンダーとパソコン以上、確かにこんだけあったら困んないですね。むしろこれの方がなんか仕事に集中できそうというか、もうちょっと後で整理はしますけど、で逆にあとここにあるものは、こういうたまに使う文房具だったり細々とした書類なので、ここはもう少しいらないものを減らして、でいるものはそっちに置いていきます。ちょっと見てほしいのは特にここですね。こちらがですね、アメンボの空きケースっていうので、ここにドライバーが2本とかペンがいっぱいとか電池があったりっていうので、ちょっとここも一旦全部出しますね。で文房具は分かりやすくもう同じ機能で被ってるものを減らすっていうところで、例えばドライバーが2本あるのは両方いますここにある必要はないかな。ここにじゃなくてもいいかなとか、あとここにもペンが何本かあるんですけど、こちらいかがでしょうか。ここにいらないですね。はい、この辺もここではなくていいですし、電池もここでなくていいかなとか、あとペンに関して言うとどうでしょうか。もういらないですね。いらないですし、いらないですし、多機能ボールペンありますよね。多機能ボールペンって実はですね、ここにも残してます。いらないですね。そう、同じものがありますね。文房具とかも分かりやすく機能が被ってるものを減らすっていうのは結構減ります。例えば人によってはネームペンがめっちゃ多いとか、黒のボールペンが何本もあるとか、で被ってるものはもう本当にストック入れても2本あれば全然、文房具なんか特にもうスーパーとか近所どこでも安く買えますし、そんなたくさんストックしておく必要ないので、結局ここに置いときたいものがこれですねっていうことを考えると、このデスク周辺に置いときたいのもこの2本あれば十分ですもんね。これはもう減らすなり、ちょっとここじゃない場所、もうちょっとリビングとかちゃんと使う場所に置いてもらえればいいかなと思います。って感じでここも手放すことが決まりました。すごい。これだけでよかったんだ。本当にそうです。あんだけいっぱいあったけど、ここに置くべきものはこの2本あれば事足ります。なんかすごい生産性高そうなデスクになりそう。これを整えたら素晴らしい。ここに置いとくべき必要なものはこんだけっていうのが決まったので、まずノートパソコンはこれとつなぐ必要があるから、僕だったらこれは一番いいのはこの字ラックみたいなのがあって浮かせて下に置くとかするといいですし、ない場合は、後ろに置いとくって形にして、これにつないでここに投影しますよね。ちょっとやってみましょうか。実際にこんな感じかな。でもこうですね。そうですね。すごいはい、すっきりしましたよね。なんかできるデスクっていう感じなんです。しますね。だからもうここでタイピングして、で必要になったらペンパッと取り出して、でカレンダーもここで見れるからパッと探せますね。なので僕だったら常にこの状態キープして、たまに使うものはもうこっちに置いとくっていう形にしますね。で今ちょっとどんどん整理していってるんですけど、あとね気になったのがこれですね。これ何が入ってますか。ハンディファン、ハンディフォン、悟り線香、名刺入れの捨てるやつを捨ててないやつ、これもいらないやつ、はい、結構いらないのはこれも多分使ってないけどなぜかある、はい、なぜかまたドライバーさっきもドライバー、さっきもドライバーこれありましたけど、ちょっとここも含めて見て、はい、というのでここ周辺紙袋しかりもろもろここ全部いらなかったやつで、なんか必要だっての蚊取り線香だけなのおもろいなはいというのでここも全部手放します。はい、ということで見直した結果こうなりまして、上にあった本もなくなり、ガンプラとお気に入りの漫画と本も置けて、でここに仕事に必要なものを置いてます。でそのまんますごいデスクの上がミニマルになりました。素晴らしい、生産性高そう。これは仕事できる方のデスクの上ですね。実際よくある話では仕事できる人の机は綺麗に整頓されてるみたいな話あると思うんですけど、実際そういうのを証明するデータもあったりします。なんでデスクの上が散らかってると仕事できなくなるかっていうと、やっぱり物がごちゃごちゃしてると仕事に集中してたら散らかってるものに気を取られて、で気を取られた集中力をまた戻すためにこのエネルギーのロスが発生して生産性が落ちるっていうような話があったりして、これだったらねもう本当に仕事に集中できますよね。今まではねここにいろいろ書類があったりごちゃごちゃした文房具があってついここに気を取られちゃうっていうのがあったと思うんですけど、素晴らしい。いかがでしょうか、みつさん。すごい綺麗になりました。確かにそれを言われればわかるんですけど、なかなかできないこともあったなっていうのは感想ですね。なるほど、理屈として分かったけどっていうところと、もう長年ずっとこれ生活してたから。そうですね。長年ずっとここのものは気になってました。ここですよね。
多分ルルさんなりに、ここのものもうちょっと片付けてほしいなっていうのもあったと思いますし、特にここ階段の上り下りをするから、こうやって登っていく時にこうやって目につきますもんね。ここ片付けたことによって階段の上りをする時のごちゃごちゃもなくなったと思うので、すごい綺麗な空間になりました。はい、ということでここが見直し終わって、ミキさんにあと見てもらいたいのがこっちですね。ここにそのまま階段下の収納がありまして、特にテーブルですね。これがちょっとミキさんが見ないとわからないものもあるっていうので、もうここで一気に見ちゃいましょうか。ここ全部出します。ここすごい煙が出てた。煙ですか？どうされました？これが焦げちゃって、ここが焦げちゃってす匂う。ごい熱い。これが近づいてたんだ。危な。さっき何が起きたかっていうと、ここが黒焦げになってるんですけど、こっち電球つけてたら、その電球のとこにこれが当たってつけてる間ずっとここが焦げてたっていう、ものがぎゅうぎゅうに詰まってるせいで電球と接触して、すごい煙が出てました。危な。これ本当に物が多いせいで起きてる火災ですからね。はい、なのでここにも今全出ししてますが、もう突っ張り棒を使ったりラックを使ったりも最大限空間を使おうっていうのが感じられますが、奥の方が特にこれも備蓄系ですね。お水、しかもこれ10年保存水、素晴らしい、結構いいお値段するやつですね。お水にも賞味期限があるからですね。ここちょっと一旦置いときます。備蓄系最後にまとめてみますが、備蓄以外は全部出せました。はい、ということで全部出しまして、ここどういったものが入ってますか？これとこれが家を建てた時にそのままついてきたもので、はい。でこれが裁縫道具、これがおー、素晴らしいものが。どうやって処分すればいいかわからなくて、どうやって処分したらいいかわからない、古い iPhone4 とか、もうめっちゃバキバキ古い時代のですね、懐かしの iPhone たちが出てきましたね。これは捨て方としては基本的に言うと、中身を初期化して、 iPhone の場合はボタン一発でリセットがあるので、そのボタンを押してもらってリセットした上で、おすすめは2つ。1つ目は3大キャリア持っていく、 au、ソフトバンク、ドコモ。この3つだったらドコモで買ったやつもソフトバンクが回収してくれたりとか、基本的にキャリアに持ってったらスマートフォンは回収してくれます。ちゃんとセキュリティ面とかも含めてしっかりしてるので、迷ったらまず3大キャリアに持ち込んだら無料回収してくれます。もしくは、小型家電回収ボックスって言って、自治体によっては役所だったりとか、あとスーパーの入り口とかたまにそういうのあるの見ると思うんですけど、あと家電屋さん、ヤマダ電機とかヨドバシカメラとかにたまにそうですね、そういった場所に小型家電回収ボックスっていうのがあって、スマホに限らずノートパソコンとかモバイルバッテリーとか、バッテリーが入ってるものって家庭ゴミに捨てられないので、そういったものは小型家電回収ボックスに持っていくのがおすすめなので、ちょっとこれは宿題でまた動画送ってもらおうと思うんですけど、これ持ち込みお願いします。じゃあこれはもう手放して大丈夫ですね。すごいスカスカの収納ボックスでしたね。ここにチェキが入ってインスタックス、最近若い子の間でちょっと流行ってましたけど、これ使ってます？たまに使ってますけど、はい、2、3年は使ってないです。2、3年は使ってないってことだったらもう今後も使わないですね。ちなみにチェキにハマってた時があるんですか？箱とかに入った骨董品の出さずに写真を撮って箱に貼り付けている。整理収納に使ったみたいな。そうです。じゃあ箱の中身を写真撮ってこれが入ってますみたいな整理収納アイテムですが、もうこれ大丈夫ですね。じゃあ、OK です。じゃあこれも丸ごと特にこれちょっと一緒に見ていきたいところですね。これも全部出しちゃいましょうか、中身一旦。使ってた Wi-Fi ルーター系、これ絶対いらないですね。もういらないですね。使わないマウス、LAN ケーブルとか充電器系、はい、ここの片付けのコツで言うと、もう明らかにいらないマウスやら LAN ケーブルがあるんですけど、基本的に僕の考えは、予備のケーブルは1本もいらないっていう考えですね。なんでかっていうと、例えばそこにライトニングケーブルとかUSB ケーブルも、あと LAN ケーブルとかもあるんですね。例えばこういう最近の USB-C とかインターネットの LAN ケーブルなどなどあるんですけど、こういったものをもう100均で売ってます。100均とかでも買えるし、基本的に、もうこのまさにこれがそうなんですけど、ちゃんと束ねられてますけど、多分これ何かガジェット買った時の付属のケーブルですよね。でも皆さん多分自分でお気に入り使ってるケーブルがリビングとかにもありましたもんね。基本的に皆さん今使ってるケーブルで生活事足りてるから、予備のケーブルって極力これ全部なくしても困んないはずなんですよね。
必要になれば最悪変えるっていうので、例えば何かわかんないですけど、じゃあ布団乾燥機専用のものとかクリーナー専用とか、それ専用のケーブルとかあったりするんで、そういうのがあったらそれは抜いてもらいたいんですけど、もうこういうどこでも買える既製品とか付属のオプションケーブルっていうのはもう絶対これ取っといても使わないです。使う場面があってももう簡単に手に入るので、基本的になんで僕はもうここ見た瞬間に全部捨てます。多分これなくてももう数年生活できてるものだと思うんですよね。っていうのが一応僕からの最初に言えることですね。逆にもういるケーブルだけ選ぶ方がいいと思います。捨てるもの選ぶ。電源系はいるんじゃないかなと思ったんですけどね。電源この延長ですね。延長ケーブル系。延長ケーブル系ですね。ただそうだな、もう延長ケーブルもちょいちょい実はあっちにもあるんですけどね。そ犬のお風呂入れる時だけ使ってね。使ってますね。割ればいいんじゃない1個あかっていう。ればいいです。っていう風に今みたいにこの犬のお風呂使ってる時で使ってるっていう風に用途が説明できるものだけは残して OK なんですけど、もう逆に言うとそれくらいですよね。そうですね。ドライヤーかける時とか。これ1個ぐらいですね。そうですね。なのでもう今みたいにちゃんと用途が説明できたものだけは残して、それ以外はもう全部捨てていいですね。結構こういうご家庭多いです。そう。タコ足のこれとかも100均に売ってます。これももう。まさにこういつか使えるかもとか取っとくと使えそうっていうものがここに溜まってると思うんですけど、こういういつか使えるかもを残し続けると家はどんどんゴミ屋敷になりますし、これは簡単に買い直しできるのでいいと思います。だともうこのラックももう多分こんだけ減らしているのこれだけなんで直置きでいいと思います。ということで、あそこから全出しした結果いるのはこんだけでした。布団乾燥機とバーベキュー用の椅子と、あとワンちゃんグッズ、ペットシーツとかワンちゃん系のものだけでした。っていう感じで、ここ今大量にもういらないものがいっぱい出てて、あっちもすごい。でこれで終わろうと思ったら、そういえば忘れたのが CD。 ここも最後見て終わります。これだけちょっと撮っておきたいです。これははいなんか思い出が私の好きな映画の載ってるけど、これも Amazon とかで見れるんですけど、でもちょっとたまに見たい時があって、現物で欲しいって話ですね。これは学校あれですか、よくある友達が焼いてくれたんですよ。クリスマス会っていうので、本当だ。でこれも友達が焼いてくれたショーの時のさっきのグローの雑誌のショーの時のものとか、そうですね、ここにありますね。これは高校の同級生なんですよ。高校の同級生、かぐやっていうグループなんですけど、はい、すごい同級生が出てるっていうので、はい、じゃあもう本当にいるのはこれだけですかね。はい、これもいらないですね。いらないですね。もうあっちに直置きでいいと思います。で逆にこれいるやつはちょっと戻していきましょうか。はい、もう電気つけても焦げつかないですね。直置きで。危ないですねこれ。そう、これ危ないと思います。これも取っちゃいましょうか。まさにさっきここに置いてたら上の電球と当たっちゃって煙が出て黒焦げになって火事になるとこでしたけど、これもなくても床に直置きで収まっちゃいます。でこれも取っちゃいます。というのですごいここをなくしたら広っめっちゃ広いですよ。こんな広かったんだっていうくらい、なんと人間と犬1匹が入れます。入れますというくらい広くなりました。ワンちゃん見てると物減らしたかどうか分かるんですよ。ワンちゃんいるご家庭減らしていくと行動範囲が増えるんで、ワンちゃんが積極的になんか動き回りますね。頑張れ。おお入った。入ったすごい。なんとダリちゃんが入れるくらいまでここが広くなりました。素晴らしいし、まだ明日以降見ていきますけどあそこの備蓄減らしたらもっと空きますよ。そしてその裏には大量の不要品がいっぱいこんだけ減らしてます。素晴らしい、すごい。ということで今日一日でこんだけ不要品がいっぱい出てますが、ということで時刻が7時ですね。6時間ぐらいぶっ通して片付けて、こんだけの不要品が出てます。この調子で明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今大量のこの減らし終わって、実は今カメラの裏にですね妹さんがいらっしゃいます。ルールさんのでちょっと顔出しはしたくないってことなので、ちょっと裏で天の声的に今いらっしゃるんですけど、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうですか、こんだけ。すごいですね、びっくりしました。なんか姉の家でこんな不用品出るのかなってちょっと疑問だったんですけど、こんなに出るもんなんですね、さすが。そうなんですよ。特にお姉さんのお家ってそれこそ備蓄とかは多いんですけど、お家が広いから、それこそさっきの下のリビングのワンちゃんがいる部屋とかすごいミニマリストっぽいというか、床が広くてすっきりしてる感が、だから何もないと思ったんですけど、こんなにねこのゴミ置き場になってるスペース実はあるものがなくなってるんですけど、ソファー？そうなんですよ。
さんのソファー。ソファーはお友達のふーさんに譲りました。そうなんだ、よかったね。じゃあ誰かに使ってもらえるなら。というので今ここ映してる理由なんですけど、このお二つ妹さんが今欲しいということで。はい、いただけるならいただいてもいいですか？上の部分とこちら。はい、素敵。お願いしちょっとます。植物を置きたいなと思って。そうですね、もう不要品どうせねゴミにするよりは身内だったらすぐ今日もうこの後今からはい引。き取ってもらうので、そうですね。これ運搬します。ということでじゃあ妹さんこれ後よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、ね、もう夜の7時過ぎですけども、もう長時間6時間以上片付けましてちょっとお疲れだと思うので、ありがとうございます。一旦ご飯休憩で、あたかも僕が振る舞ってるからもてなしていただいてるの僕なので、僕のためにこのサーモン尽くし、サーモン尽くしですいっぱい今日1日目、もうミツさんのものはもう完璧に減らし終わったので、1日お疲れ様でした。でもミツさんは多分もしかすると動画出るのここは最後かも。明日以降ちょっとお仕事でちょっと僕と時間が被らないので、もう減らしていただいてありがとうございました。で、もう明日以降はルルさんですね。はいルルさんの服だったり備蓄のものを見ていくので、あと言い訳できなくなりましたね。もう旦那が減らしてくれないとか一切もなくなってるので、あとはもうルルさんがいかに減らせるかってことにかかってるので、わかりました。じゃあ明日2日目よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。ということで本日2日目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日旦那さんのみつさんがお仕事でいらっしゃらないんですけど、お友達の方はなんと昨日から泊まりで2日連続お世話になってます。助かりますということで、ちなみにお泊まりされたのそうですけど、快適になりました。寝れました。ぐっすりです。お、よかった。とやっぱ物減らした翌日はぐっすり疲れもあったと思いますので、ぐっすり寝れたね。寝ますよね。みんな言うんですよ。この片付け企画に出た人も出た後ぐっすり寝れるって。すっかり今日も寝た分頑張りましょう。はい、お願いしますお願いします。今その本読んでくださってましたね。すごい2冊あるんですよね、ここに。ルルさんの分と、私のです。もしよかったらサインでも。サインも。あ、最後じサインでゃあ後ほど。ふーさん今日までいらっしゃいます？今日はまた一回帰って、でまた明日午後から。あ、じゃあ明日はい最終日に書かせてください。片付け終わったご褒美に書かせていただきありがとうございます。ます。すごいちょっと上から目線であれなんですけど。いやいやいやとんでもないです。じゃあちょっとまた引き続き頑張りましょう。頑張ります。ということで今日はですね、旦那さんがいない分もうルルさんの番ということで、早速ルルさんのクローゼットを片付けに2階に登ります。はい。ということで2階に登っていこうと思うんですけども、いや階段登るとこのこの景色はめっちゃ綺麗なんだけどすげえ、ちょっと待って、なんか自分で減らしといてなんですけどめっちゃ綺麗ですね。ここもそうですけど、このお家ってやっぱり日差しがいっぱい入ってくるからこそマジで綺麗すごい。昨日時点は旦那さん最後って話したんですけど、実は旦那さんちょっと3日目リモートワークでまた明日最終日はいらしてくれるということで、ちょっとまた旦那さんの感想を聞けるのも楽しみにしてますし、こちらがどういったものになりましたでしょうか？こちらがはい布団干してたんですけど、はい。これもちょっといらないかなと思って、で、こちらもクッションがもうへこんじゃってるので、はい。これもちょっともう手放すという手放そうと思って。ことで、昨日僕が帰った後にやっぱり、ここにあるものをやっぱ手放していいんじゃないかっていうところでそうです。見直してくださってるので、はい。いいですね。なのでもうこれも手放します。ということで、じゃあこのまま2階に行ってルルさんの服を減らしに行きます。はい、ということで早速ルルさんの服を減らしていくんですけども、昨日と同じですね。私服の制服化で毎日同じ服着てるとかではないけど定番の服みたいな。そうですね。よく着ます。っていうので2人とも同じような黒いシンプルな長袖シャツとスラックスっていうので、もう全くおそろのコーデですけどということで、まずここに置いてあるのが昨日ミツさんのクローゼットに紛れてたルルさんの服たちがここにあって、今から早速もう見ていくんですけど、もうやること一緒ですね。はい。全部出します。はい、ということでルルさんのウォークインクローゼットに来たんですけども、もうエルメスの箱が美しい。もう僕人生でこんなにエルメスの箱に囲まれた部屋片付けることないだろうなと思って、ちょっと逆に名残惜しいというか僕でもちょっと捨てる気満々で言いますけど、ちょっと待ってくださいね。どうですかこの箱に関して言うと、ちなみに全部空箱ですもんね。空箱です。ただテンションが上がるのでで飾ってるだけなんですけど、これはもう全部買われたものですか？はい箱
実はエルメスの箱って僕、同じようにこう好きな方がいて、僕売りに行ったことあるんですよ。もうどうしてもなんかエルメスの箱を捨てるのが嫌だからっていうので、リサイクルショップ持ってったら、まあ50円だったんですよね。もうこういう大きい箱とかでも。だからそのエルメスの箱自体に僕価値はないよっていうのは言ってるのと、まあそれこそメルカリとかでも実はなんかエルメスの箱何個セット500円みたいなとかで、実は買えたりします。どういう人がエルメスの箱これ買うんだろうみたいな。例えばですね、箱を捨てちゃって本体はあるんだけど、なんか人に譲るときにまた箱買い直すとか、もしかすると見えっ張りな人がエルメス買えないんだけど箱だけ買うみたいな人がいるのかなとか思ってメルカリのとこ見たんですけど、そういうのではないですよね。もうこの空間だけのために、誰かに見せるとかではなくて、もう私がなんか癒されるっていうかテンションが上がるので、なのでなんかこう見せるために空箱だけ安く買ったとかでもなく、自分だけの空間みたいな感じで。ですね。っていうので、だからもうこれだけのエルメスを買ってきてるのも結構な金額だと思うので、お仕事頑張ってきたとか、いろいろあると思いますしね。ここに手をつけるのもなんか逆に僕もなんかこう恐れ多いみたいなのあるんですけど。というので、ちょっとエルメスの話が長くなっちゃいましたけども、はい、まずここの服全部出します。でも今全部出してと思ったんですけど、かかってる分は決してそこまでぎゅうぎゅう詰めではないですね。ただね、まだこっちにもあったりとか、こっちにもあったりとか、皿のこっちにも畳んで置いてあったりするので、全部出してみると意外と量があるかもしれません。っていうので、一旦ここも空にしました。で、ここ全部空にしたので、そっちも出していくんですけど、昨日みつさんも、ここに入れてある服ってほとんど着てなかったじゃないですか。物減らす云々とよりは、マイホームの作りの問題だと思うんですけど、僕、この扉のせいだと思うんですよね。この扉がめちゃくちゃ使いづらくて、こういう風にめっちゃ移動させてようやくこっちが開くみたいな感じ。ここもそうですね。どこを開くにもこう扉があって、さらに、ここの扉を開けるとここと被るみたいな、こういう問題があったりして、僕だったらもうこの扉全部取っ払います。多分扉ない方が、こんだけなんかこう、アパレル屋さんみたいな、おしゃれなクローゼットだから、僕だったらこれありのまま見せた方が逆におしゃれかなっていうのは思ったとこなんで、これはなんか今すぐってことではないんですけど、僕が家作る時だったらこれもなくしてそのまま見せますね。特にルルさんが持ってる服とかって結構いいブランドのものとか、一着一着上質なものが多いからこそですね。わざわざ隠す必要もないかなっていうところと、物を減らせばぎゅうぎゅう詰めにならないからですね。っていうのが一応僕だったらこうなくしますっていうのは思ったところですね。という感じで、こっちもどんどん出していきます。っていう感じで、下にも着てるんですけど、他に服もうないですか？旦那さんのところに、無意識にかけてました。なるほど。そっちにまだありますね。ちょっとね、まだずっとここにかけるのが癖になったと思うんですけど、こういうの含めて、多分まだ家のあっちこっちに脱ぎ散らかってる可能性があります。という形でこんな風に家中にある服を一箇所にまた固めていきます。はい、ということで服の全出しが終わりまして、今から減らしていくんですけど、今日ルルさんがもう事前に買い取り業者の方、結構ね、今回大型家具とかもいっぱい手放すから、出張買い取り、2階にあってちょっと2人だと運べないものとか含めて見てもらうついでに、ルルさんのご自宅にはこういうちょっと高いものもあったりするので、いくらになるのかも見てもらおうと思ってます。売る予定とかってあります？高いところが見つかれば今日より結構何万も変わってくるところがあると思うので、そしたらもう家具とかお金出してでも引き取ってもらった方がいいかなと思うんですよ、別のところでも。ちょっとここにあるエルメスとかもおいおいちょっといろいろ査定出してみて売っていいかもなとは思ってるって感じですね。ということでこの後業者さんが来るので見てもらいます。一応メルカリとかで出てるんですよ。正直この金額では絶対無理なんですけど、300万でメルカリで出てるんですよ。でも、売れてないんですよ。そうですね。あくまで1ヶ月間売れてないんで、この金額の買い取りはまず無理なんですよ。うちで130出ます。130。一応200万ぐらいにはなるかなって。わかりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、買い取り業者さんが来まして、見てもらったら、これ、今俺目の前に200万円があると思って、これ車買えるじゃんと思って。そうですね。しかも僕、何よりびっくりしたのが、買った時の金額も全く覚えてないっていう、結構なお金持ちですか？そんなことないです。多分動画見てる人からすると、もうセレブに多分見られてると思うんですよね。基本的に昨日もですね、ソファーとか自分たちで運べるものは下に運んで譲ったりもしたりとか、ちょっとこの後粗大ゴミに出したりとかも考えてるんですけど、ちょっともう明らかにこれちょっと僕たちで運べないものとかは業者さんに頼んでっていうので来てもらって、結果でも家具は基本値段つかないですよね。そうですね。今回も基本的に手放したいと思ってたのめっちゃガラスと木製の大きな横長い棚も基本 1.1 万円。
僕もいろんな方片付けてるので、ジモティーだったら、地元の掲示板という形で無料で譲れたり、どうしてもちょっとジモティーが使えないとか、プライバシーの観点で使いたくない人とかは、粗大ゴミとか使ったりするんですけど、僕、出張買取とか業者さん使うのが、もうどうしても僕たちで運べない時ですね。例えば2階3階にあってとか、女性1人でって時は、とか、あと学習机とか大型の家具とかなかなか自分たちで運搬できないから、そういうのは業者さん使ってもいいですよって言ってるんですけど、最初、業者さん頼んだ時に、いくらで売れますかねって言われて、で、僕多分値段つかないどころかお金逆に取られると思いますって言ってたんですけど、その通りになりましたね。そうですね。家具の出張買取ってみんななんか、不要品も減ってお金ももらえてラッキーみたいなイメージあると思うんですけど、もうほぼそれ起こらないです。よほどの有名ブランドの家具でかつ、傷もついてないみたいな状態じゃないと、ほぼ引き取ってもらえないし、よくあるニトリ、楽天、アマゾンとか、有名な家具とかでも結構傷がついてたりすると、穴開きみたいな話がありましたけど、そうですね。地震対策で全部つけてたので。まさに地震対策でそういう穴開けとかしてるともう一切値段つかなくなったりするから、っていうのがいろいろ今回ちょっと来てもらって分かりましたね。そうですね。ちなみに目の前に200万かって話しましたけど、もう買った時の値段は一切覚えてないみたいな感じですか？本当に。大体は覚えてますけど、それよりはだいぶ高くなって。そうですよね。定価より上がってて。でも本当は言うと、ミニマリスト的な価値観で言うと、こういう買い物すべきなんですよね。ちょっとルルさんのおっちゃんも物量自体は多いですけど、今後は物減らしていって、量より質で、こういうちゃんと値崩れしないものとか、リセールバリューって言ったりしますけど、僕とかも基本的に家具家電買うときは、例えば僕だったら毎年 iPhone 買って売るってことやってるんですけど、iPhone だったら1年使ったらじゃあ7割返ってくるなとか考えながら買ってるんですけど、物が多いときって安物買いの前日でそういうこと考えずにポンポン買って捨てていくってことになりがちなんですけど、やっぱ手放すときにもちろんね、やっぱりこういう風に値段がつくに越したことはないから、これってお金使ってるけど使ってないのと一緒じゃないですか。どうせ帰ってくるんだったら。そういう意味ではなんかいい買い物してるなとは思うんですけど、これ買ったのいつ頃ですか？買ったのは、これは結構前ですね。10年以上、もっと前かもしれない。30代の時に買ってるんですね。結構その時お仕事頑張られてみたいな。もう結構当時って一大決心で買ったみたいな感じですか？その時は、エルメス貯金みたいな感じで、コツコツと18の時から働いてるので、で百貨店に勤めてたんですよ。で先輩たちがやっぱりその当時はバブリーな時代でエルメス好きの先輩がたくさんいたんです。でそれで先輩たちがこういうのを持っててすごく憧れを抱いて、欲しいんだったらエルメス貯金しなさいみたいな感じでコツ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 貯金しました。すごい。だからさっきちょっとお金持ちみたいな話しましたけど、決してそういうお金持ちでお金頑張ってみたいな話ではなく、ちゃんとこうエルメス貯金っていう形でもう結構それがモチベーションでお仕事頑張ってたみたいなとこもあるだろうし、これちゃんと貯金するって言って変えてるのがすごいというか、多くの人ってやっぱ貯金しようとは言いつつ結局じゃあ違うことにお金使ってたまらないっていうのがある中で、これすごいなと思って、しかもこれね、買ったものの本当一部ですからね。ちょっとルルさんの人生がこう垣間見えたというか、ね、若い時にもう本当に僕はしかもね、10代の時から意識しながら貯金してたわけですから、逆に言うと結構だから長年生きてきて結構エルメスに使ってきたお金の割合って高いです。高いですね。だからエルメス部屋っていうのは見ててテンションね、もう見てて心が落ち着くって話があったと思うんですけど、ルルさんの人生捧げてるものの一つと言っても過言じゃないですもんね。そうですね。でもそれを今回査定に出して、手放そうと思ってるくらいの覚悟ではいるから、そうに心境の変化もあったと思うんですけど、また引き続き、まずは服減らしていって、エルメスはどこまで減らすかとか、また話し合っていくんですけど、じゃあちょっとこれは大事に保管していただいて、ちょっとまたいくつか買取業者さん出して高いところに売る予定ではあるんですけど、動画が終わった後いくらになったのか、最後までご視聴ください。僕も楽しみにしてます。ちなみに上は空だけど、そこだけは入ってるって感じですね。そうですね。ここは全部入ってるもの。で、ここは未使用でしたけど、ここは使ってるとかですか？これも未使用です。じゃあもう本当に、さっきエルメス貯金10代の頃から OL 時代から頑張って買ってきたって話あるんですけど、多分値段が高いからこそ使えないとかある。そういうわけじゃないんですけど、憧れのものを手に入れちゃったら満足しちゃうんです。それでいざ使おうと思うと重くて使えないって。だからもう本当にどっちかというとコレクションのね、そんな感じです。ですよね。本当のお金持ちはバンバン使うんだと思います。
ます。なるほど、なるほど。貧乏の人に限ってこうやって取ってもらう。まあ貧乏というか、ちょっと背伸びして買ってるくらいの、一般的な別にね、貧乏とかでもないですし、全然。けど、一般的な会社員の方とかが、普通に貯金して買っていくと、こうなってくるというか。そうですね。背伸びして買ったけど、結局使わなかったっていう感じです。なるほど、なるほど。物は使ってなんぼっていうのは一応僕は思うけど、でもルルさんにとってはどっちかというとエルメスが好きで、変えたこと自体が嬉しいとあったと思うんでね。はい、ということでエルメスのもろもろが終わったので、服今から減らしていきます。まず、ちょっとここの畳んであるゾーンですね。吊るしてなくて畳んでなかったゾーンからちょっと見ていくんですけど、こちらいかがでしょうか？もう着ないです。着れない。これ着ない。これ着れないって話があったと思うんですけど、これサイズ的に？サイズ的にもう着れないです。なるほど。これいつ頃買われた服ですか？10年ぐらい前だと思います。ここにある服たちって、さっきのエルメスとかもそのね、20代、30代の頃にエルメス貯金して買ったものがあったりしましたけど、いつ頃からの服がありますか？新しいのもあります。古いのだと10年ぐらい10年分ぐらいの服が直近まであるって感じです。じゃあこちらは大丈夫？はい。はい。っていう感じで、ちょっとこれが今迷ってるっていうので、これがですね、タグがついてて、未使用の服なんですけど、ハリーポッターって書いてて、8500円で買われた形跡がありますが、ハリーポッター好きなんですか？去年、年前の跡地にできたハリーポッターのそういうイベントの会場みたいなところがあるんですけど、はい。そこに行った時にテンションが上がって妹とそれで買ったんです。なるほど。昨日来た妹さんと、で、結局着れないっていうことですね。結局着てない。迷われてる服のない一つですね。であればこちら大丈夫かなって感じで、買った時の思い出はね、あると思うんで、手放していただいて。これ手放すそうなんですけど、全く同じ色違いですね。色違いで買ったんですけど、ちょっとサイズが大きすぎて試着しなかったので。試着しなかったというところに失敗点がありますね。そうですね。しかもこれ試着せずに2点買っちゃってるから、なおさらもったいないですね。基本的に僕は色違いで、本当にお気に入りのものがあったら僕色違いで全然買ってもいいと思うんですけど、気をつけないといけないのは、これいいって言って、可愛いと思って多分色違いで揃えたくなったと思うんですけど、今回学べることで言うと、まず試着するっていうことと、まずは1個買ってみる。1個買って、で、引き続き着てよかったらまた追加で買い足すとかやっていくと、失敗はしないで済んだかなっていうのは、そうですね。見えておりますね。服が多い人の共通点として、ネット通販で買ってる人が結構多くて、で、ネットで買って実物届いてなんかイメージと違って、結局返品するのがめんどくさくなってみたいな人はよく見るし、なので僕は基本的に服買うときは必ずお店に行って試着して買ってくださいっていうのを言ってるんですけど、お店に行ってる人とかでも普段 S サイズだからっていうので試着せずに買われる人いたりするから、実際昨日見てたのもそういうのありました。で、もう買う服は必ず皆さん試着しましょう。迷われてずっとタグがちょっとお借りします。これが未使用のタグがついてる。これはレギンス？そうですね。レギンスか。うお、いくらですか？覚えてます？覚えてないですね。覚えてないとのことなんですけど、いくらだと思いますか？答えはこれです。1万円ぐらい。残念、28,600円です。3倍します。これちょうど今からの季節だと思うんで、もう着てあげた方が。そうですね。だからもうタグ取っちゃいましょうか、今。タグ取って、もう明日以降から着ちゃいましょう。眠らせてももったいないですから、着ようということになってるんですけど、これいつ頃買われたやつですか？まだ最近だと思います。最近って言っても。1、2年。1、2年ぐらい前。1、2年間着てなかったっていう時点では、いらないんじゃないかと思っちゃうけど、もうそこまでして着たいんだったら今タグ取っちゃって。タグ取ってもう今年の冬に使っていただくということで、ただやっぱり結構聞いてるとやっぱり買った時そんな値段覚えてないみたいな、でもやっぱ金額にするとやっぱ数万単位のものがちょいちょい出てくるから、別に今お金特段困ってるとかはないっていうのはあると思うんですけど、めちゃくちゃじゃあ余裕があるわけでも多分ないと思うから、もう今ここ最近は結構ミニマルライフつけてるくらい意識変わってきてると思うから、ちょうど転換期というか、ここから先は多分こういう買い物はせずにもう買ったらすぐ使うってところ。そうですね。今後は老後資金をちゃんと貯めていければと思います。無駄遣いせずに。そうですね。老後資金貯めたいとか、それこそちょっともうマイホーム手放して都心部行きたいとかいろいろお金もかかってくる時期だと思いますので、ちょっとなのでここら辺ちょっと服減らしながらそういうちょっとお金の使い方だったり、買い物の仕方もちょっと見直していきたいなと。そうですね。変えていかないといけないなと思います。ちなみにルルさんは結構ここのクローゼットで普段身支度してる感じですか？そうですね。私はここです。毎日来ます。ここに。旦那さんのミツさんはもう全然ここのクローゼット使ってないっていうので、もうなんなら1階にクローゼット作りたいっていうので下ろしたくらいですけど、ここはなのでちゃんと今後も使っていくって感じですね。そうですね。私にとってはここ
の空間が大好きなので、毎日何回か癒されに来ます。おー、そうですね。こういう空間が作りたくてマイホーム設計してると思うので、はい、なので、ルルさんはちゃんと、残した服っていうのをここに戻そうと思ってます。はい、し、なので多分ここに吊るしてある服っていうのは結構使ってるものが多い可能性はあると思うんですけど、まだいらない服はあると思うので、ちょっと見てもらいます。で、このタイミングでいる服も、例えばこういうクリーニングの袋かかってるんですけど、はい、昨日同様に外しちゃいます。はい、やっぱりこれかかってるとやっぱクローゼットが美しくないので外しちゃいましょう。こういうものはした方がいいですか？なんかムシューダっていうのをわざわざ買って。そうですね、これも外すのをおすすめしてます。はい、というのも、結構ね、もうわざわざこうちゃんとムシューダ買って自分で取り付けてると思うんですけど、シンプルにじゃあこう機能性関係なくクローゼット見た時にこれがかかってて美しいかっていうのをちょっと考えてもらいます。特にこうエルメスを見てて落ち着くとか、やっぱ美しいものを見てて落ち着くっていう感覚がある方なので、なおさらこういうの買ってきたのもったいないなと。そもそもここから服減らしていけばクローゼットはそんなぎゅうぎゅう詰めになることはないから、これ外した方が通気性もいいですし、一部こういう風にムシューダーとかいろいろクリーニングの袋かかってるものもあったんですけど、なんかこれさっき触った時にすごいなんか手がめっちゃ黒く汚れたんですよね。不織布がボロくなってて、でちょっと触るとなんか多分もう劣化しちゃって、さっきちょっと黒くこびりついたりとかあったんで。本当ですか？これ結構やばいわ。はい、そういう意味でもそうなんですよ。やっぱりこういうのって不織布がどんどん劣化してきて剥げちゃうとか、手に色がついちゃうとかあるので、大事な服もそれで汚れちゃったりするので、なのでもうどんどん外していきます。こういうのでエルメスが汚れてしまったらもう僕200万円弁償できないんで破産しちゃうんで洗っていきます。はい、お願いします。はい、こちらもちょっと毛玉がついてきてるので、手放しますし、今結構こう毛玉があって手放しますシリーズがあったと思うんですけど、もう買う前にもこうちょっともう毛玉ができそうだなっていうのは結構わかると思いますね。ルルさんの場合やっぱりちょっと毛玉がやっぱり気になるっていう、全然この気にせず着る人もいるんですけど、多分毛玉ができると着なくなるタイプだと思うので、さっき見てもらったの通り、ここに100% 毛って書いてますけど、これウールですね。やっぱウール 100% のものってそれこそすごいニット感がありますと、これもねなんかすごい季節感があって素敵だと思うんですけど、管理の点で言うと大変ですね。定期的に毛玉取りしないといけないし、もっと言うと結構ずっしりして重いとかあったりするので、ニット買う場合は例えば最近だったらアクリル素材のニットとかがあったりして、この買う前に成分表示のタグ見てもらうといいんですけど、そういったものはなんかこうウォッシャブルニットとかいう表記がされてあったりとか、もう少しこう毛玉になりづらくて洗濯しやすいニットとか、まさにユニクロとかで売ってたりするので、そうなんですね。なので今後ルーさんが新しく服買うときは、単純なこう多分可愛いっていうのでデザインが好きで買ったと思うんですけど、可愛いだけだとさっき言ったシワができるとか毛玉ができるとかっていうところで着なくなってしまうので、可愛いかつその扱いやすいもの、僕これを機能美って呼んでるんですけど、機能と美のバランスが取れたものを買うと失敗しづらい一軍になりやすいよって言ってるんですけど、多分ルルさんの場合はもう分かりやすく、ルルさんに限らずなんですけど、女性の場合はこの機能美のところの美に振ってる人が多いです。やっぱシンプルに見た瞬間これ可愛いっていうその直感的なところ、やっぱりそこも大事なんですけど、やっぱりどんだけ美しい服も手入れが面倒だとやっぱみんな愛せなくなります。買う前にそういったその成分表示のタグとか見ていくと、ウールのものはさっきも言った通りちょっと毛玉ができやすかったりするので、今後そこを考えながら買い物をするといいと思います。あとこちらにですね、アンゴラコンっていうのでここタグがついたまま未使用の手袋などがあるんですけども、こちらいかがでしょうか。これはもらい物なんですけれども、使わないのでいらないです。もらい物だったんですね。結構もらい物が多い印象なんですけど。そうですね、親にもらったりとか、あとお友達にもらったりとか。ただこうちょっともらったからっていうので自分の趣味ではないけどちょっと捨てづらくみたいなものが多分結構ありましたね。そうですね、これは親にもらったものです。でここに逆に残したものたちがあるんですけど、ここはほぼほぼ自分で買ったものですか？全部自分で買ったものです。出ますよね。だからルルさんはやっぱりこだわりあると思うので、極力もらわない方がいいと思いますね。と思ってると、もらってももう着なくなるから、ちゃんと自分が買ったものしか残ってないですかね。これは本当はワンピースだったんですけど、年齢的にノースリーブは着れないと思って、でも下の部分だけすごく可愛くて気に入ってたので、ちょん切っちゃいました。自分で本当だすごいリメイクしてますね。それくらいまでして着たい服だから、そうですね、今後も使っていただいて、これ要注意なんですけど、さっき僕が手が汚れたやつがここに下にあるんで、これとかが不織布のカバーがやばい、気をつけて大事な服が汚れちゃいますからね、救出しましょう。喪服がちなみに喪服は他にあります？ないです。これ1個。
はい。じゃあこれはそうですね、残してもらって、はいこういう大事な服ほど結構皆さん今みたいなカバーにかけがちなんですけど、喪服だから着用回数少なくて、はいああいう風に劣化しちゃったっていう。ちゃんと片付けてクローゼットにゆとりがあれば不織布カバーする必要ないですね。というのでここも、いる服はもう全部カバー取っちゃいましょう。滑っちゃうんですよね。あー、滑っちゃう。これが滑っちゃうっていうので、ハンガーをちょっと変えてもいいかなって話あったと思うんですけど、今みたいなこう滑り落ちちゃう場合は、マオハンガーっていうのがおすすめで、滑り止めがついてるハンガー。で、形も人の肩に沿ってるから、型崩れしづらいよっていうハンガーが、ここに画像貼っとくんですけど、こういうハンガー、マオハンガーっていうのがあるので、そこに切り替えるのがおすすめです。そうするともっとここのクローゼットもすごい高級感出ると思います。ちなみに今いらない服の精査が終わっていらない服がこっちいる服がこっちで書けてる途中なんですけど、おそらく半分か3分の1は減ってますね。素晴らしい。お友達のプーさんも来ましたけど着実に減ってます。すごい頑張ってる。あとちょっとです。いる服が全部ちょうどかかりましたね。ちょっと数えてみましょうか。40、50です。おー、ご自身が着てるものも合わせても、52とか。なので、一応僕合格点60着以下にしてるんですよ。60着にすると、だいたい衣装ケースとか引き出しに入れなくても、オールシーズンが全部吊るせるようになります。実際そうですね。ぴったしちょうど60以下くらいなので、少し余裕もあるしっていうので、多い人だと、100着とか超えてるし、実際減らす前の多分ルルさんだったら多分100前後くらいあったと思うんですけど、多分また生活していくうちに、着ない服もあればまた減らしてもらって。で、そしている服の裏にはこんだけ大量の不要な服もあったということで、ちょっとここも数えましょうか。ということで数えたら不要な服は41着あったので、もともと90着、100着弱くらいあって、41着手放して、あそこにすっきり収まったというので、ちょうどほんと半分くらいになりましたね。そうですね。素晴らしい。こんだけ減らせばね、あそこに全部吊るせますし、それこそ畳んだりとか、旦那さんの引き出しのとこにも入れなくても、あそこに全部吊るせますね。畳むのがなんかめんどくさいんですよね、最近。昔は畳むのが好きだったんですけど、最近はもう畳むのが嫌になってきてます。というので畳むのが嫌なルルさんなんですけども、もう今後はここのテンション上がるクローゼットに来ていただければですね、ここに全部吊るせます。オールシーズンのものが全て吊るせてますし、ここのクローゼットやっぱりちゃんとマイホームで作ってるだけあって、こことここが長物で、こっちが短いものは2つ柵がついてて、こっちはついてないんですけどっていう風にすごい使いやすいクローゼットだからこそ、ここが使われてないのがもったいなかったですね。そうですまだこっちの方スカスカなんで、ちょっとまた配置変えていきましょうか。そうですね。はい、ということで、ちょっと整理しまして、右側が冬、左が春、夏っていう感じで整理しまして、でも50着ぐらいしかないので、下開けました。もう上の段だけで全部固められたので、やっぱ自分のお気に入りの服たちがこう全部見えてるの、すごい美しいですよね。こういうのは肩がなんかこうって伸びちゃうかなと思ったんですけど、やっぱハンガーを買えば大丈夫。そうですね。さらにここをもっと見ててテンション上がるクローゼットにしたかったらハンガーを買うっていうのと、まさに今こういうニットとかのここがこうちょっとくぼむっていう話が今あったと思うんですけど、ハンガーのこういうのがついてるやつはあんまりおすすめしないです。これもやっぱりキャミソールとか、ちょっと紐系の服を吊るすには便利なんですけど、ルルさんの場合はマワハンガーが良さそうかなと思ったんですけど、結構滑り落ちる服が多かったので、それ買えばそもそも紐付きなっちも滑り落ちないし、これがあると大事なニットがどんどん肩くぼんでいくんですよね。なんでこういう人体の肩に沿ったシンプルなやつ。これがやっぱ一番おすすめですし、多分これ並べるともっとすごい高級感出ると思いますね。せっかくエルメスとかあるのになんかここだけクリーニングハンガーですごいちょっと安っぽいみたいな感じになっても、いらないエルメス200万円で売れたらもういいハンガーいくらでも買えますから。これ減らした後だからこそハンガー買えるとよくて、これ減らす前にハンガー買っちゃうと、今でこそもう50着なんでじゃあハンガー50本買えばいいよねっていうのがわかるんですけど、減らさずにとりあえず綺麗にしたいからって言ってハンガー買い足すと、さっきのじゃあ90本分買わないといけなかったですよね。そうするとハンガー代も高いし。そうですね。で今のルルさんはもう50着なんで、もうハンガー50本だけちゃんとピンポイントで買えば余すことなく全部吊るせるので、このタイミングで注文してもいいかなっていうのは。ので、ぜひちょっと僕が片付けワットを買い替えてもらったら、経過報告の動画を送ってもらおうと思うので、わかりました。ここがまた綺麗になるのを楽しみにしてます。続きまして、カバンいきます。服は見終わったんですけど、こういうとこにカバンがあったりするので、カバン類も一旦全部出しちゃうのと、もうこれいらないですね。ハンガーラック自体がいらないかな。じゃあこれも取っちゃいます。ティッシュ。
めっちゃ広いですよ。あ全然違いますね。全然違います。動画で伝わってんのかな、これないだけで、はいまあこう入った瞬間にやっぱここにもともとさっきのハンガーラックがあったんですけど。って感じでちょっと次カバン見ていきます。というのでありとあらゆるカバンを全部今固めてもらってます。というので今ルルさんに全出ししてもらいまして、カバンがいっぱいあります。ここにエコバッグからリュックからショルダーカバンやら、カゴのカバンも含めてですね。で、よくあるのがカゴのカバンがカバン入れになりがち。まあ結構収納としてもね、使えたりするから。ちなみにさっきの200万円のカバンたちは除いてます。はい。まあでもあれも入れると実際もっとあるってことですからね。ここから早速、もうカバンも含めてある程度ここにどんどん入れていこうと思うので、先にいるやつ戻しちゃいましょうか。はい。というので、一旦先にちょっとパッといりそうなカバンをここに固めてもらって、こっちがいらなさそうなカバンたちですね。使ってないやつ、毛皮のショルダーカバンがあったり、雑誌の付録だったり、もろもろですね。はい。ここに今ちょっとパッといるカバンたちを並べてもらったんですけど、まず、リュックはこれ1個しかないですね。はい。これはじゃあ OK。これは、それはエコバッグでやっとくれます。これがエコバッグとして使ってる。で、これに関してはエコバッグなので、おすすめは玄関かキッチンですね。だいたい食材入れて、で、まあ食材出し終わったらもうキッチンに置いとくか、あと出かけるときにエコバッグ持ち歩くと思うので、はい。まあ玄関に置いとくか。まあそれこそ玄関の備蓄部屋がもう少し綺麗になればそこに置いてもいいと思いますし、これなので一旦ちょっとキッチンに置いておきます。これは使ってないですけど、はい。取っときたい。亡くなったワンちゃんなので。思い出系ですね。そうですね。これ自分でプリントして作ったみたいな。はい。これ最後思い出のものっていうので一旦取っときますが、はい。ここなんかいっぱい入ってるんですけど、ちょっと出しますね。はい。という感じで、このカゴバッグから出したのがこれなんですけども、巾着袋とか、あとショルダーカバンとか、ちっちゃいトートとか、これもさっきのエコバッグと一緒のやつかな。これ全部使ってますでしょうか？使ってはいないですけど、うんうん。ちょっと取っときたい。じゃあこれどういった用途の？これは旅行の時とかになんか詰めたりする巾着。まあポーチ的なはい。ものと、こっちも同じこ。れはちっちゃめのカバンに入れるバックインバッグみたいな。バックインバッグで小分けできるようになってて、これはちなみに使ってますでしょうか？使ってないですね。ねえ、でもちょっと可愛いので、取っといたな。今手元にあるショルダーカバンがまあこの3つなんですよね。はい。まあ、この2つはまあちょっとカジュアルなのとそうなのという、まあ使ってるイメージは湧くんですけど、こっちはどうですかね？使ってないですよね使。ってないです。なので、まあ若干サイズは違うっちゃ違うけど、まあこの2つあればいいんじゃないかなっていうのはありますね。これは処分します。落ち着いて、これは手放します。なのでショルダーはこの2つあれば大丈夫ですね。はい。であとちょっとこう手提げカバン、こういうハンドバッグ的なものが今4つありますね。これも全部使ってますか？この3つは使ってます。こういう感じのやつが好きで使ってるっていう。そうですね。一番利用頻度高い感じですか？はい。これは夏は絶対使ってますし、うんうんこれはまあ冬とかに使ってます。で言うと、まあ、やっぱりこれがまあ多分、単純なカバンというよりも収納になっちゃってるんですよね。そうですね。これはちなみになんかカバーこれタグがついてるんですけど、エコバッグと一緒ですよね。これ、さっき残したエコバッグと、はい、これ使います。これ使います、はい。まあ、この2つもともと使われてましたよね。はい。まあ僕からするとこれいらないんですよね。この2つでだってこと足りてたから、しかもそもそもこれ出すまでタグもついてるから一回も使ってないですもんね。そうですね。可愛くて。この鶏ちゃんが可愛くて、はいもうこれ使いたいんだったらこっち捨てるとかですね。こっちと入れ替えて、同じカバンをデザイン違いで2つに使うとか。多分今までずっとこの2つでこと足りてるってことは、エコバッグ3つないと買い物行って足りないとかないですもんね。なのでまあエコバッグは2つでいいんじゃないかなっていうのは思いますね。これより特に見てほしいのはこれですね。これ使いますか？カバンとして。使わないです。ですね。まあ、このやつはなんか旅行の時に使うとしたら、まあ、今後カバンはここに直置きでいいかなと思ってますね。手放します。これはなくてもいいかな。はいあと、エルメスの横にあった、これ、中に紙袋が。これだけだと、はい。ふにゃになっちゃうので、なるほど、なるほど。型が崩れないように。型が崩れないように使ってます。してるってことは、このカバンは、まあ、用途的に言うとさっき残したこれと多分一緒なんですよね。これはなんか使ってます？はい。じゃあ使った後毎回紙袋入れてるんですね。はい。このまま使ってます。なるほど、なるほど。バックインバッグみたいなバ感じ。ックインバッグ的に紙袋の中に入れてこう入れてる。でもこのままもそれしないので、このなんか正方形の形が綺麗ではいこうやって入れてる。そうですね。もう直接こうやって使ってるんですね。正直だいぶ使いづらそうだなと思いますね。
これはもう絶対取っときたいですか？絶対ですね、その2つ。という感じでいるカバンを今見てもらった結果、ショルダーカバンが2つ、ボディバッグ1個、リュック1個、キャンパストートが2つ、で、あと手提げのトートバッグが3つっていう感じで、9個カバンがここにありますね。ミニマリスト的にストイックに数減らすんだったら、基本的に1機能1個にしとくみたいな感じですね。例えば、このカバン3つあるうちを1個にするとか、この同じサイズのショルダーカバン1個にするのが一番数的に言うと減らせますけど、でも一旦は使う分だけ残すとこんな感じですね。で、これら残したカバンは、こういう自立するカバンはもう直接元のここに戻していきましょうか。で、ここにある自立しないカバンとかはここにどんどん吊るしていこうかなと思います。というので、必要なカバンは、自立するやつはここに、好きなカバンをこんな風に並べて、で、あとよく使うトートバッグはこんな風に吊るしてます。床置きゼロ。で、たまに使う旅行カバンと旅行用のボディバッグもこっちに置いてます。で、ここが全部浮きましたね。あと僕気になったのが、これですね。これは除湿マット。今まで結構床置きしてあったから置いてあったと思うんですけど、これ絶対ない方が綺麗ですね。これももう置っちゃいましょう。というのでこれはもう手放しまして、そのまんま、すごい全然違いますね。せっかくおしゃれなマイホームで設計したクローゼットが除湿シートで覆いかぶさってるのは美しくないし、必要ないですね、そもそも。もうこんだけ全部浮かしてありますので、素晴らしい。で、そのまんまちょっとこの紙袋ゾーン見ていきます。ちなみにこちらの紙袋いかがでしょうか？なんとなく取っといたので、もうないです。箱はまだディスプレイしてる感あると思うんですけど、このエルベスの紙袋だと奥に追いやられてみたいな感じで、多分なんとなく取ってたっていう。これは捨ててもいいですね。これは可愛くて、友達にあげたりするのに使えるかなと思って買ったんですよ。これ買ったんですね。本当だ。350円って、こっちは400円でね。で、多分これも300円ぐらい買ってるのかな。これも買ったのいつ頃ですか？買ったのが結構もう思い出せないくらい昔。数年前。20年以上前かも。そんな前ですか？でも可愛いから捨てれずに取っといたんですよね。これも。これですね。これは捨てた方がいいですか？20年間使ってなかったものだから、こういう時にまさに未開封だからって言って多分今使い道めっちゃ考えてると思います。使い道を考え始めたらアウトと思ってください。直近でも今すぐこれ渡す時に使うとこがあればいいんですけど、取っといても使わないでしょうね、多分。すごいもったいないですけど。ここ全捨てでもいいと思います正直。これはちなみに保冷カバンかな？そうです。これは使ってます？使ってないです。使ってないけど可愛いから取ってる。で、こっから先、実は服以外にもこういったミニチュアとかいろいろありますね。ここから先が多分ルルさんが向き合わないといけないもので、大前提数減らしたいからというところで多分僕にご依頼もしていただいてると思いますし、備蓄もそうですけど。もちろん全部飾りとか全部捨てろって言ってる話じゃなくて、可愛いで買っちゃうとどんどん物増えちゃうんですよね。可愛いからっていう理由でどんどん残してると一向に物減らないから、可愛いかつちゃんと使うものを残すっていう風に自分の中でルール決めておかないと、多分今後こういうのが出てくるたびに迷うんですよね。使おうかな、残そうかなっていうの、この時間すごいもったいないですし、だからこっから先はちゃんと、可愛いと思うものはちゃんと飾るとか、これ多分飾ってはなかったじゃないですか。こういう風にちゃんと、もう可愛いものをちゃんと飾ってあげるとか、ってものは残すのを OK にして、逆にこういう風に、とりあえず可愛いからって残してたもの、こういう風に埃被ってたものは持ってるっていう風に、ルール決めしていかないと、減らしづらくなってくるかなと思います。いかがでしょうか？これはいけると思います。というのでここ空になりましたけど、何も置かないとめっちゃ綺麗で、まさにこういうさっき言った保冷カバンとか紙バッグとかって取っとけば最悪使える。友達に何か渡す時とか紙ゴミ捨てる時にってことで、もう本当に僕の YouTube 動画とかでもいっぱい紙袋捨ててきてるんですけど、なので皆さんもちょっと要注意というか、いつか使えるかもっていうね、取っときがちなアイテムの一つなので、ここはもう極力意識的に減らすようにお願いします。わかりました。でもあれらを手放すことでこの綺麗なクローゼットが維持できるようになったらこっちの方が良くないですか？そうですね。手放した分こんだけ綺麗になってますからね。あとこっちにももう服がこんだけあったけどなくなってますもんね、全部。こっちもないです。で、カバンもいっぱいあったけど上は空いててここだけになってるので、これももういらなくなりましたね、本当。取っちゃいましょうか。はい。すごい、これ全部いらなくなってますからね。という感じで続きまして靴見ましょう。玄関だけではなくここにもお気に入りのスニーカーとかがあるので、普通にここに取ってあるのはどういった靴たちですか？下に置けなかったものと、あとは通販で買ったんですけど、はい、結局痛くて履けなかったのとか。もう痛くて履けなかったっていうので、すでにちょっと怪しい空気が漂ってますけども。じゃあこのまんま今服とカバン見終わったので、靴まとめてみようと思います。と
という感じで靴を出していただいてます。一旦玄関の靴もまた見に行くんですけど、この時点でもしいらないものがあったら教えてほしいですね。迷ったりも。これがいらないです。あ、そうなんですね。もうさっきも痛くて履いてないみたいながあったので、じゃあもうこの3つ手放しちゃいましょうか。はい。はい。まあこれもなんかお店で試着して買ったってよりは、これはネットです。ネットでまさにこういうちょっと試着せずに通販で買って失敗してるっていうパターンですね。でもこれいるって決めたやつなんで、このまま玄関行きます。はい。ということでダリアちゃんも登場しましたが、今から靴を見ていきます。はい。という感じで今ここ全部出させていただいてるんですけども、すごいもう僕ちょっと早くここ減らしたいなと思いつつ、はい、ということでこちらがルルさんの靴全部ですね。でもこれはお父さんの靴だからこれは大丈夫。はい。これはじゃあ手放します。だいぶ元から少ないので多分ここはちゃんと僕が来る前にも片付けた部分だと思うんですけど、なんかここから気になってるのありますか？これは手放します。お、これはなんで手放しますか？痛いので。あ、これも痛いということで、もうこの2つ痛いんですね、履いてると。はい。これは痛くないんですよ。だけどもうつるっつる。そうですね、めっちゃ使ってはいるけど、でも履いてて気持ちいいのはこれですもんね。もうこれもいらないですね。これもほとんど履いてない。ってなったらじゃあ結構減りましたね。もう本当にじゃあ靴この3つですね。そうですね。じゃあ結構服は割とありましたけど、靴はそんなに多くないですね。多くないです。むしろ少ないですね。もうずっとこの2つリピートしてる。おしゃれ用はこっちみたいな。そうですね。まあこれとこれしか入ってないです。じゃあもうこれでいきましょう。素晴らしい。夏だけこれ。使ってるやつが上にあったのもちょっともったいなかったですね。そうですね。これら手放します。はい。素晴らしい。一瞬で終わった。でも実際これあったらどのコーディネートも着回せますよね。そうですね。僕と一緒ですね。僕ももう基本このオンのスニーカーだけ履いてますけど、もうおしゃれの時はこれだけ着ますもんね。じゃあこれで靴は見直し終了です。続きまして、ここに手袋など細々した衣類系なんだけど小物、帽子だったりマフラーだったり手袋などなど固めていただきまして、こんな感じですね。で、ここをどんどんちょっといるもの、いらないもの教えてほしいです。はい、という感じで手袋を見てもらったんですけど、こっちがいるやつ、こっちいらないやつっていうので、もう1個すでにつけてるので、実質3つあれば大丈夫だと思うんですけど、指がちゃんと覆いかぶさってるやつと半分出るやつ、これあったら十分ですね。こっちはもうあまりですね。これもしばらく使ってないですか？去年とか使ってました。犬の散歩の時に使ってたんですよね、全部。だとするともうじゃあこっちは大丈夫ですね。こんだけあれば十分。これは手放します。という感じでこういう風に役割用途が被ってるものがあると思うのでどんどん減らしていきましょう。というのでちょっと靴下系が結構いっぱいあるので、多分これまだ洗面所とかにもありますもんね。いらないのはタンスに全部入れちゃったんですね。旦那さんとかですよね。はい、旦那さんのところに引き出しのいらないのをとりあえず、この場合はもういらないから捨ててほしかったんですけど、いらないからとりあえず奥底やったこと、洗面所にある靴下って何足ずつあるとか数って把握されてます？把握してないですけど、はい、多分5足ぐらい。そうですね。一旦これは手放します。はい、ちょっとこのタイミングで、水回り行きましょうか、一緒に。これ持っていきましょう。せっかくなので。ということで、ちょっと靴下、肌着の整理をしにですね、洗面所に来ました。靴下が5個ぐらいあるってちょっとふわっとした感じだったので、これを機に考えてもらいたいのは、皆さん靴下とか肌着の数どんぐらいするか、あんま決めてない人とか迷ってる人も多いと思うんですけど、これを洗濯の回数から逆算するといいですね。洗濯の頻度でいうとどれくらい回しますか？2日に1回とか、毎日とか。2日に1回ですね。2日に1回回してるのであれば、4足あれば十分回りますね。ちょっと靴下全部出しましょうか。靴下がですね、もともと7足ですね。今履いてるの合わせて8っていうので、5本指があったり、冬のモコモコがあったりというので、なので今ちょうどさっき残したいって言った靴下があるんですけど、もう入れ替えちゃいましょうか。という感じで今タグ外して使っちゃいます。はい、っていうので、もう室内用の厚い靴下4つ、で、出かける用のおしゃれ着用の靴下4つ、で、あとたまに履くちょっと長いのが1個と、で、4つ以上あるものはもう減らして、これは手放します。これは処分ですね。はい、というので、こんだけあれば十分ですね、靴下。こんだけあれば、2日に1回洗濯しても余裕持って回ると思います。ということで、クローゼットに戻りましょう。はい。はい、というので、ここがいらなかったやつですね。数が多すぎた手袋や靴下、帽子などなど、これは減らして、いるやつはこっちに全部置いてあるので、こっちに入れていきます。
あと見たいのがここですね。ここがサングラスだったりもろもろ可愛く飾ってあって、むしろこの動画見てる人も女性の方だとこういうの憧れるみたいな人もいたりすると思うんですけど、こちらいかがでしょうか？サングラスはこれもう使ってないですね。もともと減らす前からこっちからですもんね。これは使いますね。っていうともう残りのケース取っちゃいますかね。この数だと直置きでいい気がしますね。もうちょい減らしてあげて、もう全部もう少し一個一個際立つように直置きしていきましょう、どんどん。というのでこんだけ手放しまして、サングラスとかいっぱい減らして、この奥にあったディスプレイも取っ払った結果、こんな形で奥行きが出てスッキリ、必要なサングラスは3つ、もうこれも直置きでパッと取り出せるようになってますし、すごいもう綺麗になりましたね。好きなもの、必要なものが十分置かれてあって使いやすくなったと思いますし、上のここもなくなりました。素晴らしい。本当チリップな感じですよね。今までそんな気づかなかったですけど。そうですよね。多分今まではいっぱい物が置いてあって、なんかごまかせてるというか、あったと思うんですけど、減らしていくとなんかもうこれやっぱなくていいなと思いましたね。そうですね。そう、せっかくなんかここまでこだわってるから、こういうちょっと安っぽく見えるものはどんどん減らしてあげた方がいいかなと思いました。という感じで、もうサイドは全部減らし終わりました。こんな感じで空になって、必要な分だけもうベルト直置きしたり、使う帽子も全部直置きしてあったりですね。じゃじゃん。ということで、これが今回手放したものたちです。大量ですね。40着くらいの服と大量の靴たちとカバンや手袋などなど、いかがでしょうか？こんなにあったとはびっくりです。ちゃんと全出しするとこんだけ不要なものが出て、こんだけ減らせばそりゃあっちは綺麗に片付きますよね。というので、こんだけ減らした結果、この通り、クローゼットもスッキリ、カバンも吊るせるようになって、床置きゼロ、50着の服がここに全部集約されました。という感じで、あんだけ大量に減らしたので、ここが綺麗になったので、あと向き合わないといけないのは、ここにあるミニチュアだったり、上ですね、エルメスの外箱ありますけど、こちらどうされます？丸いのだけ残して、あと馬車の2つ。丸いのと馬車は残して、あとはもう処分します。おー思い切りましたね。というので、この周辺は取っておきたいけど、もうエルメスの箱に関してはもう決心ついたというか、もうそこまで未練はないって感じですかね。エルメス貯金っていう言葉が出てきたくらい、10代から40代とかまで多分20年間くらい結構買い揃えてきたエルメスたちなんですけど、もうここは本当にじゃあそこまで未練もないっていうので、結構もう覚悟はついてるっていうので。ついてますね。ほとんどしますけど、お気に入りの丸いやつとあれは残すっていうので、ルルさんが頑張って買い集めたこのエルメスたちの思い出はこの動画にも残ってますし、もう外箱なくても大丈夫ですし、最悪欲しくなったらメルカリで買いますっていう感じで手放していきます。でもなんかすごい大掛かりに見えて、これ空箱ですからねという感じで、これもありがとうございました。こう考えるとエルメスの箱ってなんかすごい取っておきたくなるだけの魔力があるというか、もうこれがブランドですよね。という感じで、これの上のシートも取っちゃいます。というので、今これどんどん手放してって、こっちが今まだ入ってるやつですね。さっき200万の現物があったり、これは空箱ですけど、この丸い、残して決めたこの丸いやつ、多分形が可愛かったからですかね。あとこっちも入ってますね。全部入ってます。入ってるやつで、これですね。20年もののシート。20年ものシートはここにあるんです。すごいダサいですよね。そうですね。すごいダサいって話があったと思うんですけど、せっかくこの200万のエルメスのある一方で、こんな感じでずれてくるし、エルメスにふさわしくないので、これ取っちゃいます。はい、ということで上が全部すっからかんになりまして、頑張りましたね。そうですね。すごく執着のあったボックスをこれだけ手放したのがびっくりです。もう頭上何もありません。残した分はここに置いてるんですけど、もうここの3段にある分だけ、しかもここに入ってるものはもうほとんどちゃんと中入ってますね。こういう感じで、ここ見るだけでも十分テンション上がりますよね。そうですね。このカタログは処分します。はい、カタログも処分ということで。これエルメスですか？そうです。いつのだろう。2年前ですね。はい、これはもうじゃあ大丈夫ですね。はい、はい、ということでここが手放すエルメスの箱たちですね。もう僕こんなにエルメスの箱一気に捨てること人生でもうないだろうな。
すごい貴重な体験をさせていただきましたけども、はい、私も本当カラーボックスにずっと執着してたので、思い切って手放せれてよかったです。箱の価値だけで言ったら50円100円とかそういう価値のものではあるんですけど、やっぱりそれ以上にねエルメス貯金して買ってきた当時の思い出だったり見ててテンション上がるってところで、ルルさんにとっては本当にこう精神的にちょっとこう重かったものを手放したと思うんで、はい、頑張りましたね。手放した分だけすごい上がすっきり使いやすいクローゼットになりましたね。はい、ということで今日一日クローゼット片付けてこんだけの不要品が出ました。なんか減らしてみての感想ありますか？これだけのものがあったっていうのがすごいですね。多分お家が広くてあっちこっちにね塗り散らかって、まあ分散旦那さんのとこに置いてあったり、塗り散らかってたものも含めて全部集めて片付けて、こんだけ減らしたらそれはクローゼット綺麗になりますよね。自分ではものすごく減らせる方だと思ってたんですよ。なのでまだまだ全然減らせてなかったんだなっていうのがよくわかりました。ミニマルライフへの過程を今歩んでますね。今からこれをゴミ袋に包んでいきます。はい。なんか一度手放すと案外結構スムーズに手放せるもんなんですね。派手な色とか柄物はあんまり買わないようにします。いいですね。っていう風に今減らしながら、そういう風に柄物は買わないようにするみたいな反省点も見つかりましたよね。やっぱこうやって減らしてみると、手放す前執着したものが手放してみるといらなかったなって、やればやるほどどんどん手放せるようになるし、判断のスピードも速くなるんで、もう本当に訓練なんですよねこれ。物減らすって本当に練習あるのに、やればやるほどどんどん減らせるようになりますし、っていうので8袋と大量のエルメスの箱が出てます。そして昨日の分と合わせると大変なことになってます。ことになってますね。この後まだ今日キッチンも行きますからね。おおだこれなんだこれっていう、これ捨てるエルメスの外箱たちです。外箱たちね。はい、すごいじゃん。そうめっちゃ減らせてますよ。すごいですね。はい、ということで続きましてキッチン行きます。広いからこことかは空いてるし、かといってなんかパッと見て綺麗でもないし減らせるものはあると思うので、まずですねキッチン減らす際はもう食材一気に見ちゃいます。それこそ備蓄とかももしかするとねあるかもしれない。ローリングストックとかやられてます？苦手です。備蓄が多いって話をしたとは思うんですけど、僕は備蓄あるんですけどローリングストック法っていうのを管理してて、それこそミニマリストの人とか備蓄を無理なくやりたいって方はこのローリングストック法っていうのがおすすめで、これ何かっていうと、ルルさんの場合は災害時のためにそれ用の備蓄としてこう和室だったりとか、玄関に買ってますよね。対してローリングストック法っていうのは普段使いしながら禁用していくっていうような考え方ですね。例えば我が家で言ったらサバ缶とかプロテインがあるんですけど、それは常に5日分は絶対絶やさないように置いといて、でもサバ缶って普段の料理とかも食べれるじゃないですか。なのでサバ缶も普段の料理で使いつつで1個使ったら1個足してっていうのをやって、常に僕で言うと5日分サバ缶を絶やさないように置いとくっていう風に普段使いと備蓄を兼用するっていう方法で、そうすると食材の備蓄はもう少し減らせたりしますね。これ何がいいかっていうと、備蓄のために買い揃える必要もないし、賞味期限っていう概念がなくなります。備蓄のために取っておくと何が問題かっていうと、それのために買い揃えるお金とスペースも必要だし、一番の問題って賞味期限なんですよね。それこそ10年保存水とか期限が長いものを買うみたいな方法はもちろんあるけど、大前提それもじゃあ10年後には期限が来るわけで、ローリングストックだとそもそも賞味期限が早いものからどんどん消費していくので、そもそも賞味期限を管理するっていう概念がなくなるので、そういう意味でもちょっとここローリングストックできるものとかあるんじゃないかなっていう目線でちょっと僕見ていきます。で例えば早速今床置きしてあったここにオートミールだったりキーマカレーとかいろいろストックが入ってるんですけど、でもこれは期限がちょっともう全部切れてるんです。これは期限が本当だ切れてますね。これもですね期限が23年でっていうので、今キッチンから減らすときは食材から一気に見るのがいいよって言ったのは、こういう明らかにもう期限切れてて減らせるものとか、もう明らかにいらないものが結構あったりするからですね、こういうのはもう捨てれますよねっていう。だけど使えるじゃんみたいな感じですよね。捨てるのもったいないみたいな。だったら使えるかなと思ったんですけど、捨てますそれは。多分一般的に言うと僕もいっぱい片付けやってきてるから、こういう結構みんな、期限切れのものってもうみんなバンバン捨てていくんですけど、今ちょっとこうためらった理由としては、これも取っといたら備蓄でいけそうとか。備蓄っていうよりは、まだ使えるかなとか思っちゃって取ってあったんですよ。と思い続けて2年経ちますよね。2年以上経ってますね、期限切れてから。
これいります？捨てます。という感じでどんどん食材見ていきます。はい。多分この箱だいぶ怪しいと思います。期限の近いのはこの中に入れて、こっちは賞味期限切れはないと思うんですけど、じゃじゃんということで、ここはわかりやすいっていう感じで、ここに上にドライブルーベリーとかいろいろ入ってるので、ここら辺一気にチェックしていきます。これは切れてないんですけど、ちょっとあんまり美味しくなかったので、美味しくなかったし、これって未開封ですよね。はい、それを2回。ってことはまあ2個まとめて買ったのかな。1個買って美味しかったらリピート買いするとかでもよかったですね。引き出しの奥底から出てきたココナッツオイル解消か。26年の7月まで期限はあるんですけど、はい使わないので、はい。捨てるのはもったいないので、ちょっと妹をああ、譲るのなしにします。譲るのはなししましょうか。もうこの思考でいくと絶対片付かないです。ままあ大型家具とかはさすがになんかこう処分も大変だし、まあ結構それやってきましたけど、多分こっから細々したものめっちゃ出ます。多分食器だったり食材しっかり全部ですね。残した基準がそもそも賞味期限が切れてないからみたいな、もうそこが基準になってるんですけど、賞味期限が切れてるものを減らすっていうのはもう明らかにいらないものを減らすっていうレベルのもので、ここから先はもうもう賞味期限とか関係なく、もう自分が今後食べないものとか使ってみて微妙だったとか、買ったはいいけど今後も使い道なさそうなものとか多分結構出てくると思います。そういったものはもうどんどんちょっと捨てていかないと減らないと思います。結構片付けてると他にもなんかこう実家に送りたいですみたいな結構言われるんですけど、まあ実家に送るとかもなしにしてますね。いいよ、そのなんか実家を自分のものを気にするならとよく言ってるんですけど、結構もう実家に送りますとか人に譲りますみたいな結構残しちゃったりで、今多分動画回ってるから僕の目が入ってるんでやれると思うんですけど、そもそもなんでみんな片付かないかっていうと、そのメルカリで売るとか人に譲るとかってこれ時間がかかるんですよね、シンプルに。それこそまあ友達に渡す場合もいるかどうかの確認して会う日決めたりとか、梱包して配送したりとか、まあこれ何でもそうなんですけど、そういう手間がめんどくさくなって後回しにしてどんどん物が増えていくっていう悪循環になるから、ちょっと今やめた方がいいって話したんですけど、っていう風に結構動画で見てる皆さんもそういう風にこう人に譲ろうとか実家に送ろうみたいな形で、僕とにかく言ってるのが、物が大量の時はもう売る譲る禁止で、とにかく捨てるのを中心にやって、まあそれこそエルメスみたいなさすがにああいうね何百万するものを捨てろとは言わないんですけど、こういったものはもう本当に金額もそこまで高くないですし、細々してもねバンバンやっぱり捨てていかないといつまで経っても減らし終わらないし、そのマインドだとなかなかこう家が片付かないので、どんどんいきます。おお、これはなんかすごい備蓄用に買った感すごい。そうですね。なんかちなみにこれも期限が2024年6月。でもこれ僕これの赤いパッケージの普通のダークチョコレートあるんですけど、同僚期とかにめっちゃ食ってたよこれ。なんかハマって食ってきたけど、3本は食べたみたいな。そうですね。まだ大丈夫だと思って向こうに入れといたんですよ。なるほど。あっちの整理をしてたら切れてた。いやもうこれ大丈夫かな。これも切れてるな。これもちょっと買いすぎちゃったんですよね。そうですよね。これはちょっと、旦那さんが毎日今も食べてるので、はい。まあ期限は切れてますけど大丈夫かなと。っていうので、確かにまあ消費じゃないので、消費期限だったら本当に良くないんですけど、まあ、賞味はまああくまで美味しく食べれるかどうかの期間みたいなとこあるから、ぶっちゃけ全然食えるんですけど、ただ毎日食べてるって割にこれが賞味期限切れて残ってるってことは2ヶ月前に切れてるんですけど、まあ、ほぼ毎日食べてるくらいだったら切れないはずなんですよね。そうですよね。ただ多分一度に買いすぎたっていうところですね。そういう風にやっぱりちょっとね、もともとやっぱりこう備蓄マインドがめっちゃあるからこそ、多分一度に安い時とかに買っちゃうんですよね。そうですね。というのでこのカゴが開きましたので、食材は全部ここに収まりまして、そのまんま下に食器系がありますね。ちょっとここも全出しします。これははい買ったんですけど、スパゲッティで使わないんですね。っていうものもありますね。やっぱここはなんか位置的に言うと開けやすいし使う場所だと思うんですけど、そういう場所にこういう使ってないものがあるとすごいもったいないんですよね。もうすごい一等地なんです。ここめちゃくちゃ立地がいい一等地にこの使わないものが1個でも眠ってるのすごいもったいないので、ちょっとタッパーもろもろあるので見直していきましょう。ストローはちょっといるかな。こんなにいらないですけどね。これ全部未開封の紙のお盆だったりケーキ用の台紙、これは大丈夫ですね。で、ストローもこんなにもういらないっていうのと、ストロー自体は使ってますか？普段は全く使わないです。来客の時とかどういうシチュエーションで使いますか？使わないですね。そう味はです。そう、意外とお家でストローを使うことないと思うので、これはちょっと使い使い捨てのランチョンマットみたいな
まあなんか迷われて買わます。ないんですけど取っときたい。この鉢が可愛いみたいな、まあ、さっきの話ちょっと思い出してもらって、まあ可愛いかつちゃんと使うものを残すっていう風にしていかないと、まあ減らしづらい、減らないかなと思うのと、まあなんか迷われてるから、まあこれなくてもいいと思います、正直言うと。ずーっと袋の中にこう入れて。あ、袋で入ってるやつありませんね。そうなんですよ。はい、さよなら。もうガンガン言ってあげてください。今使うか使わないかでやってるんですか？今友達が使うか使わないかの基準でやってますかって言ってましたね。まあこれ本当に初級レベルです、正直。初級ではい。まあ、ルルさんの場合は、まあ、まずちょっとそこから明らかに使ってないものも多いからそこから減らしてるっていう。まあ本当に僕が上級者向けにコーチングするんだったらこれとこれ代用できるねみたいな目線でやるんですけど、まあ、そこまでやるとちょっと手が回らないと思うので、まずは物が大量でまだこう置いときの状態の人はそれこそ売る譲るやらずにどんどん捨てるとか、まず明らかに使ってないものを減らすっていうレベルから始めていって、もう少し減らして生活していく中でキッチン道具だったらこうなくてもいいものとか代用できるものとかあるので、まあ、そこはでももう少し時間かけながら多分生活していくとそういう風に見れると思うので、というのでここも半分になって使ってないやつ減らしたらスペースもすごい開けましたね。そうなんですよ。ね。そうすごいスッキリしてます。なんか断捨離っていうか捨てるとなんか気持ち悪くなる。うん。本当にそうですよ。羨ましい。頑張って。はい。というので今後ろでですねちょっとワンちゃんが吠えないように、ありがとうございます。助かります。なので本当にもういろんな人に支えていただいて、ねお友達にも感謝はいしながらその分期待に応えるために減らしていきましょう。はい。よし。という感じで、ここ、まあ、食材系も見終わりまして、そのまんま食器見ていきます。キッチン片付けるときは、食材、食器の順で見ていくと、結構みんな、さっきみたいに賞味期限切れのものだったりとか、ストックが過剰なもの、食器もそうですね、食器も来客用とかでみんないっぱい取ってるものが過剰にあったりするので、減らしやすいっていうので。ちなみに食器はどちらにありますか？じゃじゃん。ここですね。あとここだけじゃないですよね、多分。はい。ここと、ここと、じゃあこことここ？あとはまだ冷蔵庫の上にも大量に冷蔵庫の上奥底にあるのでだいぶ怪しいですけど出していきます。であと今後意識してもらいたいこととしては、自分の身長より高い家具とか位置に物をあんまり置かないようにするっていうのも意識してもらいたいポイントですね。まあ、特にさっきのものでいうと、まあ割れ物だから落としちゃうと割れるかもっていうところもそうだし、シンプルに取り出しづらいし、で食器が全部ここにひとまとめできました。もうこれで全部ですかね。そうですね。これとこれとよし。でまずこのもらい物の食器いかがでしょうか。だいぶ埃かぶってましたが、何の食器ですかね。これ大皿、シンプルな大皿。下によく見ると贈り物専門、だいぶ昭和歴史を感じるデザイン。ちょっとお母さんからのもらい物で捨てづらかったみたいな。そうですね。とりあえずもらっとこうかなと思って。でもずっと長年。使ってないの？使ってるわけないじゃないですか、あのとこにあるの。使ってるように見えますあのとこにあるの。ダメですね。そうなんですよ。なのでここら辺がもう全部もらい物でちょっと捨てづらかったもの、まあ取ってたものがいっぱいあります。ちょっとでもうここもろもろ冷蔵庫の上にあったもらい物系を全部手放します。続きましてこっちですね、まあ、こっちが本番ということで、今家族2人分の食器がここに全部あります。多いとは思います。食器減らす時のコツはもうとにかく残す枚数を決めて、それ以上溢れてるものは減らすっていうのと、できるだけ多用途で使えるものを中心に残していくっていうのが、まあ、減らすコツで、今回ルルさん2人暮らしでかつ来客の時ってマックス何人ぐらいいます？ 3,4 人ぐらいですかね。3、4人が来る。まあ3にしときましょうか。だとすると、まあマックス5。全部5人分である必要はないです。はい。まあ例えばマグカップ、まあコップとかカトラリー系はまあ5あればこと足りるし、まあそれ以上の来客の時はもう惣菜だったり紙皿だったり対応できると思うので。っていう風に来客用は5人までみたいに、もうちゃんと残す数決めてそれ以外はどんどん減らしていきましょう。で、ここも片付けていくのでやることわかるでしょうか。全部出します。もう食器も全部出します。見えるのに全部出すんですね。みんな全部見えるって言うけど見えてないんですよ、これ実は。これをみんな面倒くさがるから減らすんです。という感じでここは全部出しまして、あとこっちはどういったものが入ってますか？お気に入りのものです。でもこれは使わないですね。あ、使わないものを早速こっちとこっちでなんか使い分けがあったりしますか？それともシンプルに入りきらないからこっち入れてるみたいな。縦で収納したかったので。ああ、なるほど。縦で収納したものはこっちに置いてるっていうので、じゃあこれも全部出します。で出しながらさっきみたいにもうこれいらないものがあったらどんどん減らしちゃいます。はい、ということでこちらが全出しした食器になりまして、まずコップからいきましょうか。コップはまずまあ来客時のこと考えてもまあマックス5あればいいかなっていうので、これちょうど5個ありますね。でここはじゃあもう絶対使ってるやつで5個で、あとコップがこれと続きもはい、ちょっと一回も使ってないん
ので、ビールの飲みのものなんですけど、もうこれ使ってないですね。使ってないです。じゃあこれは手放していきましょう。こちら妹が欲しいっていうかもしれない。けどもういいですね。手放しちゃいます。多分これ長年の習慣なんですよね。まあ実際多分妹さんとかすぐ欲しがるし。大前提相手から欲しいって言ってきたものは全然いいと思うんですけど、これって自分がいらないから自分がいらない分を他の人になんかこう肩代わりしてもらおうっていうような思考なんですよね。でみんななんかこれ人にあげたら喜ばれるだろうっていうその親切心でやってるつもりが、これ単純に自分の都合なんですよね。自分の都合でいらないからあげるだけで、まあありがた迷惑になることもあるし、で実際言われた側もあげるよって言われたら、まあ妹さんだからもう仲いいから、まあ本当にいらなかったらいらないっていうと思うんですけど、言われた側も断るのエネルギー使うじゃないですか。いらなかったとして。なんか捨てる前に絶対私に聞いてって言われるので、黙って捨てないでって言われるんですよ。まあだからちょっとね、そういう家族間、仲がいいがゆえに溜まってきてるものとかも多分あるんだろうなっていうのはこう見てて思ったところですが、まあ今回はもうそうですね、どんどん極力捨てていきます。はいやっぱり出してみると意外といらないもの出てきますよね。多分出したことによってこんだけあるんだっていうのが今パッと見えるから、まあ、例えば今捨てたガラスのやつとかもこれとかでも用途は似てますもんね、ワンチャンこれでもいけるしとか、っていう感じでやっぱ全部出して比較するとこういう風にどんどん減らせるようになります。っていうので、まあ、これとこれ出してみるとやっぱりなんかここのデザインが違うくらいで深さ一緒ですもんね。これは勝負でしょ。でしかもあれ3つしかないから家族以上あるし来客用にするにも足りない、まあ、こっちだったらちょうどさっき言ってた5枚あるから、まあ、こっち残せば来客時も対応できますね。続きこっちも行きましょうか。こっちは醤油皿とかかな、これは使います。じゃあこの2つは、何用ですかね。これは塩辛みたいなのをちょこちょこって入れたりとか。塩辛作ったりとか、こっちはなんかお醤油入れる。お醤油ですね、まあ、家族2人分なんでこれはじゃあ戻していいですね。あとここに大量の浅い皿、これもなんか醤油入れとかかなっていう感じで7枚ありますが、こちらは何用途で重ねてました？これもちょっとお醤油入れて。そうですね。目皿が好きなんですよね。なるほど。これとこれ残します。じゃあこの2つ残して他は手放しましょうか。昨日みたいなお寿司の時使わないかなと思っちゃうんですよね。そうという感じで、このちっこい、醤油皿に当たるようなものがもう今種類別で2枚ずつあるんですけど、昨日も僕お寿司一緒に食べましたけど、大体オードブルとかで頼むから、そこに醤油皿ついてたりとか、直接かけるとか含めて、来客用で考えてはいるんだけど、基本もう年に数回とかですよね。本当年に数回のためにたくさん残しておくのと本当にもったいないし、何かしらで対応できます。でまさに食器とかってこのシチュエーションだったら使えるっていうのが結構無限に出てくるから、ちゃんと本当に使うものだけを厳選して残していかないとどんどん増えちゃいます。で続きましてこれですね、立ててあった系。これはもう絶対よく使ってる、魚とか、で一応こう全部使われてるとのことなんですけど、使う使ってないの基準で言うと残していいんですけど、僕だったらもうこれはどれか1種類にするかな。例えばこれ真ん中のこれとかだったら深さ的にも多分これで全部賄えるんですよね。もう多分ここってあともう趣味の範囲というか、食器が可愛いとか食卓が美しくなるみたいな使い分けてるだけで、必要性で言うと多分ここは結構用途被ってるので、多分真ん中のこれだけとかでもいけますが、使われてますかね、いろいろと。いきましたね。実際はこんだけあれば、十分こと足りると思いますね。テンションが下がってる。別に残したいんだったら全然残してもらってもいいですね。片付けを結構夜までやってるから新婦疲れてるっていうのあると思うんですけど、僕の片付け動画みんな後半に行くと疲れてやる気ないように見えるんですけど、新婦疲れてるだけですね。人の片付け見るの面白いね。よく言いますよ。うちのチャンネルでも家お部屋なんだけど人に教えるのは得意みたいな。僕の動画とかでこういう理論はめっちゃ頭に入ってるけど、自分は片付けられなくてでも人の家行く時はめっちゃ言えるみたいな。一言だもんで言えるよね。そう、一言だから言えるんですよ。逆に言うと一言だから言えるくらい実は片付けってすごいシンプル簡単なんですよ。だってもういるいらない判断するだけだけど、これが自分ごとになるとさっき言った思い出がとか高いお金出して買ったからっていう情が終わって捨てづらくなる。だから傍から見てるとこんなの残しててバカらしいじゃんみたいなとかさっきもありましたね。ちょいちょいこれ使ってないでしょとか。ちょいちょいありました。そう僕たち目線から見るとそう見えるんですよ。でもルルさんにとってはそういうなんか思い入れがあったりとか、実は使ってたりみたいな
があるからまあ形するの難しいとこですよね。これは全部旦那さんが100均で買ってきたんですよ。ああ、旦那さん100均シリーズですけど私は好きじゃなくてなんで買ってきたんだろうと。でここはちょっと旦那さんが100均で買ってきたシリーズっていうので、まあ帰ってきたら確認はしてもらうんですけど、これとかこれって白い2つで事足りますもんね。深さもほぼほぼ一緒だし、サイズ感もほぼ一緒だから、まあこれは間違いなくもうなくても絶対困らないやつですね。うちの旦那さん料理が趣味なんですよね。あ、そうなんだ。はい。で、まあ土日は必ず作ってくれるし、まあ平日も早く帰ってきて時間があれば作ってくれる。ああ、素晴らしい。まあそういうことであれば、まあ旦那さんが使いたい食器とかもあるだろうから一応確認してもらってというので全部見直し終わりまして、ここに入りました。こっちは空ですね。ちょっともう少し整理はしていくんですけど、ちょっと続いてみたいのが下ですね。じゃじゃじゃん、大量のガラスの容器がいっぱいありますが、ここも一旦全部出します。これちなみに何用途ですか？食物繊維のイージーファイバーと五穀米とかを、なるほどなるほど。まあこれ要は、おしゃれに保管したいからっていう。でもこれここにあるのって、なんか用途的に言うと見せて飾る用のやつですよね。じゃあ使おうと思って使えずにここに眠ってるみたいな。こう開けると可愛いものがいっぱいあるので、疲れがなるほど、疲れが飛ぶって、さっきのエルメスコーナーと近いような感じですよね。もうだからここ本当に価値観の問題で、そもそも僕に依頼してくれてる時点で減らしたいっていう意思あると思うんですね。で、まあ、その上でここは残したいで僕は減らすとかでもいいし、ただまあ僕ここ見た理由としては、ここ結構使いやすいエリアなんですよね。まあちょっと一旦出しましょうか。まあ全部出していただいてるんですけど、見てる感じ使ってるものではないですね。もうっていう感じで、ここだから使ってるのここのブンブンチョッパーくらいで、他は全部まあ飾りですね。多分一番最初なんて言ったかな、収納の本があったと思うんですけど、多分ああいうのを見て、そうですそうです。もともとのマキシマリストスタイル、綺麗なものをちゃんと全部整理して置きたいっていうところが根本憧れとしてあると思うんで、まあその時の名残というか、パッと今取り出しましたけど、どうですかこれ、残したいのか捨てたいと思ってるのか。これはいいですね。そうですね、これとこれはもう未練もないということで、これは取っときたいですね。まあこれはまな板にもなるし、そのまんま出せるしっていう、これ使ってます？これは使ってはないが、まあ、可愛いから撮ってるところですね。そういうなんかもうここのキッチンってこう使うかどうかみたいな実用性関係なく、これ飾りなんですよね。コレクションのものだから、もともとこういう容器にこれを入れようとして買ってここに入れて保管してるっていう状況ですね。まあだからもうこれは多分取っといても使うことないですよね。まあ多分残して面倒くさいからやらないだろうし、まあだからそこの折り合いつける必要はあって、まあ僕は大前提とルルさんにご依頼いただいて、で最初に1LDK で暮らしたいっていうところを強く言われたから、まあそれ前提に僕今減らしてます。別にこれなんか僕無理やり減らさせてかわいそうみたいに言われるの割に合わないんで言っとくんですけど、僕はその 1LDK で暮らしたいってところの基準で指導していってるんで、その基準でいくとこれ絶対捨てた方がいいです。まあ捨てた方がいいというよりは減らさないと少なからず理想の大きな家手放して都心部で 1LDK で暮らすってことは絶対叶わないです。1LDK って思ったより狭いですよっていうのは言っておきます。その上でちょっとこれまだ時間かかりそうなんで、一旦後回しにしておきます。という感じでちょっとこれは一旦保留ということで、まあまだ明日も来ますし、ちょっと一旦時間を置いて、いらないってなれば手放すか、もうどうしてもやっぱ考えた結果欲しいってなったらまた戻すかっていうので、一旦でも極端な話、あそこ全部なくすとこんくらい開くんですよね。で、ちゃんと料理用途で使ってるものはここのチョッパーだったり、まあ、保存用のタッパーがあるんですけども、ここはもう全部使ってますかね。これははい2つあるので1個でいいです。これはじゃあこれは1個で大丈夫、じゃあ1個減らせますね、もう本当に使ってるものだけ残すとこんだけになります。そうですね。ちょっとあっちにもまだいろいろタッパーありましたね。そうですね、タッパーがすごい奥底にもタッパーがあったんですけど、ここにあると結構使いづらいと思うので、こっちに置いた方が使いやすいと思いますし、スペースも空いてます、でここにあった食器たちちょっと若干まだぎゅうぎゅう詰めなんで、まあ下スペース空いてるからここに立てちゃってもいいと思います、というので、まあもろもろですね、さっき空いたスペースにこういうお皿置いたりしてあげると、こっちもだいぶスカスカになりますよね。スペースが空いてゆとりがあっていいです。そうですよね。パッと何がどこにあるかも分かり出しやすいし、取り出しやすいし、そうですね。しかもこんだけ減らしてますからね、あとこれがそうですね、ちょっとないっていう前提で組んでるので、でもなんかこういうのを見ちゃうと、なくてももういいのかとか思えてきちゃいますね。あ、そうなんですよね。不思議で、さっきまであんだけ手放したくないと思ってたのに、すごい執着しちゃったんですけど、さっきのちょっとエルメスの箱と近いかもしれないですけど、何事もトレードオフで、まあ、もちろんこういう思い出のものを大事にするっていう生き方もそれはそれで素晴らしいと思うんですけど、
ど、これってもう実用性がないものだから、まあ、タンスの肥やしじゃないけど、まあ、食器棚の中で肥やしになってるっていう、もちろん見ててテンション上がるとこあったと思うんですけど、で手放したことによってここが毎日使いやすくなるんだったら、なんかこれ手放してもいいなって思います。まあ、なのでちょっとこれもまた明日、まあ、もう結構多分なんかもう手放してもいいなっていう風になってるとは思うので、っていう感じでここ終わりました。素晴らしい。というので今キッチン食器手放しまして、こんだけたくさん出ました。すごい。そして2日間でこんだけ減らします。なさそうに見えたけどあるもんだね。こんなにありますし、まあまだキッチン途中です。完璧には終わってないので、じゃあちょっとカレー休憩いきましょうか。はい、行きましょう。今日もですね、もう7時45分、もう8時間片付いてます。ということで時刻が8時手前ということで、今カレーを作っていただいてまして、お玉どちらにあります？トマト関係はここです。こっちか。ここに収納があって、まあ、ここはすごいなんか綺麗に整理されてありますが、ちなみにこれが2つあります。これいりますね。ここでいいです。はーい。まあ一旦ここは使ってますかね、他は。もう使わないかな。これホールケーキのやつと、あとここに包丁とかがあってっていう、これ使ってない。というのでここもじゃあ大丈夫かな。はい。込み直し完了。あとね、僕ちょっとさっき気になったんですけど、でさっきも期限に食器がこう減らし終わってっていうので、まあ、さっき食器全部出してもらったつもりが、こっちにも普通にありましたね。さっきこの2つで間違いないですかって言ったら、ここにあるやんと思って。大体そうなんです。まだあるやんけっていう。食器っていうか、これ隠し食器これ。そう聞いた時にここが出なかったってことは使ってないってことなんですよね。まあだからここもさっきの瓶と一緒にディスプレイ用、まあ見ててテンション上がる系ってことですよね。結構使ってます。あ、使ってます。まあ撮影で使えるとかそういうとこあるんでしょうけど、まあでも全部はいらないと思います、おそらく。じゃあ最後カレー食べる前にここだけ最後見ましょうか。これは妹が結婚祝いにくれた、まあ今カメラの後ろに妹さんいらっしゃいますけどあげた記憶がない。っていう風に、まあ透明のグラスが役割的に被ってるので、こっち減らして残すみたいな形で、これで全然それこそもう夫婦2人なので、まあ、今後むしろ使ってあげて、まあ、これで5人来客会う時も全然これで回せますしね。まあ一旦こんだけで、まあパッとちょっといらないもの減らしたら、まあ半分以上空きましたね。でこっちがいらないやつでいるの残したらこんだけっていう。ということでカレーを直前に少しでも減らせるものは減らしていただいて、すごい。素晴らしい。めっちゃ美味しそうじゃん。美味しそうなカツカレーとすごいヘルシーなブロッコリー。僕はブロッコリー大好きなんで。ちょうど今ね、4人でご飯今から食べるんですけど、残したサラダチーム全然足りてますよね。今こういう食卓なんですけど、さっき残したちょっと深めの小皿とカレー皿早速活用してますけど、こういう来客があっても全然余裕で残した食器で対応できますよね。頑張った甲斐ありますね。はい、ということで3日目です。最終日頑張りましょう。はい、ということで3日目です。最終日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ということで今日はキッチンから再開していきます。はい、ということで昨日のカレー会から一晩経ちましたが、なんか心境の変化とかありますか？手放すっていうことがちょっと軽く考えすぎてた部分があって、覚悟して決めたつもりだったんですけど、いざ手放そうって思うとすっごい考えちゃって、で時間もしちゃったり、ちょっと思ったよりも本当に体力を使うなっていうのを思いました。それこそ僕に本当に申し込んでくれてるくらいなので、相応の覚悟があって申し込んでるし、ご自身も YouTube で発信されてるくらいだから物減らしたいっていう憧れもあるし、っていう一方でいざやっぱり手にするとやっぱりこうなかなか捨てられない自分がいるっていうのは、これでも本当に動画を見てくださってる皆さんももう同じような人いっぱいいると思います。僕の動画見ながら減らそうと思っても途中で手が止まったりとか、まあ、すごい共感してもらえると思いますし、多分画面で見てる皆さんは昨日も話した通り、まあ、人のものだからそれ捨てればいいじゃんと思えるかもしれないですけど、これが本当自分のものになるとね、急に今ここにもいろいろ今置いてあるんですけど、いろいろ情が湧いたりとかして、今それを昨日思ったというところで、まあでも本当にどんどん減らせるようにはなってきてますし、ここにありますのはこれをですね、はい、これはもともと空だったんですけど、この3つの中を空にして、これをちょっと手放そうかな。おー、素晴らしい。こういう風にまたちょっと減らしてもいいかもと思えるものが出てきて、もう出してくれてたりとか。これが食洗機に入ってたものなんですけど、これだけを取っておきたくて、これだけ手放してもいいかなと、ちょっと渋さんにお聞きしようと思って。お、いいですね。まあなくても全然成り立つし、昨日の食洗機に残ってたやつですね。はい、あれを僕が帰った後にチェックしてくださって、もうこれはなくてもいいっていうので。あと、紅茶の
れ物が結構あったので、これを手放す代わりに物々交換じゃないですけど、これを代わりにもらえないかなって。昨日これもう手放すって言ったやつですけど、全然別にいいですよ。これ別に僕帰った後になんか見といてくださいとか指示したわけじゃないんですけど、もうこういう風に自分でこれいるいらないみたいなところが自発的に見れるようになってるので、すごくいいと思います。このままちょっとキッチン終わらせてしまいましょう。はい、よろしくお願いします。昨日の続きで食器見終わったので、カトラリー類、お箸とかスプーンとか見れてなかったと思うので、多分ここかな。はい。一般的にキッチンのこの上のところに大体皆さんこういう風にお箸とか入れてるご家庭多いと思うんですけど、ちょっとここも一旦全部出してチェックしていきます。はい、ということで全部出していただきまして、こっちにもですね、結構調味料普段使うものだったりとか、お箸が置いてあってっていうので、この木の容器とかが好きなのかなとか、ここにあった方が使いやすいっていうので置いてあると思うんですけど、キッチン上もう少しスッキリさせたいということであれば、これは上に置いといてもいいかなと思うんですけど、お箸とかカトラリー類もこっちにいた方がスッキリはすると思いますが、ちょっと一旦ここも減らしてから考えましょうか。僕だったら調味料は、もちろんここにあったらパッと取り出して使いやすいんですけど、木の容器とかってやっぱりあんまりこの周辺に置きたくない、ガスではないから引火の可能性は限りなく低いですけど、結構ここもリチリチに詰まってはいるので、僕だったらこっち側に調味料とか移していって、ここあんまり置かないようにします。掃除もしやすいですし。で、その上でちょっと一回見直していきます。という感じで全出ししているものだけを戻していきます。でもすでにいらないものもちょいちょいピーラーだったり、ハサミが3つありますね。これ1本あればいいかな。そうですね、これ1本あれば大丈夫。ちょっと進むスピード遅いのこういうのもあります。動画越しにちょっとカットしてるとこ多いと思うんですけど、今ちょっとお友達さんがまたちょっと来れてないので、どうしてもちょっとワンちゃんが吠えてる時にこうして止まったりするから若干進みが遅いっていうのもあるっていうのはお伝えしておきます。昨日お友達の風さんがいるいらないで判断してるみたいな指摘があったと思うんですけど、最初のうちはそれで減るんだが、キッチンは特に今みたいな最悪じゃあたこ焼きのこの年に 1,2 回使うもののために取っとくっていうのが、数減らすっていう意味だとあんまり良くなくて、これだったら最悪例えば別にお箸とかでもできなくはないよねみたいなとことか、もちろん専用のものがあるに越したことはないんだけど、あると便利に残すとキッチンじゃ片付かないんですよねっていうところを意識していくといいですね。ここキッチン用品減らすのってそういう意味では結構アイデアとかも必要ですね。そういうこれなくてもいけそう、これで代用できそうみたいな。これはちなみにごますり。ごますり。こっちがあるので、最悪使わないです。そうですね、今の考えが大事ですね。これがあるからこっちでいけそうとか、これもおお、すごい D&デルカの時にマイ箸入ってんのかなと思ったら割り箸でしたね。割り箸ポーチ。これ仮にいるとしてももう直接でいいですよね。割り箸が他あります？ちなみにあります。なったらいらないかな。多分昨日も割り箸で食べてたと思うんですけど、あれも結局要はオードブルだったり、お寿司とかもそうですけど、頼んだら大体割り箸ついてきますね。でこの割り箸とストローを手放すとここが開くんですよね。そしたらこのお箸とかカトラリーもここに入れられますね。これを使ってないですね。これは割り箸か。割り箸なんですよ。なんか専用のお箸が入ってると思ったらこれ割り箸だったんだ。菜箸の代わりに使ってたんですけど。菜箸ありますもんね。じゃあさっきのはなくても大丈夫。ちょっちに使う分だけ入れて。ってなったら普通のお箸ってどちらにあります？お箸はここにあるんだ。なんか私はこういうので食べちゃうんですけど。はい、もう割り箸で基本食べてるみたいな。割り箸も何回か使うみたいな感じですかね。そうですね。普通の料理箸と菜箸がここに全部混じってるのか。一般的には分けてることが多いですね。例えば普通のこのカープのお箸とかをここに入れたりとか、あとカトラリー系、ここもちょっと見直せるかなと思うので、っていう風にここもちょっと入れるやつだけを入れ込んでいきます。はい、という感じでここを全出しして見終わりまして、って感じでこれが全部手放したもの、出してみると意外とありましたね。でそのまんまここに全部収まって、この容器もいらなくなりました。もともとねあそこに置いてあったやつですけど、ここ極力ちょっと置くの減らしましょう、どんどん。ということでカトラリー類が見終わったので、続きましてこちら、調理道具系ですね。鍋などもろもろ、ここも一旦全部出します。はい、ということでここも一旦全部出しまして、旦那さんのみちさんとかも料理はされるっていうことだと思いますし、ルルさんも料理されます？普通にします。普通にはしますね。結構僕は見直してるとのことなんですが、ちょっと一旦改めてチェックしていきます。じゃあまずちょっと鍋系いきましょうか。ちなみにフライパンはもう一切、そっか、フライパンがこっちか。こっちに2つだけ置いてあるのってどういう意図でこっちに置いてますか？入らないので、こっちにこのフライパンがあるので割とちょっと
毎回大変です。ちょっと上に置くの不安ですよね。了解です。ちょっと一旦ここも出します。で、僕だったらもともとここに入ってたと思うんですけど、もちろん減らせてここに入ったら一番いいけど、あとこっちもそうですね、こっちもありますね。で、ここはせいろ蒸しの容器だったりやかんだったり、使用頻度低いものが下に置いてあるって感じですかね。はい。ちょっと出していきます。はい、ということで全部空にしまして、今調理道具がこれだけあるっていう状態ですね。でフライパンをよく使ってるけどこっちにあったと思うんですよ。っていう意味でまずちょっともう使用頻度高い順でランキング出してもらって、上位のものから上にどんどん詰めていきます。でもしこの中でも使わないとかなくてもどうにかなりそうみたいなものがあったら教えてください。1位はこれ。よく使うものだったら僕こっちに出てますね。僕これとこれは使ってる。でこれとこれも使ってる。で言うと、本当に減らしたいのであれば、もう大は小を兼ねる的に言うとこれあったらいけそうだなとか、コンロが3つ口全部使います？使わないです。なので使うとしても2つ同時だと思うんですよね。でなった時にそれぞれどういった料理作ってるかちょっと、フライパンは定番でよく使うと思うんですけど、この辺りですね。こっちも炒め物とか油とか、炒めこういう風にワンちゃんが結構増えるので、ぜひこれお片付けされる方とかはお子さんがいらっしゃったりワンちゃんいらっしゃる方とかも絶対預けた方がいいですとか、友達に見てもらうとかですね。僕今来客があるからっていうのもあると思うんですけど、なんだかんだでワンちゃんが走り回る、餌欲しがるとか、片付けやっぱり後回しにしちゃうのってこういう感じでどんどん中断が入って集中力切れて、またその集中力を取り戻すために時間使うっていうので、なのでぜひ皆さんもですね、ちょっと友達呼んだりとかして極力も片付けに集中できる状態で臨んだ方がいいですね。でこれが炒め物とか天ぷら、こっちは煮物系ですね。僕目線で見るとこれでも賄えるものではあるから、どっちか減らせそうだなとかは思ったりはしますね。そういうふうにこういう料理道具系はもちろん専用のものがあったらそれは便利だけど、やっぱり極力コンパクトにとか、それこそここに収まりきらないせいでここに置いてちょっと使いづらくなるとかだったら、やっぱできるだけ兼用して多用できるものにして減らす価値はありますね。じゃあこっちの大きいのとこれを残します。じゃあこの2つは手放すということです。いいですね。こういう発想で出していくとどんどんきちっと出せます。あとこれは卵焼きですけど、フライパンでもできますね。そうなんですよ。逆に言うと結構フライパンあれば大体の料理できます。フライパンほんと便利で、例えば前トースターあんまり使わないんだけど捨てるかどうか迷ってますって聞かれた時にはもうフライパンで焼けますよっていう。僕一時期フレンチトースト作るのハマってたんですけど、フライパンの上に食パンを置いて焼いてってやってたりとかしたので、っていう風にほんと専用のものにこらなかったら意外とフライパンで何でもできます。はい、ということでみつさんが今いらっしゃるんですけど、本当は初日しか来ない予定だったんですけど、リモートワークでご対応してくれて、ちょっとワンちゃん見てくれたりとか、最後ちょっとお片付け手伝ってくれるというのでありがとうございます。基本はリモートワークされてるのでそんなに出てこないんですけども、よろしくお願いします。お願いします。初日服減らしてみてどうでした？着替える時にあれってまだ違和感はちょっとありますね。なくて落ち着かないみたいな。いや、それはないです。そこはもともとそこ使ってたしみたいなのもあったんで、探さなくてよくなりました。そうですね。探さなくてよくなったっていうのと、やっぱ服選び楽になったと思いますし、いいですねっていう風に仕事しやすいとかありますか？ああ、それはありますね。旦那さんは洋服とかカバンとか靴は全く執着がないので、手放しても全然大丈夫。逆に。だと思います。なんで多分デスクとか仕事で使うところの方の恩恵の方が大きかったっていうので、ちょっと綺麗になったデスクでリモートワーク頑張ってください。よろしくお願いします。これは結局使ってないですね。大きな鍋がありますが、カレーをたくさん作ってタッパーに冷凍してたんですけど、結局もう一個似たようなのがあるので、これだけはもうちょっと使わなくなっちゃったね。そうですね。昨日もカレーごちそうになったんですけど、こっちにも残った分今入れてますしね。これあるから多分こっち使ってないですよね。多分サイズ的にもこっちの方がちょうどいいのかな。ちょっとこれ大きすぎるから、それこそ夫婦2人とか、今回みたいな来客含めてもここまで使うことなかなかないと思うので、こっちで十分だと思います。というので全部見終わりましたね。すごい、ここ全部いらなかったやつですだいぶありましたね。やかんだったり大きな鍋だったり、ここら辺はなくても困らないものなので、手放しちゃいます。で残ったものたちがこれらですね。あれだけ減らしたら、さっきここに置いてあったフライパン、もう絶対ここ置かなくていいですね。もうこの2つに絶対収まるので、入れ込んでいきましょう。
すごい。ということで、なんとだいぶスカスカになって、もう一目瞭然ですね。そうですね。パッと探せて、パッと取り出せて、でここにあったフライパンもここにもうそのまま立てられるようになってすぐ使えますね。素晴らしい、便利。いやーよかった。こんなにも使わないものが出てきて。そうですね、はい。だいぶ使ってないものあったので、最初は結構厳選しましたって話はあったけど、全然ありましたね。再来するものが。代用できますもんね。同じものが2個も3個もなくても。そうですね、代用できるものもあったし、なんか似たサイズ、これとか同じような2個あってとか、試したけどあんまり便利じゃなかったものとかもあったので、そうですね。というのでここも減らせました。でそのままここですね。これでも全然使いやすいし、パッと見は綺麗なんですけど、僕だったらですね、ここも極力やっぱ何も置かない方が綺麗だし、もちろん掃除もしやすいっていうところと、一応安全というかですね、結構皆さんこの周辺に調味料を置いてる人多いんですけど、取り出しやすいがもちろんやっぱり掃除はしづらいし、ごちゃごちゃ感は出るので、こういうタイプのキッチンだったら基本的にここに調味料入れとか、あとここのキッチンいいなと思うのがこの縦長のここですね。だいたいここの上のやつって長いものが入んなかったりするんですけど、ここ下にもあるから置こうと思えば置けますし、あとここにクレラップとかが入ってるんですけど、これここに使うのもったいないかなちょっと今取り出すにも結構物がぎゅうぎゅう詰めでちょっと取り出しづらい。僕だったらこれはこっち方面に固めていくかな、もう少しこの周辺片付けてこっちに置くとか、ここでもいいと思います。ここだったら立てておけるんで取り出しやすいですよね、パッと。っていう感じで、これはこっちに移動させて、昨日減らしたおかげでまだまだ余裕がありますし、ここは輪ゴムとか使ってます。ここ使ってないです。全部使ってないですね。全部使ってないですね。しかも輪ゴムはこっちよーく見てもらうとこっちにかかってます。ここに置いてる理由ってなんかここで縛るからみたいな、特にない考えずに、ここにキッチンがあってそこに輪ゴムがあるんですけども、これちょっと置き場所は考えていいかな。ちょっと一旦ここじゃなくていいかな。もうここでもいいですよ。ここにこんだけだったらですよ、ここでもいいし、十分ですね。これ捨てます。でこれがもういらなくなったので、こっちの調味料がここに入れ込みますね。ここはなので動画時点ではここに入れておきます。これをここに入れ込むのが一番スッキリするし、使う時に引き出すくらいだったらそこまで手間ではないと思うので、こういう短い調味料は全部ここに入れちゃってあげると使いやすいですね。というので今ちょっとどうするか考え中なんですけども、気になったのがここですね。ここに多分油飛ばないようにするこれですね。半年に1回ぐらいサランラップを交換してるんです。なるほど。これって結局これが汚れるかこっちが汚れるかの違いでしかないから、僕だったらこれなくしますね。もっと言うと基本的に皆さんもこういう形じゃないにしろ、例えばよくキッチン周りにマスキングテープ貼ったりとか敷物敷いたりとか、油飛びしないようにっていうのでこうサランラップしたりとかいろいろやってると思うんですけど、これ要は今もちょっと僕ちょっと触って手がベタついてるんですけど、結局掃除後回しにしてるだけで、これも汚れたら都度拭くか、結局これ半年に1回とか、これが汚れたら張り替えるって作業もめんどくさいですよね。だったら僕はこれもなくしてもう直接拭きます。ここ汚れたら。どうせだってこれも汚れてますからね。これ結構でもこれルルさんに限らずあるあるで、みんなやっぱりここら辺が汚れるからっていうのでかぶせるものするんですけど、結局そのかぶせ物が汚れてるわけだし、でそれを取り替えるっていう手間かけるんだったらもう拭いた方が早いよねっていう。でもちろんこういうのもサランラップだから普段のもの使い回してるからいいんですけど、よく100均とかで油の飛び跳ね防止フィルターみたいなのって定期的に買わないといけないし、買いに行くのもめんどくさいですよね。なのでこれキッチン全般これに限らず言えることなんですけど、汚れないようにするためのカバー系っていうのは基本おすすめしないです。あれはあくまで掃除を後回しにしてるだけだし、結構人気のインスタグラマーの方たちがこういうのをやってて、で真似しちゃったんですよね。そう僕ちょうど今言おうと思ってました。これまさに今 SNS とかで一人暮らしを始めたら買うべきもの何選とか、キッチンにないと損するもの5選みたいな、なんかあるとめっちゃ便利ですみたいなのまさに SNS、特にインスタグラムだったり TikTok のショート動画でめっちゃ流れてくるんですけど、あれ買わなくていいです。そう結構ああいうの見ると欲しくなると思うんですけど、特に僕たちミニマリストというか物を減らしたいという観点でもそうですけど、ミニマリストじゃなくても便利アイテム系って100均とか無印で買えるから安いし、ライフハックやってる感もあったりしてハマっちゃうんですよね。あれ便利なことやってるっていう充実感。でも掃除後回しにしてるだけなので直接拭くのが一番早いし、なのでこれは
てもいいんじゃないかなというのが一応僕からのアドバイスにはなります。こう実はこういうちょっとルルさんがちゃんとカバーかぶせて、飛び散らないようにっていうのでやってるんですけど、これがあるならいらないと思いますね。そんな別に飛び散ってる形跡もないし、一旦外してみていいと思います。というのでここがですね結構強力に、そして上もいっぱいサランラップ敷いてますね。これあれですよね、剥がせばホコリパッド取れるからっていう。そうですね。でもこれ間違いなく言えるのは、サランラップこういう丁寧に貼るよりも拭いた方が早いですね。これも一緒に取っちゃいましょうかね。ということでそのままこっちもちょっと一旦全部出します。結構でもこれあるあるで皆さんここに置きがちなんですけど、ベタベタなんで。そうベタベタするし、シンプルにこう上から取り出すの大変ですよね。持ってると地震とか防災の観点でいうともう絶対落ちますからね。これ料理中に落ちてきたりとか危ないので、もうこれは絶対置かない方がいいです。今こんな感じに置いてあったんですけど、ルルさんのご自宅こっちに素敵なスペースありますし、ここに全然置けますね、片付ければ。なのでここに置く必要はないと思います。ということで探します。このまんまが一番美しいです、ということで頭上もすっきり、こっちもすっきり、こっちも取っちゃいましょうか。はい、という感じで着々とここも綺麗にしていってまして、最後ここですね、この一番奥、ここも雑多にゴミ袋などなど入っております。そして洗剤などなどですね。というのでここ全部出したんですけども、僕おすすめの配置はそっちですね。ここが空いてるので、ミニマリスト御用達歌丸クリーナー、これ1本でいろんなとこ掃除できるのでおすすめなんですけど、こういう洗剤ハイターだったりですね、ここに入ってるんですけど、使うとしてもこっちですよね。なので極力近いとこっちのスペース空いてるので、こっちにどんどん入れ込みましょう。今からこのビニール袋たちをここに入れ込んでいくんですけど、昨日上に使わなくなったブックスタンドがあったんで、それを使ってきます。ということでこちらのゴミ捨て場にあったこれですね、こいつを使っていきます。こういう深い棚とかってラップ系が倒れたりとかして使いづらいと思うので、こんな感じで立ててあげると使いやすいと思います。そうですね。あとこういうゴミ袋とかも上から見るとこうなんですけど、こういう風にゴミ袋とかも入れてあげると縦に立つので小スペースに使えてパッと取り出しやすいですね。もう使ってないですね。これ使ってない。これ使ってないというのことなので、これは処分するのと同時に、ここにもラップがあるんですけど、実はこっちにもあるんですよね。じゃ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 んということで、冷蔵庫の上にもあります。これもここに置かなくていいですね。なので、これ取っちゃって、使ったり直近のストックはここに入れちゃって大丈夫です。こっちの方が絶対使いやすいですよね、続きましてここなんですけども、ちょっとここがねやっぱりいろいろごちゃついてて、例えば僕パッと見ただけでもここですね、動画を見てる皆さんもこれはいらないんじゃないってちょっと探してみてください。パッと見た感じだと僕これ別にわざわざ下に敷かなくていいんじゃないかなと、これなんかどっちかというとおしゃれで置いたみたいな感じですかね、そうですね。多分木目、こういう木の家具とかが多かったりするので好きだと思うんですけど、これ別になくてもそうですか、後ろもですねどんどんずれてくると思うし、これがやっぱあと手前と奥で重なってるのも使いづらそうなので、取り出しちゃって一旦出します。この辺りも、ここも一旦全部出しました。そして上はお薬だったり、ここ大量に小銭が綺麗に分けられてますね。あとここにレシピ本があったり、直近のすぐやらないといけない書類があったりっていう感じですね。であとそのまんま下まだ開けてない引き出しが1個ありますね。じゃん。ここに書類が入ってたり、あと下もお薬系ですね、ここに別にお薬があったり書類があるのは悪くないと思います。僕もキッチンに書類置いたりするし、一般的にキッチンに書類って置かないと思われがちなんですけど、僕の家とかもそこにしか置き場なかったりとか、ここでよく過ごしてる時間が長いからこそ、ここで整理するんだったら全然置いてもらっても大丈夫なんですけど、ちょっとここも見ましょうかね。ということでここもいらないものはそっちにどんどん出して、でいるものだけこういう風にどんどん整理していって、これが2つ重なってたやつももうこういう風に平面に横並びでパッと取り出せるようにしたりとか、あとよく使うワンちゃんのものとか、お水は一旦ここに置いてあってですね、すごい綺麗になりましたね。はい、基本的な感じになりました。それでここは片付け終わって綺麗になった、綺麗になった。綺麗になりましたよね。すごいすっきりしてる。すっきりしてるとで、ふうさん今日シマウマ来てますね。はい、しまうま来てます。ここにあるもの全部減らしてます。これさよなら？さよならです。すごい頑張ったじゃん。そう。この短い時間に着実に綺麗になっていってます。すごい。頑張った。で最後なんですけど、終わってないところがあって、ここなんですけど、なんかここに謎のお盆とキッチンパネル。使って
ってますこれ、ちなみに。それは毎日使ってます。毎日、前使ってんのそんなそう、毎日使ってるのに、ここに入れてんここに置けばいいじゃんじゃとか、まあそこでもいいですよね。やっぱり。あ。もういいんじゃない？入るっていう風に減らしたおかげで、ここに置こう、あそこに置こうみたいな選択肢が広がりましたね。はい。今まではこういうの考える余裕もなかったと思うんですけど。じゃあこんな感じでキッチンはいいでしょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様ではい、ということでもうこれどんどん今手放していくんですけど、これとこれも手放します。だいぶ減らしましたね。というのでこれを上に持っていきます。うわー、どんどん積み上がる不要品たち。まだまだ出ますよ、この後。なぜなら今日備蓄を触るからです。すごい、そのキッチンがすっきりすると、なんかここら辺がごちゃごちゃしてるなって思ってきちゃう。まあ今ちょっと一時的に料理中だからあれですけど、素晴らしい。その意識はいいですね。はい、そうすると食器の水切り器も一時的に継いで、でまさにこれはいらないそう、僕いいですね、その見方。めっちゃミニマリストマインドが確実に身についてる気がしますが、僕ちょうどそれ言おうと思ってて、まあ今ちょっとここは一時的に置いてますけど、料理中だから。唯一やっぱ気になるのがここですよね。減らしていくとこれがやっぱ結構高さがあって目立つし、僕だったらもうまさにこういうところで水切ってここ減らしますね。なのでまあ一旦ちょっとやってみます。そもそも食洗機もありますからね。食洗機とここで十分。全然違う。景色が全然違いますよね。これがあるとないと圧迫感が全然。そう、全く違うんで、今後はこことここで収めていきましょう。というので今実は昨日のカレーの残りを食べて、今からちょっと休憩して、休憩し終わったらちょっとリビング片付けて備蓄に入ろうと思ってます。時刻は2時。昨日の残りのカレーを食べます。はい、ということでランチ休憩も終わってですね、昨日のカレーいただいたんですけども、ここ綺麗に片付けまして、物減らした結果ですね、ここもすごい何もなくなりましたね。さっきのここに置いてあったやつとかも、もうここに置いたりとか、今ちょうど洗い終わってですね、ここに全部入ってますけど、もうここから取ればいいですしね、食洗機で洗って。本来ちゃんと物減らして家事やっとけば、この状態にできるんですよね。もちろんここから使っていくうちにちょっと上にまた散らかったりすると思うんですけど、今後多分この状態キープできるようになったら、何か物が置いてあるのが気持ち悪いっていう風に感じると思います。で、さっきもなんか細々したものが気になるっていうのがおっしゃってたと思うんですけど、本来でも本当に必要なものだけ置くとこの状態になりますし、ワンちゃんのものもちゃんとここに固められて、上は何も置かず、そしてここも開けるとこんな形で使うものだけ置くとスッキリ。そして必要な食材も全部ここに入りましたね。ちゃんと食材、書類、お薬、調理家電類などなど、素晴らしいスッキリ。そして何よりやっぱここですよね。ここももろもろ全部ちゃんと必要なものが全部ここに入って、よいしょ。ここなんかもすごい綺麗に素晴らしい。いやー、めっちゃ使いやすくなりましたね。はい。こんなのもう何年も見たことないです。あ、マジですか。ここがこんな綺麗なのは。あ、もうじゃあ本当にここもうずっと万年床だったんですね。もうはい。ここからちょっとルルさんの生活がどう変わるか本当に楽しみですけども、ということでキッチンも綺麗になりましたし、実はリビングの方ももうささっとここ片付けまして、ここにはそうですね、リモコンとかティッシュ使うものだけ置いて、あと旦那さんのガンプラと、ここにもろもろ今ルルさんが使うメイク用品だったりお薬、あとアブローラーなどなどですね、ここ全部入ってます。常にこの状態をキープできるように頑張ってもらいたいですね。一旦キッチンリビング終わったので、続きまして備蓄いきましょう。ここからが本番です。むしろこれを減らすために僕来たと思ってるんで。はい、ということでついに備蓄に手をつけていきます。和室に来ました。備蓄という名目で残してあるものたちがいっぱいあるので、早速ここ減らしていきます。ということで、お尻に大量のティッシュだったり、トイレットペーパー、マスクなどなどいっぱい綺麗に備えてあるんですけども、最初に減らす前にどこまで備蓄残すかってところをちょっと話し合いたいと思ってます。で、基本的に国の内閣府が発表しているものだと、3日、5日、7日でおすすめがされてて、最低3日はとにかく絶対備えておいてくださいと。で、災害があったりとかして、ライフライン、物流がちゃんと整ったりとか、支援物質が実際届くまでには、国はどんなに早くても3日かかりますっていうのは言ってるし、実際はやっぱ3日で来ないことが多かったりしますね。最近だと能登半島とかいろいろ地震あったと思うんですけど、もうそういったところでも実際に3日で届くっていうのはあくまで他県から物流が届くのがざっくり3
が、でそこから県内に行き渡るまでがまあ7日とか5日とか早くてもっていうのがまあ実際現実的なところ。なので、一応まあ不安な人だったらまず1週間取っとけば間違いなく支援物資が来たり物流が、まあ、そこコンビニとかスーパーがだいたい開き始めるのもまあ5日から7日が多いって言われてるので、まあなので本当に言うとまあ最長7日あればまあまあ困ることはないっていうのがまず言われてること。で、その上で7日以上とか、今回言うと1年分ですよね。ってものになってくると過剰だし、もっと言うとこういう風に保管する場所が必要で管理しきれなくなって散らかってしまったりとか。食料品とかもちょいちょいさっきね賞味期限切れのものとかもあったりしましたけど、賞味期限切れのものを食べて、でそれこそ女とか壊してしまったら、災害時に食中毒になるとかなったら元の子もなかったりするから、食品の鮮度が高いものを食べないといけないし、持ちすぎも良くないよっていう話なんですけど、まあ多分そこはルルさんも感じてるところで今回ね、減らしたいっていう風に応募してくださって、ただルルさんはやっぱまあ、いきなりこう、7日分にするとかはね、多分まだ難しいと思うので、そういう意味でもちょっとルルさんがまあどこまで残しておきたいかっていうところをちょっと聞きたいなと思って。1階のシューズクローゼットに収まる分と、あと階段した収納に収まる分ぐらいにしたいです。そうですね。で、今このお家って、この和室と玄関と階段下と、ローリングストック法でやっていくのであれば、まあキッチンの食料品も備蓄っていうふうに捉えられるから、まあ実質今4箇所に散ってる。で、備蓄用の部屋がまあ3つですね、特に。この和室と玄関と階段下であるんですけど、まあ僕も聞いてる感じだと、玄関のあそこに収まる範囲内にして、ここの部屋をもう空にするっていう方針にしましょうか。あとは、ここが Wi-Fi のルーターになってるんですけど、はい、火事が多いじゃないですか。はい。なので、紙製品がこういうところに置いてあると、最悪火事になっちゃっても嫌だなっていうのもありますね。実はここに、まあ、紙物がいっぱい置いてあるんですけど、まあ、これ Wi-Fi ルーターとかがもろもろここにあって、中の基板開けるとこんな感じなんですけど、まあ、これがまあ火事になると怖いっていうところで、僕その発想なかったです。まあ、根本言うと、発火の原因ってタコ足配線のしすぎとか、そこが理由だから見直すに越したことはないし、まあ、やっぱりここは空にしたいですね。もうこれも含めて、まあ、階段下と玄関とかに収めていけば十分入ります。なんか、ルルさんは結構自分で YouTube チャンネルやってて、備蓄の動画とか上げると、コメント欄ですごい色々指摘されるらしいんですよね。例えば缶詰。賞味期限が切れても、なんか10年ぐらい。そうですね。瓶や缶詰は10年ぐらい保存ができるっていうことを教えていただいて、まあ期限が切れても大丈夫かなと思って、そのまま放置したりしてます。そう。だからコメント欄で、いや、それ賞味期限切れてるけど、それまだ10年持つよ、みたいな。そうですね。そう。これ調べたんですけど、一応国が言ってるのは3年って、まあ一応切れても3年食えるけど、10年はでも絶対言い過ぎです。彼10年経っても食べたいですかって話ですね。まあさっきも話したんですけど、それで食中毒になったりとかして、また余計に物が増えますよね。その、トイレの回数が多くなるとか、災害時にですね。ってことを考えると、まあやっぱり、ちゃんと期限が切れたものはどんどん減らしていった方がいいし、備蓄警察みたいなのが多分いるんですよね。これまあ、よく何警察みたいなのあるんですけど、上から物申したい人たちっていうのが YouTube チャンネルにはいっぱいいるから。でも、私は全くの素人なので、教えていただいているって感じで、否定はしないですね、全く。否定はせずにありがとうございますって言ってちゃんと。そういう感じです。まあ、てか教えてもらうのはありがたいんだけど、どうしてもチャンネルの特性上、いろいろこうアドバイスが来るけど、果たしてアドバイスしてるのが正しいかっていうのわかんないですからね。だって別にそこに専門家の人が来てるわけじゃないし、まあ見てる人も一般の視聴者だから、まあだから参考になったところは取り入れて、でもこれは本当かなっていうものは疑って、で、ちゃんと自分で調べるとかですね。僕もそれ言われた時に昨日調べましたもん。10年は言い過ぎだなと思って、まあ3年みたいな話はあったけど、10年はやっぱり言い過ぎだなっていうところもあったし、まあそういうこともあって結構どんどん取っておかなきゃとか、するのが不安になってきたっていう背景がまずルルさんにあります。早速なんですけど、まずこの部屋には食料品が一切ありません。食料品があるのは1階の玄関のところと階段下だけなので、ここは多分すぐ減らせると思うんですよ。食料品とかはさすがに一気にしてるの結構心もとないから、まあ、すぐ近くにフードバンクとかもあるので、そういうとこ持ち込むとして、まあ、ここはどんどん減らせていけるとこかなというので、まずこの和室からどんどんいきます。ということで始めていくんですけど、これは空です。でも最近ふるさと納税で頼んでるやつです。あ、なるほど。ふるさと納税で。ふるさと納税、ミニマリストの天敵だと思いますね。そうなんですか？本当に。僕はちなみにふるさと納税やってません。ふるさと納
納税って確かに節約にはなるけど節税にはなりません。これあくまで県民税、市民税の倍払いでお得なトイレットペーパーが無料でもらえますとかあるんですけど、結局それをもらったことによってこういう風に使い切れずに物置部屋してたら、いくら無料でもらっても、むしろ僕もお金もらっても欲しくないし、これ保管するための家賃かかってますし、本当によくあるのが結局使い切れなくて友達にお裾分けしないといけないとか。っていう風に無料でもらったからといってそれが結局管理するのに時間かかってるんだったらお金払ってるのと一緒なんですよね。無料でもらっても結局自分でも人件費かかってますからね。っていう意味でも僕はふるさと納税もしないって決めてるんですけど、でふるさと納税もいっぱい種類あるから毎年これがお得でとか、最近も結構、制度が変わったりして、解約したりとかなんかそういう情報を追うのめんどくさいから僕はその時間あったら仕事した方が稼げるし、ふるさと納税選ぶこと自体僕ワクワクしないからもうやらないと決めてるんですけど本当にそれで洗剤とかトイレットペーパーとかお米とかいっぱいもらって使い切れず腐らせてる人僕いっぱい見てきたから、そうするとふるさと納税って応援したい自治体に対してお金を回すためのものだったのに今節約合戦みたいになっちゃってるから、なんかそういう意味でもなんか本来の目的からそれ始めてきてるなと思うから、僕はもうやらないって決めてるんですけどもっていうので、ふるさと納税からもらった5倍巻きのトイレットペーパーこちら5倍巻きのトイレットペーパーは物としてはすごいです。実は僕も使ってますし、名前の通り5倍巻きなので、普通のトイレットペーパーよりも5倍長く使えるから、それこそコンパクトに保存できるし、場所も取らないし、トイレットペーパーを取り替える回数が減ります。だから手間の削減もできるし、これ自体はいいんですけど、ちょっと数は多いですね。諸説あるんですけど、1人当たりが1ヶ月に消費するトイレットペーパーって4ロールっていう話もあったりして、これ5倍巻きだから、ざっくり言うと、この5倍巻きの1ロールで、1人1ヶ月は持ちます。夫婦2人で使っても、2ヶ月は持ちますね、これで。極端な話、備蓄としてはもう極端な話これで足ります。ここにあるので、1年4ヶ月分ぐらいあるかな。ここまで入れると、もっと持つと思います。いかに持ちすぎかっていうのがよくわかりますね。って感じで、この段ボール処分していきましょう。そして裏で、プーさんが箱を潰してくれるという、ありがたい。こういう風に和室のところにティッシュとかいろいろ置いてあるんで、全部押し入れに詰めます。あったの把握されてました？はい、ここにあるものは全部パソコンでいくつあるかっていうのは全部管理してるんです。すごい。個数は把握してるくせにここはめちゃくちゃ汚いっていう。矛盾だらけじゃん。そう。今どんどん積んでるんですが、お店開ける。よくコンビニって言われます。コンビニの在庫よりありそう。コンビニだねって言われるけど、はい私はいやこれコンビニじゃなくてキオスク程度です。そこを自慢するとこじゃないです。もう確かにこれコンビニ以上ありますね。でちなみにこっから先多分ね、下に乾電池が大量に出てくると思うんですけど、最低限はもちろんあっていいんですけど、僕片付けてると大量に使用済みの乾電池持ってる人が結構いて、電池回収に持っていくのめんどくさいっていうので、そういう人には僕こういうエネループとか充電池おすすめしてて、こういうの買うと電池買い行く手間も省けるし、捨てる必要もないから楽だしっていうので、こういうのが探したんですね。私のやつが出てきたみたいです。なんでこうなるかっていうと、泥棒に入られた時に段ボールで隠して押し入れの奥に入れておけばわからないかなと思って、わざわざこの段ボールをホームセンターで買って丸段の奥に入れてたんです、見ないじゃないですか多分。こういうとこ見るとすごい不安症なんですよね。空き巣に入られたら地震が起きたらっていう、もうあらゆるトラブル不安を想定しながら生きてるから、それは生きづらいと思うし、この段ボールの中に貴重品が入ってるので、どういう貴重品が入ってます？都市の権利書とか銀行の通帳とかここに入れてるんだ。小銭とかお札とか、結構な金額が入ったりとか、もう泥棒を想定しながら生きるとそれはもう個人の価値観の問題だからっていいと思うんですけど、それだとしても金庫に入れるとか専用のものを買ったりして、金庫だと目立っちゃいますよね。重い金庫とか金庫をなんか分かりづらい場所に置いとくとかでもいいんですけど、これこそ簡単に持ちにできちゃうじゃないですか、見つかったら。傍から見てるとなんか論理が破綻してるものとかも結構いっぱいあるんですけど、なんで違う対策方法を考えましょう。なんかすごいな。そう、後ろが大変なことになってます。すごいこれ。よく集めたね、こんなに。本当にそう。全部出したらこんだけ量ありました。あの布の中なんでしょう。中身が気になるんです。あれは趣味のものです。で、そう、意外と、この部屋趣味のものもあって、そこもそうですね。ここはなんか防災アイテム一切ないらしくて。趣味の何があります？昔から骨董品が好きだったので、父も骨董好きだったので、亡くなった父にもらった骨董品だとか、そういうものがいろいろあります。クローゼットにもともとね、ミニチュアいっぱいありますけど、そういう風にこういうのが好きっていうので。せめて、この部屋はそういう骨董品を置く部屋とか、趣味の部屋にするとか、せっかくの綺麗な和室があるので、これで埋もれちゃってたのはすごいもったいないですよね、こういう荷重が。本来綺麗にすれば、こういう状態になりますからね。ということで、ここからもう減らしていきましょうか。ティッシュとかは明らかにいっ
ぱいあるので、そう、だから僕よく物別で片付けましょうって言うんですけど、空間別じゃなくてちゃんと、備蓄は備蓄っていう風に今回全部固めましたけど、本当は言うとまだ玄関にもあるから、玄関のも見たいですね。で、ポケットティッシュとかも明らかに減らせるものは捨てちゃってもいいかな。ということで早速減らしていきます。ということで、ポケットティッシュを早速捨て始めていきますが、エルメスの箱を捨てたルルさんなんで、どうでしょうか、ここら辺は。こっちの方が、あーって思います。確かに。こっちの方が逆に、エルメスの箱よりもちょっと心理的に作る。はい、そうですね。だからやっぱルルさんってやっぱりどっちかというと、好きなものをコレクションしたいっていうのが昔からあると思うんですよね。その矛先が直近まではエルメスだったと思うし、多分今は備蓄アイテムに変わってるっていう。だから多分エルメスの箱よりこっちの方が捨てづらいっていう。そうですね。今はもうブランド品とかは全く興味がないです。だからこそちょっと捨てづらいと思うんですけど、はいさすがにこの量結構一気に捨てるの心もとないので、もう近くにリサイクルショップとかあるから寄付したりとか、あとフードバンクとかも持っていくので、ちょっとまとめましょうか。という感じで、ここが今残すやつですね。もうトイレットペーパーは5倍巻きのやつだけ残して、でティッシュはお気に入りのちょっと固めのやつと、必要なナプキンなど必要なものはこっちで、こっちにあるはみ出たやつはもう減らしていきます。でもすごい全然いけてますね。もっと苦戦するかと思いましたけど。って感じで素晴らしいカラーになりました。カラーボックスも出しちゃいます。すごいです。全部出し終わりましたね、今度。さっき段ボールとかに隠れたから分かんなかったですけど、もうほんと床中丸くらいのものがありますね。どういう風に仕分けたかっていうと、こっちがいるやつ、迷い中、ここはもう手放すやつですね。すごい。だいぶ減らしましたね。これだけ減らして、これですね。ワンちゃんのペットシーツだったり、5倍巻きトイレットペーパー、ティッシュ、紙パンツ、綿棒、生理用のコットン、簡易トイレなどなど、これだけでも半年以上はこれで持つし、ちょっと迷ってるのがここのマスクっていうことで、ここのが結構使う。はい、マスクは結構使うんです。旦那さんは毎日使うんで、お仕事柄。夏冬関係なく。もう全部取っときたいですか？そうですね、これだけは取っときたいですね。こんだけだったら全然まだスペース的に入るとは思うし、2人で毎日使っても1年あるかないかぐらいはありますけど、こんだけ減らしてるんで一旦 OK にしましょうか。ちょっと喘息気味。出ますよね。いや、ちょっと僕も今ですね、ちょっと若干喘息気味で声出ないんですよね。もう結構やられてます、僕も。じゃあ一旦これ、脳処理ですね。なんででもすごい、こっちいらないやつ、こっちいるやつって言うんで。素晴らしい。そしてこっちが空になりました。いやでもこれ僕たち今喘息やら鼻炎にやられてますけど、これ災害時にここ必要だって言って仕分けてたら急に体調不良になって、やばかったですね。緊急事態時にまた薬が必要になっちゃった。だから常に部屋もきれいにしておかないとですね、災害のためにも。これを下に持ち込むために下の片付けいきましょう。はい。というので、今から廊下に行って玄関の備蓄部屋見るんですけど、休憩してます。二人とも喉がやられ、僕は喘息が出てるみたいな。私はもともと喘息持ちだったので、結構ちょっとすごいです。でも自分の和室はカビとかホコリは一切ないと思ってたんですよ。自分の中でいつも整理して整頓してるので、綺麗な押し入れと和室っていう風だったもんですから、今回全出ししてあれだけの量を見ると、やっぱり旦那さんの言った通り、自分はちょっと心配性な病気なのかなとか、ちょっと考えちゃいますね。ちなみに僕2年間くらい片付き合って喘息出たの初めてっていうくらい、結構あそこ強烈でしたね。なんか見た目以上に。噛み物が多かったりするから、ダニが食いやすいとかは多分あるんですけど。ダニよけシートもネットの通販で買って、そういうのも全部ひっつめてあるんですよ。そうですね。和室のとこにもダニのシートを敷いてありましたもんね、さっき。でもあれも定期的に干して3ヶ月に1回とか半年に1回干して、乾燥シートとかも全部干してるので、まさかこういうちょっと喘息みたいなのが出るとは思わなかったです。臭いものに蓋するじゃないけど、あの状態がそもそもやっぱダニ食うから、いくらダニ対策シートとか言ってももう効果がないというか、そもそもダニを湧かないようにするっていうのが一番きれいに保つコツですし、やっぱ旦那さんからとかいろいろ心配されたりとか、病気っていう言い方はちょっと失礼かもしれないし、合ってるかわかんないですけども、備えるってことがやりすぎになっちゃって、こういう風に弊害も出てるから。そうですね。でも今回残した分でももう多分半年以上、下手すると1年弱ぐらい。マスクに関しては1年分くらいあるし、休憩が終わったらこの後食料品見ていくので、こっちの方が問題ですね。賞味期限があったりとか、場所も取るし重いしとか、ちょっと休憩が終わったら再開します。よし、ということで、ここ行きましょうか。はい。もう一番ルルさんが気合を入れて作ってる備蓄部屋ですね。こちら、玄関の前になりますが、じゃ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 ん。ということで、上から下まで全て備蓄、食料品の缶詰などなど、ヘルメットなどありますね。そして、普段使ってるであろう傘だったり、靴とか、いろいろ雑多に入ってます。
トイレットペーパーがここにもあります。あ、トイレットペーパーここにあるんだ。気づかなかったけど、まだありましたね、トイレットペーパーが。何気ないところに床置きされてあったりっていうので。ということで、ここも全部出します。改めて自分がどれだけの量を持ってるかっていうのを見るためにもちょっと大変なんですけど、まあ2人いればね、すぐ出せます。出しましょう。はい。ちなみにここから激落ちくん出てきたんですけど、これキッチンとかじゃないんですかそうですね。ね、みたいなものが、これ別に備蓄でもないですもんね。はい。なので、それも含めて出しちゃいます。はい。あ、これ防災カバンか。これはまあちゃんと備えてますね。よいしょ。これ空ですよ。何用ですか？お菓子とか入れるために買ったんですけど、靴をここに入れちゃったので、結局入らなくてまた出しちゃったんです。ここから学べることとして、ルルさんって箱を買ってから収納置く場所考えてると思うんですけど、これ逆で片付けてからこういう収納が必要そうだなと思って買わないとこうなりますよね。形から入っちゃってるというか、多分それの段階で買ったはいいが使い切れないみたいな。そうだから減らしきる前に収納買っちゃうとこうなっちゃいますね。で、ちょっと全部出してるんですけど、みたいなものがちょいちょいあって、これも空なんですよね。これは2026年分の備蓄をこちらに移したんですよ。まあ今年中ぐらいに2027年の備蓄をここに貯めようと思ってたんです。短期備蓄品ですね。ああ、1年でも短期って感じなんですね。じゃあ今後は2027、8とかなんかどんどんそれていこうみたいな。1箱だけ。あとは長期備蓄です。在庫管理しやすくするために中身が見える透明の引き出し付きのものを使ってたりとか、まあ、これもそうですね。まあ、このせいで収納方法自体はいいと思うし、賞味期限の問題もあるから腐らせないようにっていうので取ってるとは思うんですけど、結構ここ見たらここ全部空でしたね。からです。とりあえずこうやってやっとくと可愛いので、はい。ちょっと余白みたいな感じでわざと詰めてないっていう感じにしてるんです。なるほど。ここちょっとあえて余裕持たせとくためにみたいな。瓶しかり可愛い容器が好きっていうので空にしておいてあって。上もですか？上も全部入ってないです。あ、入ってなくてよかった。入ってたら大変でしたね。これも可愛いのでこのままにしてるっていう感じです。なるほど。だから結構こうエルメスの箱しかり、瓶しかり、容器好きですよね。そうですね。容器が好きです。それも空箱が。なるほどなるほど。そういうこともあって結構ちょいちょい家中にあったってことですね。ここですね、大量の野菜1日これ1本が、しかも階段下にもいっぱいあったはず、箱ごと。結構意外と期限も近いですよ。あと3ヶ月かな。なのでこれも早めに飲まないと終わります。そうですね。近くにフードバンクあって寄付できるんですけど、賞味期限が2ヶ月切ってるやつは引き取りませんって書いてるので、もうすぐ持ち込まないとギリギリです。という感じで今着々と出していってるんですけど、ここが横から見ると分かる通り大量です。肉じゃがだったり、おかゆだったり。一応綺麗にブックスタンドで。あ、本当だ。ブックスタンドで綺麗に。このコンテナのは全てパソコンで管理してます。あ、すごい。賞味期限と個数を全部パソコンで、このは全部管理してます。使ったらまた打ち込むんですか？使ったらもうもう減らす。まあでも使うっていうよりは基本使わないのが備蓄だから。そうですね。長期なので使う時はもういっぺんにこっちに移るっていう感じなので。例えばここにある賞味期限のものはだいたい2027年のものが多いって感じですけど、これとこれでラグが半年間あるから、まあ、こっち半年先に期限が切れてて処分っていうところで言うと、賞味期限切れにずらーっと Excel で管理してるので、 Excel でこれ切れたらって言ったらそれ減らしてくるみたいな。ちょっと期限が短くなったらもうこっちに移すっていう感じです。すごい才能ですね。ここはじゃあもうかなりルルさんが力入れて管理してるところっていう。ただまあ申し訳ないですけど、まさにこれが管理するのに時間かかってるし、まあそれこそワンちゃんがいたりとか、まあ普段家事やってるとか、やりたいこともいっぱいある中で、これがもうもはや趣味の領域だと思うんですけど、旦那さんにもはい趣味でコレクションだって言われます。まあ僕も旦那さん立場だったらそう言うしかないというか、まあ僕もさっき価値観の問題だからって話はしたと思うんですけど、これって本当に好きじゃないとできないんですよね。単純な不安だけでここまで動けるかっていうと、愛がないと、もはや。もうはい、愛はすごいんです。愛情たっぷりなんです。まあでもやっぱり備えすぎと思って今回減らすっていうところで、ちょっとこれ頑張って2人で運びましょう。こちらはこちらは東日本大震災のが起きた後に買ったんですよ、10年水を。はい。でも期限が切れる3年ぐらい前に飲んだらちょっとごめんなさい、まずくて飲めなくてはい。捨てるのもったいないので、おトイレ用に取ってあります。なるほどなるほど。実際もうへこんできてますからねこれ。へこむんだアルミって。お水って賞味期限があって、賞味期限切れるとどうなるかっていうと、お水の中の酸素が抜けてお水も減っていくし、時間経つとどんどんペットボトルへこんできたりとか。あ、そうですね。けど同じようなことがアルミでも起きてるの。これもちょっと運んじゃいます。そんな重いですか？すっごい重いです。重っ。はい。重っ。大丈夫ですか？いけるけど重いですねこれ。
ちなみに今これ思った話したと思うんですけど、実はこう備えすぎの弊害ってもう一個あって、床が抜けるっていう問題。実は1平方メートルあたり180キロ以上積むと良くないっていう、沈んだりするって話はあったりして、ここはまだ下コンクリートだからいけてますけど、上の階とか和室のとこだったらこれ普通に押し入れのとことか沈む重量だと思います、これ。ここまさに2畳の備蓄部屋って話があったと思うんですけど、その換算でいくと300キロぐらい以上積み始めると床が緩いところだと抜け始める重量だから、しかもこう狭いからどんどん積んじゃいますよね、今みたいに。そういう観点でも溜め込みすぎは良くないっていうのもありますね。結構今軽い筋トレ状態になってますからね。そうですね。みつさんが帰ってきました。お疲れ様です。ちょっともう仰天すると思う。じゃ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 ん、全部出し終わりまして、残ったのがこの可愛いうさぎちゃんたちということで、可愛いからっていう感じですね。そうですね。でこれはお友達が作ってくれたポップリなんですよ。これも一旦出しちゃいましょうか。これで終わりというので、じゃ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 ん、素晴らしい、大変なことになってます。あんだけ広かったのに全部埋まってます。これ全部防災アイテム備蓄です。言葉が出ないですね。圧巻の光景。人間って美しいものを見ると本当に言葉出ないんだなって思いました。いかがでしょうか。もうびっくりですね。2畳の備蓄部屋って呼んでるんですけど、さっきの玄関のところ高さがあって綺麗に積んであったから、しかも綺麗に整理整頓されてあって、こんなにあると思ってなかったと思うんですけど、そうですね。全出しするとこんだけあったっていうのがよくわかるし、こんだけあったらもうね、どんな非常事態あってももう安心だし、持ちすぎっていうのもよくわかりましたよね。どんなものがあったかっていうと、空箱1杯、120リットルのお水と、あっちにもお水あるので、あとあっちにもまだお水あるから、まだまだ水一部です、あれ。そこにあるやつだけで2人が暮らすのに、3週間分はありますね。でもこれは本当に、ルルさんの歴史というか、買い集めてきた歴史ですからね。これを本当に必要な分だけ戻していきます。よかったらみつさん、あそこの感想を聞かせてもらってもいいですか。ちょっと言葉にならない。みつさんも多分持ちすぎだよなみたいな、ずっと隣で生活してて思ってたと思うんですけど、多分みつさんとしてももうこれって趣味の範囲だから口出ししないっていうのは、そうですそうです。趣味の範囲なんだろうなと思ってたんで。単純な不安だけだと多分買い揃えられない。隣でエクセルで管理されてるのとかも知ってますもんね。出してみるとこんだけあるっていうのと、でもルルさんもやっぱこれ見てちょっと持ちすぎだからちょっと減らしたいっていう風にスイッチは入ってきてるから、ここから減らしてはいくんですけど、こんだけ買い揃えてたっていう。そうですね、頑張って減らします。リビング埋まっちゃってる。ダリちゃんの遊び場所がなくなっちゃってる。ダリちゃんが心配だよね、こんなにいっぱい物が溢れて、かわいそうに。っていうので今鑑賞会が始まってます、ご家族で。これはしたいですね。旅行とかでもすぐ使っちゃうんですよ。結構すぐ使うってキーワードは結構出てくると思うんですけど、すぐ使うとはいえこんなに一度に買う必要はないよねっていうのは、その積み重ねでこれができてるわけなので、やっぱ適正量はちゃんと今回は気に考えた方がいいですね。電池使うシーンって多分リモコンとかラジオとか何があります？旅行に行く時にビデオ撮影するので、そうすると結構1日5、6本ぐらい使っちゃうぐらい。乾電池でビデオ撮影するんですか？充電器を差し込んで。モバイルバッテリー？モバイルバッテリーバッテリー式にしたら買わなくていいですよね。今多分乾電池式のモバイルバッテリー使ってそんないないと思うし、売ってないと思うんですよね。爆発しないですかね。なるほど、爆発するのが怖くて乾電池のモバイルバッテリー使ってるっていう。そうですね、地下鉄とかで爆発したとか、落としたら爆発したとかって言ってるじゃないですか。それは過充電だったり膨らんでるものを使ってたりとか、もちろんあるけど、泥棒しかり爆発するかも、本当にだからもう常に最悪の状態想定して生きてますよね。それが良くも悪くもルルさんの弱みでもあるし強みでもあるっていう、それもう言い始めると僕はどうぞとしか言えないから、僕だったらリチウムイオンバッテリーにしてって言いますね。それ言ったらもうスマホも使えないですからね。スマホも爆発するかもしれないし、でもそういう風な、思想の背景からこれがあるっていうのはあって、でもやっぱもう買いすぎだと思います。一個一個いるいらない見てるとキリがないので、単純にいるやつだけ戻していきます。もうちなみにこれまだ本当に一部で、こっちにもあります。まだ備蓄のお水がこっちに10年保存水とかあるから、シンプルにもうエクセルで計算したら1年分あるって話だったんで、もう半分にします、全部。もうこれ一個一個考えてるとキリないし、時間を。そうですね。半分にするだけにもだいぶスカスカになると思うので、半年分にしますもん。そうしましょう。例えばそこで言うと、同じお尻拭きが2箱あるんで、これ1箱にするみたいな感じで、もう分かりやすく、もうルールはシンプルに半分にします。それでいきましょう。って感じでどんどんいるやつだけ戻していきます。これは全部入れます。思考停止で全部いりますっていうのをやりましょう。というので、これも一
旦チェックしましょう、中身。これがまあ何日分あるか、これ何日分ありますかっていうのがパッと出てこないですよね。凝固剤これが100個ずつ入ってますね。 100個ずつですよね。トイレって健康な人で一応、まあ、5回から7回が正常で8回以上行ってる人がまあ頻尿。一旦まあ仮に10だとしましょう。10だとすると、まあ、2人暮らしですよね。1ヶ月分でもまあ600個ですね。1ヶ月間トイレできなくなることは絶対ないですね。なんでもうトイレちょっと見直して、これは手放して、こんだけあれば大丈夫ですね。食料品見ていくんですけども、ここから先はもうローリングストックで回せるものを中心に手前に置いていきましょうか。これは美味しかったので、これも取っておきたいです。美味しいっていうのも大事ですか？サバ缶は絶対に必要だって言ってたもんですから、嫌いなんですけど必要なんだと思ってちょっと買っちゃいました。僕もサバ缶は好きですけど、嫌いなものとって言っても食べないですからね、まさに定番品であるがゆえに買わなきゃみたいなところで、ですよね。もう乾パンあるんですけど、パンじゃなくてパンです。缶のパンなんだ。マフィンです。これ美味しいんですか？美味しいですよ。コーヒーナッツ味です。これはプレーン味。長期保存のものは残しておきたいけども、それは別にしてもういいんですけど、災害時にさっきなんかまずいから食べたくないってものがあったと思うんですけど、これより美味しいパンって普段食べてません？食べてます。ですよね。これ普段は食べてないんですもんね、でも。備蓄用なので食べてないです。っていうところで言うと、これみたいに、一番いいのはやっぱりもうちゃんと普段使いしながらっていうのがやっぱ一番無駄がないし、それやっとくと、もっと言うと災害時も一番美味しいもの食べれますよね。一旦まだいいんですけど、やっぱ災害時用に長期保存ってやっとくとやっぱ増えますし、管理できるようになったらもっと美味しいパンでローリングストックで回せるんじゃないかなと。なんか最近見てて思うんですけど、無印良品とかにも最近防災コーナーできて、ワクワク感ありますよね。このなんか備蓄ならではの小池やポテトチップスとか、消費欲煽る防災備蓄増えてきてますよこれね。も美味しかったです。食文房具マニアの方を思い出したんですけど、一個一個の単価は安くて、でも実用性があるっていうのと、コレクションすることが楽しいみたいなとことちょっとなんか近しいものを感じました、僕、ここのあたりは。っていうので、でもこれもなんで半分にしました、ちょうど。こんだけあれば十分楽しめますね。特に防災系ってもう YouTube は特になんですけど、本当にさっきの南海トラフがいつ来るみたいな、ああいう不安煽る系のものとセットだから、特に人間って不安な時に買うんですよ。なんでニュースの間とかに企業が CM あんだけバンバン入れるかっていうと、ネガティブなそういう地震がありましたとか、殺人がありました、交通事故がありましたって後に商品の CM 入れると、人間不安になってる状態だから買っちゃうっていう、マーケティングですよね、これ本当。だからそこ気をつけないといけないですよね。ということで、ついに食料品が全部見終わりまして、ここにあるやつが今回残すやつですね。で、これ減らしたやつ、あれも減らしたやつですね。こんだけあれば困んないですね、しばらく。多分見たところ、2ヶ月分ぐらい多分これ食い続けられますね。よし、じゃあこれをちょっと戻していきます。はい、ということで、終わりが見えてきた。ちょうどダリアがそっちいたけど、最後水系見て終わります。あとちょっとです。なんですけど、ちょっと休憩します。休憩します。ちなみに今いるもの詰めてっても結構スカスカになってます。これなら余裕持って入りそう。というのでちょっと今休憩してて、手放すことになった備蓄たちを試食会してるんですけど、ちょっといただきます。薄くないですか、味。コンソメって言われなかったら分かんない。いいですよね。続いてカレー味。ダリちゃんはないよ。美味しくはないです企業からクレームが来るかもしれないリアルなレビューですマジでカレーもコンソメも言われないと分かんない。続いて醤油せんべいいただきます。これはうまい。味が濃いからいいんだ。こっちはちょっと病院食っぽい。こっちはちゃんとお菓子。分かった。これごめんなさい、まずいって話ですけど、粉末フレット書いてます。この粉末を振ってマックのシャカシャカポテトみたいな。粉末売ったら普通にうまい。防災のお菓子もレベルが上がってますね。ということで休憩も終わってダリちゃんも座れるくらいになってましたけど、最後お水いきましょう。120リットルのお水たちと10年保存水と、まだですねあっちにもあります。奥にもありますので、これ全部出します。ちなみにこれはもう捨てます。これ2021年で切れてるんですけど、ちょうど東日本大震災が2011年なので、ほんとそのタイミングで買ってる水なんですけど、期限は切れててしかもまずいっていうので、これはもうなんで手放します。ということで圧巻の光景です。10年保存水が大量で、10年保存水と普通のお水があるので、ざっくり350リットルぐらいあるかな。4リットルでかなり多めに1人水飲む計算でも現状40インチあります。結構断水で1ヶ月以上ありますもんね
まあ1ヶ月断水がみたいな話で言うと、まあ確かに断水は、まあそれこそ能登半島の地震とか、だいたいまあ3週間から1ヶ月間断水したって話はあるんですけど、実際は給水車来ます。備えておきたい人は1週間持っとくといいよねって話は、だいたい1週間あると給水車が来たりとか、要は1ヶ月間断水があるからといって、自分たちのお水だけで1ヶ月間耐え忍ぶ必要はないよっていうのが、まあ僕からの言い分ですね。給水車来るまでが4日から7日って言われてるんで、多めに見積もっても7日分あれば、給水車来てお水もらえるよねっていうのがまあ現実的な話です。飲み水として2リットル、トイレとか生活用水として1リットル。で、1人3リットル使うって計算だと、まあ夫婦2人6リットルですよね。で、ここ今350リットル分ぐらいあるんで、まあざっくり、これ1日3リットル使っても60日、ちょうど2ヶ月持ちます、これ。まあなんか極端な話、半分に減らしても、もう1ヶ月は自宅で賄えるし、それ以上はもう給水車が来たりとか、まあ現実的に1ヶ月あったら余裕で耐えられるっていうのが、まあ僕からの話ですね。半分にします。ということで、じゃあ半分にしていきましょう。これ手放すけど、これどういう想定で買ってたんですか、ちなみに。避難所に行った時とかに、はいもうちょっと疲労困憊の時にはい飲むといいかなと思って。もう行く気満々避難所避難所行く気満々。あとは自宅避難でも多分疲れちゃうでしょうから給水車とかすごい想定で買ってたんですね。はい、ということで話し合った結果、こっちがいるやつで、こっちが手放すやつですね。半分になりました。まあそれでも180リットルぐらいあるんで、もう最悪のパターンで1ヶ月断水しても全部自宅の水で賄える量があります。これで決まりましたね。はいおお。でもだいぶ減らせて素晴らしい、で残すものが決まったんで、あとこっちのやつも持ってきましょう。いや真っ暗、ここ電気がないんですよね。という感じで必要なやつを今入れ込んでいってます。という感じで今こう整理していってるんですけど、トイレットペーパーとか食材とかは軽いやつは上、重量があるものを下にっていう風に今意識していってます。頭上の突っ張り棒も取っちゃって、ここにルルさんからクローゼットと靴箱を作りたいっていうちょっとご要望があるので、これ使ってウォークインクローゼット作ろうかなと思ってます。すごい。どんなご要望も答えてるので、僕はいつも依頼者様からの無理難題も全部答えてきたんで、逃してください。よし、着きました。ああ、いいじゃん。いいじゃない。ウォークインクローゼットが。やった玄関からすぐでワンちゃんの散歩とか行かれる時用のすぐ出かけられるコートとかエコバッグとか作った上でここも備蓄していくっていう。でここにあるやつも全部入れ込みます。そしたらこれもなくせます。まあ仮案なんですけど、でも玄関にあったやつもここに持ってきたらここにすっぽり衣類系が入りますね。入ってすぐに靴も取り出せるしコートも取り出せるように今作っていってます。完成しました。ちょっと見ていいですか。どうぞどうぞ。おお。全部入ってる。全部。いいじゃん。2年間片付け企画やったけど一番頭使いました。あとアドバイスで言うと、できたらやっぱりこのカゴで統一した方がいいかなと思います。やっぱどうしてもこれだとちょっと中身が見えなくて、特に上のものだとなおさらですね、もう少し半透明のものとかこれで統一してクリアのものにすると残量も把握しやすいかなっていう、ちょっとここもカゴが足りなくて木のやつ使ってますけど、これで統一してあげるともう少し使いやすいかなと思います。大好きな備蓄のアイテムたちがこうやって全部見えるから、全部見えますもんね。はい、ちなみに長期保存系は下に置いてあります。ここら辺とかに。で上がローリングストックで使うものを中心に置いてますね。で備蓄米はそっちにありますね。やっぱり一目でこうやって見渡せるっていうのがいいんだね、やっぱり。そうですね。もう特に片付け苦手な人は見える化めっちゃ大事です。だからもう上の和室も空ですからね。かなりここ棚を何回も入れ替えて、そうでしょうね。はい、高さ調節してこの作業で1時間以上使ってるんですよ。1時間以上、2時間近く。1時間90分ぐらいずっとこれやってました。ギリギリ間に合った。よかったです。ありがとうございます。そしてこっちには10年保存水があるんですけど、もうなんとぎゅうぎゅう詰めだったけど、あそこ1段しかないです。広い。すごい広い。もう奥行きがこんなに深いと思わなくて、シムさんが住める。本当だ、住めちゃうよ。ルルさんも入れますよ。でも本当に多分ルルさんのとこまで水ありましたもんね。本当ですよね。素晴らしい。素晴らしい。でさらにですね、ああいうヨガマットしかり、布団乾燥機しかり、必要なもの入れ込んでもまだこんだけ手前空いてます。すごい。というので今最後の詰め、防災ヘルメットもここに置いたり、傘も減らしてですね、必要な分だけここに置いてもらったり、もろもろちょっと。こういう傘出せいいやつじゃん。確かに。ここまでしか入れなかった。確かに。そしてこっちもすごい全部吊るせます。
晴らしい。素晴らしい。じゃじゃじゃん。わー、広くなりましたね。床が見えるようになりましたし、荷物もなくなりましたね。で、右にクローゼットも作ったので、旦那さんもここ今後一時置きのアウターとか、今ちょうど冬の時期、ワンちゃんの散歩の時とか使うアウターとかもここにかけたり、傘とかもろもろも全部ここにあるので使いやすいと思います。ありがとうございます。これが消えていくやつですね。そうです。ちょっと今日僕間に合わなかったんですけど、もう一回行きます。その時までにちょっと寄付しに行ってもらったり、ガーデニングに水流して使うとかして手放してって感じですね。っていうので、今からですね、最後ちょっと3日間でどれだけ物減らしたのかっていうのと、最後ちょっとお二人に減らして感想を聞いて終わろうと思います。ということで、まず減らした備蓄がこれだけありまして、お水も半分、食料品も半分、こういう空箱もいっぱい出ましたね。っていう風にここいっぱい備蓄系がもろもろありました。でそのまま上行きましょう。そしてここもじゃ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 ん、これも手放すやつです。これはティッシュがめっちゃ多いですね。トイレットペーパー系が。そう、ここ紙系ですね。マスク紙系ですよね。ちなみに僕はここで結構鼻炎と喘息にやられました。パッと見綺麗な床ですけど、紙系だからダニが溜まるんでしょうねって感じで、ここも減らしますし、まだあっちもあります。わーお、いやーめっちゃ減らしたな。いや本当もう3日間お疲れ様です。ありがとうございます。なので、もう今ゴミ置き場が1階と2階と3箇所にあるんですけど、めっちゃすごい量出てます、3日間で。こんだけ減らしたらスッキリですよ。この後綺麗になって何もなくなるというか、ゴミ、片付けて。すっきりするのが。ゴミ出しまでが片付けってことを考えると、すみません、僕はもうあと20分ぐらいで終電の新幹線乗らないとっていうので、ここは手伝いたかったんですけど。はい。ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。ということで3日間の物減らしお疲れ様でした。お疲れ様でしありがとうござた。いました。ルルさん、感想をぜひ。うちの家中の不要品はほとんどないと思ってたんです。でもここまで手放したものが出るとは思いもしなかったです。ただただびっくりです。これでようやくミニマルライフ名乗れるくらいの物量になってきましたね。自分はもうスッキリっていうか、物はあるかなと、やっぱりないように見えて大体あるものなので、こんだけスッキリできるのかなっていうのはびっくりしましたし、これが物がなくなってからやっとかなっていうところはありますね。ちょっとまた1ヶ月後ぐらいに僕来ようと思ってるんで、その時に亡くなった状態で、また多分ね、今日から心境の変化めっちゃあると思うんですよ。なんかもう今心配なことがなくなったような気がします。おー減らしても不安じゃないもん。よかった。病気も治ったのかまあ病気でストレートに、な。よかった。まあ、治療できたっていうので。そうですね、病気ですよね、これ。意外と備蓄好きな方とか同じように悩んでる方意外といらっしゃると思うので、まあ僕の口からこうちょっと病気っていう表現はしづらいんですけどもまあでも本当ご自身ではそう自覚がねあったわけですから。トイレットペーパーも水もまだ足りないと思ってました。足りないと思ってたと思うんですけど、こうやって減らしてちゃんと見える化して残してみると、意外と私こんだけ持ってるんだっていうところと、例えばじゃあお水が何日分あったら足りるかみたいなところ聞いていくと、まあ把握してるようであんまり把握してないみたいなところもそうですね。あったけど、まあ、減らしたことによって管理もしやすくなったからこそですよね。自分がどれだけの量を持ってるかっていうのをちゃんと減らしたことで把握できるから、多分こうなくても大丈夫っていう安心につながったのかなっていう。物をたくさん持ってる人ほど足りてないって言うんですよ。服いっぱい持ってる人ほど着てる服がないっていうし、今回もそうですよね。こんだけいっぱいある時の方がないって言ったと思うんですけど、減らして必要なものを見極めたら、あるんだっていう。減らして気づけるので、まあもう一回行きますけど、ちょっとその間にちょっとゴミ出しと、あとちょっと食料品だけはすぐ近くのフードバンクがあるので、まあそこは僕もLINE とかでちょっと報告聞きながらですね、ルルさんご自身も YouTuber なので、まあちょっと動画回しながらですね、減らすとこもちょっと動画撮ってもらおうと思います。はい。なのでちょっとまたもう一回行きます。その時に最後部屋がどうなったのかビフォーアフターを撮らせていただきたいと思います。一旦3日間お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで1ヶ月ぶりに来ました。お久しぶりです。久しぶりです。ということで今回はお友達のフーさんも含めてまた来ましたね。ということですね、ちょっと前回バタバタ終わって最後ちょっとどういう部屋になったのか、ちょっと暗くてルームツアー取れなかったので最後どうなったのかというのとですね、1ヶ月の間にフーさんがですね、もうなんか人が変わったかのようにめちゃくちゃ減らした報告を LINE でくれてて、お部屋もめっちゃ変わってます。なので僕ちょっと今日ね来るのめっちゃ楽しみにしてて、動画で今見てる皆さんも驚くくらい変化してるので、最後どうなったのかルームツアーをさせていただきます。お願いします。
ということで、まず玄関なんですけども、ここにあった棚もなくなってすごいスッキリ。もう入った瞬間からめっちゃ広いです。これはもうなんかお客さんが来ても堂々と迎えられますね。はい、そして一番の問題だったここ備蓄部屋なんですけど、ここの備蓄部屋も前回めっちゃ綺麗になったんですけど、また減ってるらしいです。じゃ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 ん。おー、本当だ。いや、前回もめっちゃ綺麗になってましたけど、この周辺スカスカになってますし、なんかこの周辺もですね、サングラスを置いたり、すぐポケットティッシュが取り出せるようになってたり、なんかこの辺りもちゃんと生活していく中で使いやすく最適化された感じがすごくします。ちなみに前回減らしてから1ヶ月経ちましたけど、この辺りどうですか？これはすごく便利で、自分ではもうこういう発想は全くなかったものですから、コードは外出から帰ってきてここにかけれるっていうのはすっごく嬉しくって、あと犬のものも全部床置きだったんですけど、それがここでこの S 字フックっていう発想もなかったものですから、はい、この S 字フックでこういう風にできるんだっていうのもすごく嬉しいです。そうですね。だからここも多分もうほぼ毎日使う空間だと思うので、はい、よかったです。ここもすごい使いやすいと言っていただけて、ここに来るのが楽しみになりました。おー、またはい、一段と。そしてなんかこの辺りの備蓄のお水とかも減ってたりして、もう順調にどんどん減らしていってますね、使いながら。そうですね、このお水はもうこれ以上増やさないつもりで、はい、これがなくなったらこの3箱も徐々に減らしていきたいと思ってます。で、あとですね、前回ちょっと訪問してこの1ヶ月の間に、青森の方で地震とかあったりして、ちょっとこっちも揺れたと思うんですけど。そうですね、今まで地震があるともう本当に不安で、地震後はすぐにもうあれも準備しなきゃ、これも準備しなきゃ、買い足りないものがまだいっぱいあるって言って、ちょっと自分の中でもパニックになってたんですけれども、実際ネットでもう早めに注文しなきゃと思ってすぐ注文してたりしたんですけど、今回はものすごく不思議で、そういうのが一切なく、そういう不安自体がもうなくなりました。すごいです、はい、僕が来る時までに地震もあったりしたのに、もうこんだけあれば十分っていうところで不安がなかったっていう。そうですね、いや、これほんとすごい成長ですよ。ここら辺の長期保存食、はい、もうちょっとこれだけは取っといていいっていう感じで渋さんに言われて取ってあるんですけど、ここら辺もちょっと手放してフードバンクに持っていって、結構値段も高価なもんですから、これを機に普段使っている食材を上手に、ローリングストックは苦手なんですけれども、ローリングストックを頑張ってやっていけたらいいなと思ってます。すごい。なのでもうそうですね、この辺りも1ヶ月生活してみて、長期保存食ちょっと好きだから残したいっていうので、それでもね、前回半分くらい減らしたから、さらにそこからまたちょっとフードバンク持ってったりしてっていうので、素晴らしい。なんかもう本当になんか人が変わったかのようにもうここがね、なんかルルさんのこう生きがいというか人生捧げてるエリアだったのに、ここまでいい意味で執着がなくなってるっていうのは素晴らしいと思いますし、だいぶ適量になってきたというか、それこそ地震があったりしてももうね、こんだけあれば十分ってことに。そうですね、これでも多く感じます。おー、すごい。めちゃくちゃ成長してます。続きまして、キッチンリビングもめちゃくちゃ変わっているはずです。ということで、じゃ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 ん、なんとですね、お分かりいただけますでしょうか。あそこ壁一面にあったあの収納棚、なんとなくなりまして、あれもともとなくしたいとは言いつつ、なかなか僕たちで運べないからっていうので、業者さんとかに頼んで。そうですね、リユースで市の業者さんに来ていただきました。そうですね。なのでそういう風に手配もして、もうちゃんとあそこもなくなって、本来こんな広かったんですね。ここはもう本当にダイニングテーブルとテレビ台だけになりまして、すごいシンプルすっきりとした空間になりました。そうですね、ここにあった冷凍庫も処分し手放しました。そうだ、冷凍庫もここね、隅っこにありましたけど、これももう大量にね備蓄があって、冷凍しちゃった分もなくされてるので、ここにあった食材もなくしてますもんね。すごいですよ、この代わりを。これたった1ヶ月でめちゃくちゃ頑張ってます。僕が来るまでにもう LINE が鳴りやまないくらいですね。あれからこれ減らしました、これ減らしましたっていう報告がめっちゃ来てたんでですね。続きましてはキッチンもですね、前ここにいっぱい食器置く場所があったりとか、ここもすごいいっぱい物ありましたけど、もう基本更地になってますね。そしてここなんと棚がね変わって、壁にいっぱい置いてあったあの柵も取り外してます。これ皆さ
さんどこにあったか覚えてます？これ実はですね、旦那さんのミツさんのクローゼットのとこにあった部屋で、これまたちょっと後でね見させてもらうんですけど、上もめちゃくちゃスッキリしてるんですよね。めちゃくちゃ良くなりましたね。前回の白い棚なくして上に置かなくてよくて、なんかここにコンパクトにまとまったからすごいいいです。なんか新しく買ったわけでもなく、家にあるものを有効活用してですね、じゃじゃじゃんということで、ここもですね、いやでもだいぶなんかスカスカというか、引き続き書類だったりお薬などなどですね、あとここにメイク用品も入ってますね。はい、これも半分に減らしました。お、半分に、もともとこっちにあったやつだと思うんですけど、こっちにですね半分になって、でもう使う時はここから取り出してこの周辺でメイクするっていう形で、この周辺もなんかルルさんなりに使いやすいようにすごい見直しされてて、もう堂々と開けても綺麗。前回一緒に片せた時は特にこのキッチン周辺が一番苦戦されてた記憶があって、だいぶここが減らし進まなかった記憶あるんですけど、もうだいぶ本当人が変わったようにどんどん捨てれるようになって、なんかむしろ多分僕がいない時の方が減らせてるんですよねまあ一応経過を送ってもらってますけど、多分僕がいない時の方がもう本当に減らせて、だから前回の片付けをきっかけになんかもうどんどんスイッチ入って素晴らしい、もう完璧に自走できるようになってるからですね。でこの周辺ももうリバウンドするどころかさらに減ってキープされてますから、じゃ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 ん、ここも変わらず綺麗ですね。いいですね。ここもどんどん使いやすく、しかも綺麗なまま、こっちもですね、じゃじゃじゃん。おー、ここも最初ぎゅうぎゅう詰めでしたけどね、もうこんな綺麗になって、ほんとすごいマジ綺麗になりました。素晴らしい。最初のこれがここにあったんですけど、あ、そうだ、はい、あそこにサラダ油とかあったやつがでバッここに、ここにあったりとか、はい、全部もうここをなくしてここに入れました。物を減らしたもんですから。確かにそっか、ここも減らして、これだったらね、そこに置きっぱなしにしなくても、まあ、開けっぱなしでここからパッと使えるから、すごいね、使いやすいですよね。いや素晴らしいです。本当にそうです。あそこにあったやつがここにこんな綺麗に入って、そのためにいっぱい減らしてますから、使いやすくすっきり、というのでここも変わらず綺麗なままで、すごいキープどころかどんどん減ってます。続きましてこっちの部屋、じゃ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 ん。おお、綺麗ですね、変わらず。そしてここはですね、旦那さんのみつさんの空間でもあるからですね。ちなみにここなんですけど、減らして1ヶ月このクローゼットで生活してみてどうですか？服選びしやすくなったとか変化ありますでしょうか？もともとそういう少なかったんで、使い勝手はすごくいいですね。もうここも頑張って一緒に減らしましたけど、すごい綺麗です。変わらずもう全ての服がここに収まっておりますし、そのまんまですね、こっちも旦那さんのみつさんスペースということで、綺麗ですね。ここも変わらずキープできて、キーボードと必要なものだけになってるっていうので、どうですか？なんかここでよくリモートワークとかもされてると思いますが、準備もすぐできるし、スペースも広くなったので、とても楽になりました。素晴らしい。さっきキッチンの壁奥にあった棚ですね、あれなくした分どこに行ったのかっていう話でいくと、それがここになります。もともとあそこはね、旦那さんのみつさんのガンプラとかがあっちにありましたけど、ここにすごい綺麗に収まってますね。ここにガンプラ周辺のものがちゃんとすっきり収まってます。そしてそのまんま趣味のガンプラもなんか前回よりも綺麗に見える。上もめっちゃ開いてるし、みつさんの趣味、あとルルさんのものも含めてお二人の趣味のものが変わらずディスプレイできてて、どうですか？なんかもうご自身の趣味のものも含めてここに全部もう仕事の空間も含めてもここ完璧にみつさんスペースになりましたけど、すごい便利というか、すっきりしたので良かったなと思います。いやそうですね、いや本当頑張りましたね。これめっちゃ綺麗に使いやすくなってます。そしてそのまま2階に上がります。ここもね、もともと物量多かったですけど、どうなったのか。じゃ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 ん。おお、綺麗。前回夜真っ暗な状態でちょっとあんまり綺麗さが伝わってなかったと思うんですけど、日中明るくなるとこんなに綺麗ということでですね、ここの備蓄空間もこの通りすごいここに収まった分がね、1階の備蓄部屋に収まってると思うとどえらい変化ですよ。そうですね、今までここに紙製品の備蓄が詰まってたと思うとちょっとびっくりです。今では考えられない確かに1ヶ月前までね、あそこ壁びっちり収まってた備蓄のものたち全部下に収まってますし、もうここからですね。そうですね。しかもですね、ここもですね、ルルさんのアイデアというか、下の前回ケーブル配線整えた要領でこんな感じでルルさんご自身でこういう風にケーブル配線もすっきりカゴの中に収めて、こういうアイデアもシュクさんに教えていただかなかったらわからなかったんですけど、教えていただいて自分なりにちょっとやってみました。すごい。いや本当に
に、もちろんね LINE 上で簡単なアドバイスはしてるとはいえ、もうほとんどルルさんが決めてやってたことなので、すごい綺麗ですよ。ちなみにね、ここの床置きがなくなったものとかこっちに目が行きがちなんですけど、実はルルさんこの中もめっちゃ減らしてます。ここら辺は父のものとかも多いんですけれども、真偽不明の骨董品なんかも結構処分しました。これ1回にもあったやつですけど、これ自体は残してるからパッと見そんな変化ないように見えて、実はですねこの中身よくよく見るとだいぶこの辺りも実はスカスカになっております。これが2段だったんですけど最初、はい、1段なくせただけでもちょっと心がすっきりしてます。確かにそうだ、ここにありましたね、ガラスの棚なくなってます。だからもう僕が帰った後の方は多分減らしてるんでめっちゃやってますよ。続きましてこちらですね、ここも前回ソファーお友達のふうさんに譲ってすっきりなくなって、この通りちゃんとゴミ出しもやっていただいてありがとうございます。この通りすっきりしておりますし、何よりあっちも変化がすごいんですよ。僕も楽しみにしてたんですけど、まずみつさんの空間ですね。じゃ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 ん、すごい空ですここ。そしてみつさんがここに立ててますが、ここもともとキッチンにあった茶色の棚たちが下に行ってます。めっちゃ広い。もうクローゼットは下にあるから、ここも使わずに生活できてますね。これならいつでも 1LDK 引っ越せるっていうくらいスカスカになってる。本当ですね。すげえそしてこっちもめちゃくちゃちゃんと綺麗にですね、この通り寝具は寝具、書類は書類という形でちゃんと物別に整理されて、ここもスペースが空いてます。本当にもうどこ見ても空です。上もちゃんと空いてます。素晴らしい。そして続きましてルルさん側のクローゼットに行きまして、実はですねここ前回からまた10着ぐらい減ったということで、もう前回の時点でもだいぶ綺麗でしたけど、なんかさらにまた空間に余白ができましたね。コートとかも2着減らしたらしくて、結構前はね若干ぎゅうぎゅう感あったけど、余裕ができて、この周辺もすごいちゃんとギチギチじゃなく、もうむしろかなり余裕があって、あとマナハンガーっていう渋さんおすすめのメルカリで26本2300円でちょっとお得に買えたもんですから、とりあえず26本分はかけてあるんですけど、あとはもうこういうハンガー分はもう洋服はもう減らせばいいかなと思ってます。すごい。もうどんどん減らそうっていう思想ができますし、今まで頑張ってメルカリで売ってきた分をこういう必要な分に買ってね。でも本当に服減らした後はこういうお気に入りのハンガーに全部統一するとすごい綺麗になるっていうので、前回こんだけクローゼットがラグジュアリー、エルメスも置いてあって豪華なのにちょっとハンガーが安っぽいっていうね話はしましたけど、もうちゃんとアドバイス通りしっかりしたハンガーに置き換えて、もう減らすだけではなく一点一点アイテムにこだわってすごい綺麗で、そしてねエルメスも上は全部開いて、エルメスはここに収まる分だけっていう風に自分の中でルールを決めて潰したんですね。今までだったらもう箱はもうときめくものっていう感じでもう長年取っておいたんですけど、ちょっとエルメスの箱を潰す儀式っていうので自分で中庭でどんどん潰していったらすごいスッキリして、今までなんでこんなカラーボックスを取っておいたんだろうっていう風に思って、あとはもうちょっと無駄なものをやっぱり今まで買いすぎてたなと思って反省もしてます。前回も大量にしてましたけど、今回もいっぱい、買っては捨て買っては捨てを繰り返して、そうですね。ここも少しずつメルカリとかで売っています。ここはねちょっといろいろ減らした結果ここは残すって話はあったけど、ここに関しては見てください。なんと手前に余白ができてます。コレクターグッズだから結構お値段がするっていうので、なんか前はもうこれ残すって言ってたけど、そうですね。棚分一つはもう減らしたいなと思ってて、そしたらまたもうこの棚のリユースで処分しようかなと思ってます。すごい。いやもうこんだけここだけは絶対残すみたいに言ったのに、もう半分にしようっていうので、いやでもいいと思います。そういう風に全部捨てるわけではなく、半分にするっていう目標を立ててその範囲で楽しむっていうのもちょうどいい付き合い方だと思いますし、だからまたここもどんどん減っていくのが楽しみですね。ということで3日間にわたる物減らしコーチングと、あとご自身で1ヶ月頑張った結果ここまで綺麗になったということで、いやですね、結構僕もこの3年間いろんなご家庭片付けてきたんですけど、一番かトップクラスぐらいになんか人が変わった気がします。いろんな人見てきてますけど、あそこまでそれこそじゃあエルメスの箱をいっぱい取っとったり、備蓄も含めて一種他の人から見てるとちょっと物に対する執着がすごいっていう風にもしかすると画面越しの皆さんも思ってるかもしれないんですけど、あそこまで大量のものを抱えたルルさんがこの3日間の片付けとこの1ヶ月でここまで人が変わったかのようにそして1ヶ月でここまでこの後ろの棚とか含めて大型の家具もちゃんと捨ててるっていう、これ YouTube 上ではですね、本当何十時間にわたる片付けが数時間に、それでも長いですけど
まとまってますけど、その裏にはですね、本当に電話して手配して時間空けてとか、いろいろ中身減らしてっていう膨大な努力がある中でですね、これをたった1ヶ月でやってるっていう、その変化の速さは本当にすごいと思います。結構僕も今めっちゃ驚いてるくらい、そんなルルさんに改めてですね、ちょっと心境の変化とかを今スマホにまとめていただいているので、最後の感想をお伺いしたいと思います。まずは渋さん3日間本当にありがとうございました。片付けの最中は洋服や備蓄を全出しした際の物量の多さに圧倒されてしまい、自分でも何を手放してたのか全く覚えてないほどでした。でもおかげで自分は過剰だったんだということに気づくことができました。以前は備蓄が減ると不安で仕方がなかったんですけれども、片付けの後は不安よりも安心感の方が大きくて、地震のニュースがあっても落ち着いて過ごすことができました。振り返ると防災だけではなくて、昔からの買い物癖や収集癖だったりもそういうのもあったのだとすごく反省しています。あと1階の階段下の難度の蛍光灯から出ていた煙にも気づけて、危うく火事になるところを未然に防ぐこともでき、本当に良かったと思います。今回渋さんに来ていただいたことで、身の丈に合った暮らしがどれだけ心が軽くしてくれるかを気づけました。これからは必要なものだけで暮らし、物に振り回されない第二の人生を送っていきたいと思います。渋さんは YouTube で拝見していた通り、厳しさの中にも優しさがあって、気遣いも素晴らしく、とても尊敬できる方でした。今回を人生の転機にして、これからの暮らしに生かしていきたいと思います。来年の目標は今の物量よりもさらに半分に減らせるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。拍手が湧き起こったんですけど、今まで本当に備蓄もそうですけど、これも足りないあれも足りないって言って不安ばっかりで、自分でも、主人もストックする病気じゃないかって言われてたり、自分でもそうだったりっていうふうに思ってたんですけど、物を減らした途端にすごく不思議なんですけど、不安が全くなくなったんです。すごく気が楽になって、物を増やさなくてもいいんだっていう解放感、それがもうすごく嬉しいです。いやもう拍手しか起こらないくらいですね。何より言葉以上にこの期限になったとこの部屋の結果がルーさんの頑張りをね、もう証明してるんで、それこそね、ちょっと隣にいるミスさんもですね、こうちょっと物をストックしすぎる病気なんじゃないかみたいなところはこれ多分動画見てる皆さんもちょっと溜め込みすぎじゃないかみたいな、もしかするとね思われてるかもしれないですけど、当時のルーさんにとってはそれが生きがいというか、ちょっと人生がかけてるところもあったし、この変化をですね、ちょっと隣で見てたちょっとミスさんにもちょっとまた感想を聞きたいんですけど。そうですね。もともと物を集めるのが好きだったんで、それの延長かなと思ってたんですけど、それにしては多いなっていうのはずっと思ってて、今回のがいい転換期というかのがあって、これ以上物が増えず平和な生活ができればいいかなと思うので、これを続けていければいいなと自分は思ってます。ありがとうございました。いえいえ、いやさっきですね、ルルさんにちょっとこのお家まで途中送迎してもらってる時にですね、カメラ回ってないところで話したのが、いっぱい捨てて、で、こんなにお金払って買ったものを捨てて、もうお金もめっちゃ無駄遣いしたし、これを許してくれた、もうみつさん、旦那さんにすごい感謝っていうことをさっき車の送迎中におっしゃって言ってても、これ普通だったらもう離婚しててもおかしくないくらい、本当に無駄にみつさんが稼いだお金ドブに捨ててっていう。そうですね、親や妹はもうこんなのは離婚レベルだっていうふうに毎回言われてましたので、これを今まで許してくれてた旦那さんにもうすごく申し訳ないっていうのと感謝の気持ちでいっぱいで、これからは無駄遣いとかは一切せずに今あるものだけで生活していけれるように身の丈に合った暮らしをしていきたいと思います。実は今カメラ裏にお友達のふうさんもいらっしゃるんですけど、どうですか、なんかちょっとふうさんもこう友達として近くで見ててこの変化なんか思うとこありますか？備蓄これも買ってるあれも買ってるって聞いてたんで、すごいすごいってずっと思ってたんですけど、まさかあんなたくさんあるとは思わなくて私も今日1ヶ月ぶりに来れたんですけど、なさすぎてちょっとびっくりして、家が本当にますます綺麗になって素晴らしいなと思いました。そうですね、ふうさんも3日間の形で一緒に頑張ってくれて、本当に感謝してます。友達にも支えられ、とにかくこれを許してくれてたのを旦那さんに一番、そうですね、感謝ですね。そうですね、もう
申し訳ない気持ちでいっぱいです。あと、もともとこう、ちょっとこのお家も広くて持て余してるから、もう 1LDK くらい、もっと小さな家に暮らしたいっていう話もあったと思うんですけど、今の物量だったら本当に頑張ればね、半分くらいの部屋、もう2回使わなくてもね、生活できそうなくらい減ってるからですね。今子供もいないですし、もう将来はもうこんな大きな広い、2LDK ですけど、2人で住むにはちょっと広すぎるもんですから、将来は 1LDK で小さな暮らしをしていけれるなと思いました。もう十分今も少ないですけども、多分ここから先もですね、多分細かいところをまだまだ減らしていきそうな気がするので、そしたら本当にもうこのお家も手放してもっと小さく、それこそここから先はこう、生前整理しかりちょっと就活、老後もちょっと視野に入ってくるとは思うので、やっぱ老後ほど暮らしをコンパクトにした方がやっぱ楽だと思うので、そういう意味でももういつでもなんかこう引っ越せそうな気がします。そうですね。年代的にも更年期の影響なのか、気分の浮き沈みとか体力的なこともあって片付けるのが億劫なこととかも結構あったもんですから、渋さんに来ていただいて一気に片付けることができて本当に良かったと思ってます。カメラが回ったりするからもう気も張ってたと思いますし、カメラも回ってる上にもう3日連続片付けて、しかも長年必死に集めてきた備蓄とエルメスなども結構ね、体力的にも心理的にもすごい負担かかってたからですね、命削りながら片付けてましたけど、でも今はもうだいぶね余裕が出てきて、心も体も健康にね、余裕が出てきてると思うので、ちょっと改めて3日間と1ヶ月もお疲れ様でした。ありがとうございます。本当に感謝してます。まだ減らしていきそうな気がするので、ぜひですね、多分まだ動画公開までに時間があるから、また減らしたものがあれば経過を送ってください。なので動画の最後までぜひ見逃すことなく、最後まで視聴していってください。そしてですね、ぜひ、ミニマリスト支部をお家に呼んで片付けたいという方はですね、ルルさんのようにその顔出しと部屋をですね公開させていただける方はですね、全国無料で、もう今回も名古屋の方に来て片付けもしてますので、募集不定期でやってるのでですね、ぜひチャンネル登録と SNS のフォローしていただければ、募集もしてますのでぜひお願いします。ということで、物減らしお疲れ様でした。ありがとうございます。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。お知らせです。ミニマリスト支部の LINE を追加するとなんと無料で YouTube 未公開の片付け動画やルームツアー動画5本、スマホのホーム画面が綺麗に片付くアプリアイコン画像150個と壁紙セット、物を手放すか迷った時の30の質問リスト、ミニマリスト支部と1対1でズームできる相談会、インテリアの参考になるミニマリスト部屋のリンク集など、他にも計10個の特典を無料プレゼントしています。配布は予告なく終了する可能性があるので受け取りをお早めに。概要欄のリンクか QR コードから登録お待ちしてます。